ねえ、大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。おう、表出や桐生。踊るはこの店にもう顔見せんな言うたじゃろうが。うちのお客に勝手なこと言わないでくれる？こいつよりわしの方が常連じゃろうが。ママはどっちの方が大事なんじゃ？お？今度こそ白黒つけちゃるけえの。おう、はよついてこい。なんすかしとんじゃ。ちょっと南雲くん。いや、また後で弁償するけんの。ごめんってキヨちゃん。すぐに戻る。かばちたれが二度とここに顔出せないようにしちゃるわ。また後で来るけの。ほいじゃ。覚悟はええか？おう、ええ加減なめとったらどえらい目に遭うっちゅうことを教えちゃるわ。念仏でも唱えとけや。わしもの惚れた女の前でコケにされたままじゃかっこつかんけえの。広島ヤクザ敵に回したんが運のつきじゃ。すかした顔してなめ腐ってから踊りや。おい、なんじゃ。あまり時間がねえ。早いとこ済ませてんだがな。なんならそんなに死に急ぎたいっちゅうわけかの。いいからさっさとかかってこい。お前の脳が効いてるとこっちの予定が狂っちまう。そんじゃったら安心せえ。今日から先踊れの予定は全部白紙じゃ。ぶち殺した。よーし、わかった。そしたら第一ラウンド終了じゃ。わしも体が温まってきたけ。こっからが本番じゃ。お遊びにはもう十分付き合ってやった。今のは肩慣らしじゃ言うとろうが。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら遊び相手なら他のやつを当たれ。お前と違って俺は忙しい。お帰りなさい。ああ、どうにか間に合ったな。ええ。さあ、桐生さん、これ。いいよ、待たせたな。
いい飲みっぷりだぜハルト。私を育ててくれたおじさんは昔極道と呼ばれていた人でした。他の人から見たら怖いかもしれないけど、私にとってのおじさんは強くて優しくて頼りがいがあるけど、でもどこかちょっと抜けてて、私はそんなおじさんのことが大好きでした。ファンのみんなや何より自分自身に嘘をついて生きていくことは私にはできません。私の夢はアイドルになること。でももう一つあったんです。大好きな人たちと一緒に幸せに暮らすこと。だからもうこれ以上歌うことはできません。私は桐生一馬の家族です。みんなが待つところに。おじさん。はるか。しっかりしておじさ夢じゃないのか。違うよ。私はここにいるよ。はるかちゃん、秋山さん。先生に話聞いてきた。桐生さんは大丈夫だ。2週間もすれば退院できるってさ。そうですか。ありがとうございます。ああ、それにしてもさっきのステージじゃ思い切ったね。ニュースで何回も流れてる。ただあそこで君が言ったようにはいかないかもしれない。元ヤクザに育てられたアイドルのステージでの引退宣言、その周辺で起きていた東上会や近江連合の構想、テレビの騒ぎで分かってるだろうけど、君と桐生さんが一緒に暮らすには覚悟がいるよ。周りが静かになるまで少し時間がかかる。ええ。まあ俺なんかが外野から口出す話じゃないか。君らならきっと大丈夫。乗り越えられるさ。はい。秋山さんには本当にいろいろ助けてもらって
そういえばお仕事の方はいいんですか？町金の社長つってもうちは秘書がしっかりしてるから、少しくらい俺がフラフラしてても大丈夫なんだ。気にしないで。はるかちゃんは桐生さんが良くなったら沖縄のあの養護施設に朝顔に戻ることになるのかな。多分そうなると思います。私やおじさんにはあの朝顔が家で、あそこに住んでいる子供たちが家族ですから。そっか。じゃあカムロ町もまた寂しくなるな。そうね。なんや薩の旦那方、えらい怖い顔して患者ら怖がっとんで。俺に言うやろ。あ？脱獄で捕まんのはこれで2回目やな。話が早くて助かるな。酌量の余地はある。冴島隊がおとなしくしろよ。ジタバタする気なんかあらへん。くそが、なんで兄弟ばっかりこんな目に遭うんや。ええんや。後のことは頼んだで、兄弟。お前らが登場会でごたごたの後始末しとる間、俺は無所で楽させてもらう。それから桐生一馬の病室はそこだな。なんやと？警視庁のものです。どうかそのままで。桐生一馬をカムロ町での暴行傷害並びに器物破損の容疑で逮捕します。警察は元登場会会長桐生一馬容疑者を事件の首謀者として逮捕しました。今回の桐生の逮捕、あれは警視庁のメンツをたどるためのパフォーマンスだ。パフォーマンス？抗争を引き起こしたのは間違いなく近江連合なんだが、世間から見りゃ近江も登場会もヤクザに変わりねえ。登場会関係者からも逮捕して両成敗にしねえと世間を納得させられねえんだと。まあ警視庁もちゃんと仕事してるってアピールだ。確かに桐生さんは登場会の元4代目です。けど今回の構想を収めるのに一番体張ったのもあの人だ。なんとかならないんですか、伊達さん。桐生さんの担当刑事でしょ。誰が桐生担当だ。人聞きの悪い。そもそも桐生さんだけ逮捕されるってのもどうなんです？現役バリバリの登場会幹部はお咎めなしって聞いてますけど。警視庁のポーズのために幹部連中捕まえたら、今度は登場会の下の連中が収まらねえだろう。せっかく終わったヤクザの抗争に警視庁が火つけ直したってことになりゃ、上の首がいくつあっても足りねえ。だからって引退してた桐生さんを登場会の代表として逮捕するんですか？登場会の4代目ってだけじゃねえ。桐生一馬ってのは堂島の竜で通った伝説の極道だ。いくら足洗おうが仇から見りゃ十分裏社会側の人間なんだよ。おじさんはまた刑務所に入ることになるんですか？まっとうな弁護士がつきゃ無所には入らずに済むはずなんだが、桐生の出方次第か。なんか歯切れが悪いっすね。俺も桐生とは付き合いが長いんでな。
今頃あいつが何考えてるかなんとなく想像できちまうんだよ。お目覚めですか、四代目。大悟か。お互いみっともねえなりだな、六代目。いくらか桐生さんの方がマシですかね。そうみてえだな。何か話があるのか。ええ、桐生さんのことで妙な噂を聞いたんですが、よかったら少し外の空気でも吸いに行きませんか。噂ってのは他でもありません。桐生さんが無所に入るって話です。弁護士立てていくらでも避けようがあるのに、なんでそうしないんですか。家族のところに戻るためだ。沖縄の朝顔のことですね。ああ。俺がこのまま沖縄に戻ったとして、朝顔の子供たちは遥と静かに暮らせるとは思えねえ。どう言い繕ったところで俺は元極道で、遥はその関係者だ。世間の目引いちまった以上、マスコミに追われるのは目に見えている。俺や遥にその覚悟があるとしても、朝顔の子供たちは巻き込めねえ。俺がまっとうにあいつらの元に戻るためにはけじめが必要なんだ。それはわかります。でも無所に入るって何年ぶち込まれるかもわからないんでしょう。遥ちゃんやあなたを待っている人たちをいつまで待たせる気なんですか。桐生さんは本当にそれでいいんですか。俺や遥に世間が注目しているからこそ、今回はいいタイミングなんだ。次無所を出たら今度こそ俺も日の当たる場所を歩ける気がする。ドームのステージで遥は堂々と俺のことを家族と呼んでくれた。なら俺もそう呼ばれて恥ずかしくないようにしておきて。遥か、よく来てくれたな。変わりないか。そんなにすぐは何も変わらないよ。朝顔も相変わらずみんな元気にしてる。そうか、ならよかった。本当はみんなもおじさんに会いたがってるんだけど、沖縄からだとさすがにお金かかるから。沖縄の人たちはみんなよくしてくれてる。だから何も心配しないで。マスコミに追われたりはしてないか。たまにそういう人も来るけど大丈夫。すまないな、遥か。今の俺には何もしてやれないが、仮釈が出ればあと3年くらいで出られると思う。それでも3年。俺はこんな俺のことを家族と呼んでくれたお前に恥ずかしくない人間になりたいんだ。こっから先の3年はそのための時間だ。
うかしたか？私は芸能界に入っておじさんのことを家族と呼べないのが辛かった。芸能界に入ったことを後悔してるんじゃないの。その逆だよ。おじさんを家族って呼べなかったあの時間があったから。私はあのステージで初めておじさんのことを家族なんだって心から思えた。それまではおじさんと一緒にいることがずっと当たり前だったから、まだ子供だったから深く考えたことがなかった。だから今おじさんと一緒に暮らせなくても頑張っていける。おじさんと私がどんなに離れていても家族だって心に刻むことができたから。今日はそれを言いに来たんだ。また一緒に暮らし始めたらもう恥ずかしくてこんな風に言えないもん。そうか。ほらできたよ。ちょっとテーブルの上片付けて。カージ、こんなとこに漫画置くなよ。泉、コップとお水用意して。はーい。ほらシロ、ご飯の時はタブレットしまって。ちょっと待って、もうすぐ一通り株価のチェック終わるんだ。あんたまさか本当に株買ったりしてないでしょうね。そんな金ないでしょ。シミュレーションだけ。三尾がまだ練習から戻ってないよ。あいつ張り切ってるな。野球推薦の話でしょ。そんなにうまくいくかな。ただいま。ただいま。はるか姉ちゃん、おかわりある？ご飯だけならね。俺今日はおかわりいらない。この後大城と筋トレする約束してきた。おじさん、刑務所から帰ってきたら驚くね。三尾兄ちゃんがプロ野球に入るかもって。バカ、気が早すぎだよ。まだ中学生なんだから。でも野球推薦の話が来るなんて、三尾頑張ったんだ。前はコウジが教えてやってたのに、いつの間にか立場逆転だもんな。うっさい。まだ本決まりじゃないし、他にも候補はいるから、勉強の成績とか家のこととか、なんかいろいろ審査はあるんだって。家のことって、それじゃうちってヤバくね？あ、バカ。いやでも実際さ。大丈夫だって。俺が朝顔の子供ってことはみんな知ってんだから。その上で来た話なんだ。だからもし話がポシャったとしても、それは俺の力不足ってことだからさ。どうしよう。おじさん、私どうしたらいいのかな。やっぱりここに帰ってきちゃいけなかったんだ、私。
ごめんねみんな。綾子、やっぱり出ていくんだお姉ちゃん。これ見たんでしょ。そっか、綾子も見たんだ。三尾の野球推薦のことが心配？三尾のことだけじゃないよ。この先他のみんなにも何かのチャンスが来たとして、私のせいでそれを潰すことになったら耐えられない。私は世の中を甘く見てたんだと思う。おじさんはそれをよく分かってたから、きっと刑務所に行ったの。だからってお姉ちゃんはここを出てどうするの？どこに行くの？しばらくはおじさんのそばにいようと思ってる。いつまで？おじさんが帰ってくるのまだ何年も先でしょ。おじさんはお姉ちゃんが朝顔出るって知ってるの？ううん、全部私が自分で決めたことだから。じゃあ私からおじさんに手紙書いておく？黙ってて。え？おじさんには私からちゃんと話すから。うん。さよなら。ガスだ！アジア街で火が出てるぞ！火元はアジア街の複数箇所でほぼ同時に確認されています。じゃあ放火ってことか。
消防はもう向かってんだろうな。避難の誘導はやってます。でも火の回りが早くて。お前、なんてこった。アジア街が全部焼けちまう。どうですか。いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だとお受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。おじさん。泉か。だいぶ背が伸びたな。おじさん、嘘、帰ってきたの？なんでこんな急に？驚いたか。ねえ、おじさんが帰ってきたよ。みんなおじさんだよ。おじさん。太一。バカ野郎。帰りが遅すぎるんだよ。どんだけ待たせんだよ。すまなかったな、太一。おじさん。お前ら大きくなったな。何年ぶりだみんな。おじさん。本当に大きくなりやがって。おじさん変わんないね。はるかお姉ちゃんは一緒じゃないの？そうだよ。後から来るんでしょ？いや、一緒じゃない。はるか、出かけてるのか？何言ってるの、おじさん。だってはるかお姉ちゃんおじさんのそばに住んでるって。ん？そうだよ。そういう話だったよな。そうだろ、綾子姉ちゃん。ごめんなさい。ごめんなさい。はるかお姉ちゃんが朝顔を出て行ったのは3年前。最初は電話くれてたけど1年くらい前からは全然来なくなった。お姉ちゃんから連絡がなくなっておかしいとは思ってたんだけど、おじさんのそばにいるって言ってたから。はるか姉ちゃんにもう一回電話しなよ、今すぐ。連絡はいつもはるかお姉ちゃんから公衆電話でかかってくるだけだったし、携帯は朝顔を出た後すぐ解約したって言ってた。なんで俺らに何も言ってくれなかったんだよ。いつも姉ちゃんたちは俺らを子供扱いしすぎなんだよ。ごめん。でもみんなを不安にさせたくなかった。それにもしかしたら本当におじさんと一緒に戻ってくるかもって。でもなんでだ。なんではるか姉ちゃんが出ていかなきゃいけなかったんだよ。俺たちうまくやれてたろ。はるかお姉ちゃん、泉たちのこと嫌いになっちゃったの？お姉ちゃんは私たちの重荷に
なりたくなかったんだよ。何それ、どういうこと？今三尾が通っている学校から野球推薦の話があった時、ちょうどこんな記事が出たの。お姉ちゃんは自分のせいで朝顔のみんなが変な目で見られるのに耐えられなかったんだと思う。あの時は特に三尾の進路がどう転ぶかわからなかったし。なんだよ、それじゃ俺のせいかよ。いや、そうじゃねえ。お前のせいでも遥のせいでもね、全部俺のせいだ。おじさん。だから俺が必ず遥を探し出してこの家に連れて帰る。じゃあ行ってくる。今度帰ってくるときは電話してから来てよね。こっちもいろいろ準備があるんだから。よく言うよ。シロなんか全然うちのことやらないくせに。カムロ町に行くんでしょ。おじさんが行ったらまた危ない目にあったりしない？秋山って男さえ見つければもうカムロ町にいる必要はない。あまり長居することにはならねえさ。はるかお姉ちゃん見つけてもあんまり怒っちゃダメだよ、おじさん。分かってる。三尾、野球の練習頑張れよ。うん。それから太一、浩二、シロ、エリ、リオナ、泉、綾子。今度はそう長くは待たせねえ。俺も遥も必ずここに帰ってくる。そうか、豆もいたな。またお前たちのその笑顔を見せてくれ。じゃあな。またこの町に帰ってきちまったか。おい、ちょっとそこのお前。やっぱり桐生か。伊達さん。なんだよお前、いつ無所から出てきた？まあついこの間だ。たく、お前が出所する日は何度も問い合わせてたんだがな。誰からも連絡が来やしねえ。ああ、でもよかったぜ。偶然でもこうやって会えたんだ。少し老けたか？まっとうに年食っただけだ。お互い様だけどよ。そうだな。長かったな、桐生。よく頑張ったよ、お前は。しかし、無所出た足で沖縄に行くかと思ってたんだが。沖縄にはもう行ってきたんだ。そうなのか。伊達さんは相変わらず忙しそうだな。殺しがあったんだ。東上界のヤクザが中国人に刺されて死んだ。カムロ町じゃ今、中国マフィアと東上界とでドンパチの真っ最中だな。中国マフィアか。ああ、お前が無所に行ってからいろいろあった。去年カムロ町で大火事があったことは知ってるか？ああ、無所で聞いた。その火事が東上界のカムロ町支配が崩れたきっかけでな。焼けたのはアジア街の一帯だが、その焼け跡に大陸から西洋界って中国マフィアが入り込んだんだ。でそいつらと東上界の抗争が始まって、片木にまで犠牲者が出るようになった。それで警視庁は躍起になってな、東上界上層部に
抗争の責任を押し付けるようにして真島と堂島大吾を逮捕した。何？知らなかったのか？半年かもう少し前だ。大吾が捕まったとすると、今の登場会を動かしているのは本家の相談役だった菅井って幹部だ。知ってるか？面識はねえが、確か2代目時代からの古参のはずだ。ああ、間違いない。その菅井だ。そうか。いや、お前はもう登場会に関わる立場じゃなかったな。そのために3年以上も無所に入ってたんだ。俺も余計なこと言って。遥はどうしてる？っていうかお前、なんでカムロ町にいるんだ？秋山のことを探しに来たんだ。もっと言うと、秋山に遥の居場所を聞きてえと思ってる。遥の居場所？遥は沖縄から姿を消したんだ。もう随分前からな。なんだそりゃ。俺も沖縄で知ったばかりだ。それで秋山なら遥のこと何か知ってるかと思ったんだが、携帯が繋がらねえ。はあ、実は秋山のことは俺も気になってた。あいつな、金貸しの会社閉めたぞ。ん？スカイファイナンスをか？しばらく休業してる。多分まだカムロ町にいるとは思うんだが、聞いた話じゃどうも中国マフィアに狙われたらしい。何？すまんがそろそろ行かねえと。後でまだ連絡する。詳しい話はそこでしよう。ああ、わかった。一応言っとくが、アジア街に近づくときは気をつけろよ。例の中国マフィアが幅利かしてる。なるべくなら行かずに済ませた方がいい。わかった。気をつけるよ。ありがとな、伊達さん。おう。いや、またな。ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも登場界のヤクザがアジア外で偉そうな態度は良くない。エドさん、信用できねえのはわかるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いならその懐の銃は必要ないのでは？ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまでご信用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方登場界の言い分は聞かなくても分かっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ、その代わり今度こそアジア街はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア街以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。それじゃあ今までは手加減をしてくれていたのですか？ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なのでうまく伝わるか心配でね。まさかうちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへこれから起きることをそのままお伝えください。ああ、おい、何する気だ？撃つ気ならさっさと撃たないとね。
採用会ボスからの答えです。中国人が二人もやりやがって殺してやれ。あいつらが中国マフィアってわけか。お前何見てる？いや別に。気に食わない顔だ。ずいぶん手が早いな。俺が何したってんだ。離せ！誰だ？お前。ちょうどいい。あんたらに聞きたいことがあるんだよな。何？秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスって町金をやってた。あんたらに狙われたって話を聞いてる。秋山なんて男は知らん。本当か？喂，这里已经没事了，咱们走吧。間違いねえ。ありゃ4代目だ。堂島の竜が帰ってきたのか。おい行くぞ。本家に知らせに行く。なんだ、この先は立ち入り禁止だ。消えろ。何を突っ立っている。早く行け。そんなに怒鳴ることはねえだろ。奥に何かあるのか？何にもない。いいから消えろと言ってる。どういうつもりだ。何を黙ってる。そうか、分かったよ。そんなに取りたければ通してやる。来い。你留在这儿，别让任何人通过。喂，那家伙是谁？不是说过不准任何人接近这里吗？可是这家伙就是不肯走，硬要进来嘛。我觉得他很可疑。那你说怎么办？把他跟这小子一起杀掉吗？就那么办吧，反正杀2个人跟杀1个人没什么差别。不思議なもんだな。中国語でも何を言ってるのかなんとなくわかるぜ。おい、日本人かあんた。助けてくれ。こいつら俺を殺す気だ。頼む、助けて。黙れ。なんだかわからねえがやるしかねえようだな。ほう、この人数相手に逃げようとしないのか。なかなか楽しめそうだな。别手下留情，把他给我杀了！ふう、命拾いしたよ。あんたは命の恩人だ。しかしおっさん、すげえ喧嘩慣れしてんだな。マジですげえよ。それよりお前はなんで中国人にやられてたんだ？ああ、俺は登場界なもんだからよ。連中ヤクザと見りゃ俺みてえな駆け出しだろうが見境なしに襲ってきやがる。こっちの人数が揃ってりゃ相手も様子見るんだけどよ。あいにく一人で歩いてたとこで奴らに出くわしちまったんだ。ただ歩いていただけで襲われたってのか。えらい殺気だってるな。
狙われてんのは東上界の人間だけじゃねえ。その筋に近いグレーの肩にも目つけられてる。だから今そういう連中はすっかり地下に潜っちまってるよ。なるほど。そうか。秋山が中国人に狙われてるってのはそれが理由か。今秋山って言った？ん？スカイファイナンスの秋山俊。知ってるのか？知ってる知ってる。そこのビルがスカイファイナンスの事務所だった。何ヶ月か前に畳んじまったけど、秋山も中国人たちから身隠してるらしい。あいつは東上界の6代目にも顔が利くってんで目つけられてんだ。秋山が今どこにいるか知ってるか？いや、そうは言わねえけど、でも最近見かけた。前とは別人みてえななりしてよ。児童公園でホームレスに混じってた。おっさん秋山のこと探してんのか？ああ、おかげでいい話が聞けた。何言ってんだよ。こっちは命救われてんだから。俺は人生一家の室田ってんだ。まあ下っ端だけど何かありゃいつでも力になってやるよ。おっさんの名前は？桐生だ。ほう、桐生さんね。分かった。じゃあまたな。桐生一馬いやいや、まさかな。そんなわけねえってな。食った久しぶりのごちそうだった。それじゃあ約束だ。秋山さんの居場所を教える。確かこのすぐ近くと言っていたな。ああ、すぐ近くだよ。この下に降りてみな。なるほど、こういうことか。秋山はこの下にいるんだな。行ってみりゃわかるよ。秋山か？あれ？桐生さん。久しぶりだな。いや、まあどうぞ座ってください。見ての通り大したお構いはできませんけど。探したぜ。スカイファイナンスは閉めたんだってな。まあなんでか中国マフィアに目をつけられちゃいましたね。とりあえず休業中です。このままずっと引き下がってるつもりはないんですけど。話は聞いてる。いろいろ大変らしいな、今のカムロ町は。ねえ、町がこんな状態なんで秘書の子も一旦里に返しました。商売上がったりなところにあの子まで危険にさらすわけにはいかないもので。そうか。でもお前は思ってたより元気そうだ。桐生さんもようやく出所されたんですね。しかしなんでまたカムロ町に？お前に会いに来たんだ。お前なら遥が今どこにいるか知ってるんじゃないかと思ってな。遥ちゃんが？朝顔に戻ってるんじゃないんですか？そうか。お前にも遥の行き先はわからないか。すみません、桐生さん。せっかく沖縄から来てくれたのにお役に立てなくて。いいんだ。お前の状況も知らずに俺が勝手に押しかけてきた。これからどうします？もう少しカムロ町で遥を知ってる人間がいないか聞き回ってみる。俺も自由が利けば手伝いたいんですけど。いや、無理すんな。
あちあいつらは一番後ろのやつはエドって呼ばれてます。採用会のメンバーで俺を探してます。エド？文句言うわけじゃないんですけど、桐生さんつけられましたね。あ、目そらした。今日カムロ町に面白い男が現れたと聞いてたが、そいつを追ってきたら秋山さんまで連れたよ。あいつお前が逃げ回るほどの相手なのか？まあ会社畳んで下水に引きこもりたくなる程度のやつです。見違えたな秋山さん。前からおしゃれだったが、もう私のような凡人には理解できない着こなしだね。そしていちいち尺に触ることを言うんです。秋山さんのお連れの方、なるほど。雑魚じゃ相手にならないわけだ。お前桐生一馬だね。東女会元4代目会長、二つ名は堂島の竜。日本人ヤクザの英雄だ。我々のリストにも名前が載っている。桐生さん、無所で体なまってないでしょうね。どうだろうな。朝のラジオ体操は欠かさなかった。健康的ですね。哀れだが極道は死に場所を選べないものだ。二人ともドムに沈むがいい。卑怯な連中だ。一人を相手に二人がかりとはな。よく言うよ。そこに倒れてる4人はあんたのお仲間だろう。今日のところは挨拶だけにしておく。だが二人とも必ずまた会うぞ。正直俺一人で手に負える相手じゃありません。一緒にいたのが桐生さんで助かりましたよ。ああ、それでもピンピンして帰っていきやがった。マフィアってのはあんなのがゴロゴロいるのか。特別なやつだと信じたいですけどね。何にしてもこの隠れ家はもう使えません。外に出ましょう。いやー、やっぱり太陽の下はいいですね。空気もうまい。すまなかったな秋山。せっかくの隠れ家を台無しにしちまった。構わないですよ。ちょうど寝るのに飽きてたとこです。それよりここを離れましょう。またエドが仲間を連れてくるかもしれない。伊達さんからだ。桐生、今どこだ？カムロ町にいる。児童公園で秋山も一緒だ。そうか。二人とも今すぐ東都病院に来られるか？ん？悪い知らせだ。俺もまだ詳しく聞いたわけじゃないんだが、遥がカムロ町で事故に遭った。生きるか死ぬかの怪我だ。どういうことだ？遥カムロ町にいたのか？とにかく話は病院でいいな。
ちょっと桐生さん。桐生。伊達さん。すみません、患者さんですか？いでしたらやご遠慮ください。衛生的に問題がありますので。こいつは警察の後輩で本庄だ。俺に遥の事故を知らせてくれたのがこいつでな。本庄だ。あんたのことは伊達さんからよく聞いている。遥、どういう状況だ？ ICU にいる。とても会える状態じゃない。腰と肩を骨折して出血もあるが、一番深刻なのは頭だ。強く打って意識がない。重体だ。何があった？ひき逃げだ。無茶な運転してたチンピラが偶然居合わせた沢村遥を引いて、今もそのまま逃げている。ひき逃げ？大丈夫か桐生？いや、今は何も考えられねえ。だろうな。けどこの話にはまだ続きがある。なんだと？来てくれ。お前に見せたいものがある。あれだ。事故に遭った時、車が突っ込んでくるのを見た遥が、自分のことはお構いなしに体を張って守ったものがある。何？この子が遥の？まさか。いや、まさかじゃない。名前はハルトだ。あれ？つまりこの子は遥の子だ。まさか。そんな。名字が同じってだけじゃない。自分の体を張って守ったんだ。それは自分の子だからこそ。なら父親は？この子の父親は誰なんだ？わからん。わからない？そういうもんがわかる持ち物は何もなかったんだ。彼女が持っていた携帯は壊れてて、今中のデータが取り出せないか調べている。それに遥がいつからカムロ町に来てたのかも分かってない。そのあたりは全部遥の意識が戻らねえと。回復の見込みは？今は何とも。悪いが下手に希望を持たせるようなことは言いたくないんだな。医者ができる限り手を尽くしている。今はただ祈って待つしかねえ。先輩、すみませんが自分はそろそろ。まだ事故現場に仕事が残ってますんで。待ってくれ。本庄さんだったな。ん？遥が事故に遭った場所はどこなんだ？何のつもりだ？あんたが現場に行ったところでどうにもならん。逃げている犯人は警察で追っている。ヤクザ崩れの出る幕じゃねえぞ。
おい本庄、言い方。何と言われようが構わねえ。こんなとこでじっとなんかしてられねえんだ。沖縄にいたはずの遥がいつの間にかカムロ町に来て事故に遭った。わけがわからねえ。あいつを引いたチンピラってのは誰だ。それに何より本当にこの事故は偶然なのか。はるかが誰かに狙われたって言いたいのか。今でもお前を恨んでいる誰かの仕業だと。そうだとしたら許さねえ。絶対に。待て、いいだろう。事故現場は占領通りのあたりだ。今すぐでよければ俺が案内してやる。構いませんか、伊達さん。ああ、頼む。悪いな。ここだ。沢村遥は赤ん坊を抱えてこの歩道を歩いていた。そこへ背後から黒いセダンが突っ込んでいった。車はあそこの地下駐車場から車止めのバーを突き破って暴走したらしい。車に乗っていたのは男が一人。20代くらいの若いチンピラ風で親子を引いた後そのまま逃げた。チンピラか。東上会と中国マフィアが抗争の真っ最中なんでな。その関連で無茶な運転してたって見方がまず一つある。それでチンピラが車を暴走させたってことか。だとするとそいつは東上会の人間か中国マフィア。いや、そうとは限らん。今のカムロ町には他にも組織が方々から入り込んできている。少し説明する必要があるな。まず3ヶ月前、ある一人の中国人が殺された。中国マフィア西洋会のメンバーだ。そいつは西洋会の幹部だが総帥の一人息子でもあった。要するに組織の後継者だ。名前はジミー・ロー。その殺しをきっかけに抗争は激化。東上会の6代目が逮捕されて一旦収まっていた火種が一気に燃え上がった。東上会がそのジミー・ローを殺したのか。まだ犯人は分かっていないが少なくとも西洋会はそう思っている。中国人マフィアどもが街中に散って東上会のヤクザから関係者まで片っ端から襲う機会を狙っているんだ。東上会も中国人と見りゃ仇だろうが街から追い出しにかかってる。むちゃくちゃだ。そして今はその混乱につけ込んで他にも有象無象の組織がカムロ町に入り込んでんだ。つまり抗争で動いているチンピラは東上会、西洋会以外にも大勢いる。沢村遥を引いたチンピラがどこの組織の人間だとしてもおかしくないってことだ。これはついでだがな。後からカムロ町に入り込んできた組織の中にはあんたの馴染みもいる。韓国マフィアジンゴン派だ。ジンゴン派。ジンゴン派はカムロ町に2度進出して東上会に叩き潰されている。1度目は30年以上前、そして2度目は10年前。その時はあんたも東上会とジンゴン派を潰すのに一役買ったはずだな。もう随分昔の話だ。あんたには過去でも奴らは恨みを忘れない。東上会への恨みもあんたへの恨みもな。カムロ町に長居するつもりならせいぜい周りに気をつけろ。ちょうどそこを沢村遥が歩いていた。彼女は車が突っ込んでくるのを見て避けることもできず、ただとっさに子供をかばうようにかがみ込んだそうだ。くそ。そこを見てみろ。路面にブレーキ痕が残っている。沢村遥を引いた後、運転手は車を止めてはみたがすぐにまた車を急発進させた。だいぶ慌てていたらしい。てめえで引いちまった親子の無事を確かめようともしなかった。
つまりどういうことだ？もし万が一の話、沢村遥があんたの関係者ってことで狙われたとしたら、運転手は彼女の生死を見届ける必要があるんじゃないか。だが今回の場合、犯人はその段取りを踏んでいない。だから俺が思うに、彼女はあんたが極道だった過去に巻き込まれたとかそういうんじゃない。あくまでも偶発的な事故。彼女はただ運が悪かったんだ。あんたが知りたかったのはそういうことだろう。だがそのチンピラはまだ逃げ続けているんだろう。ただのチンピラが今時の警察からそんなに簡単に逃げられるもんなのか。今も警察は全力を挙げて車の足取りを追っている。まだ逃げ切られたとは考えていない。ところで気づいてるか？さっきからお前のことを見ている男がいるぞ。あの帽子をかぶった男か。いつからいた？気がついたのはさっきだ。ただ奴のスマホのカメラは間違いなくお前を意識している。俺を見張ってるってことか。それともこの事故現場を見に来たか。どうする？こっちから挨拶してみるさ。もし俺に用があんならまず自己紹介させてやる。ええ、現場にいます。特に問題ないかと。おい、ここで何をしてる？くそ！待て！誰だお前は。なんであの場所で俺を見張ってた？見張ってたわけじゃありません。護衛をしてたんです。4代目。お前東上界の人間か？ええ、東上界直系の染谷一家のもんです。染谷一家？ご無礼をお許しください、4代目。親父からの命令だったんです。4代目を影からお守りするようにって。俺は昨日までずっとカムロ町を離れていたし、今日来たことを東上界に知らせてもいない。なのに随分手際がいいな。なぜ俺があの場所にいると分かった？自分にはよく分かりません。ですが親父が言ってたんです。あの場所にいればきっと4代目が現れると。何？4代目が大事になさってるお嬢さんが事故に遭われたんですよね。親父からはそう聞いています。そうか。ならお前の親父ってのは今どこだ？染谷一家の総長はどこに行けば会える？別にお前が言わなきゃ町中で聞いて回るだけだ。だが省ける手間は省きて。わかりました。親父は東上会本部です。菅井会長代行と会うと言ってましたから。東上会本部か。くそ、またあそこに行かなきゃならねえのか。何か？俺は東上界の匂いを消すために無所で身を洗ってきたばかりだ。そっから何日も経ってねえのに、なんてざまだと思ってな。お初にお目にかかります。4代目。どうも、染谷一家総長の染谷です。この度は無所でのお務めご苦労様でした。俺が来るのを待ってたってわけか。うちの子分が4代目に誤解を受けるような真似をどうかご容赦ください。誤解ってのはどういうことだ？はは、立ち話もなんですから、そのあたりも含めて
中でじっくり話しませんか。4代目もお勤め明けたばかりでお疲れでしょうし、菅井さんもぜひご挨拶したいとお待ちしています。菅井さんご存知ですよね。登場会社桐生さんより古い6代目が不在の今、菅井さんが会長代行です。俺をつけさせたのはその菅井の差し金か。まあどうぞ奥へ。俺もゆっくり4代目の若い頃の武勇伝をお伺いできればと思います。どうか往年の極道ってやつを俺ら若造にも勉強させてくださいよ。ねえ。どうも、たびたび失礼します。おう。4代目をご案内してまいりました。お久しぶりで4代目。俺の顔覚えてます？やっぱり覚えてませんか。俺は6代目体制になっても名ばかりの相談役でした。無理もない。もうお聞きでしょうが、6代目が薩にパクられてからこの老いぼれが引っ張り出されましてね。せっかく若返った登場界もまた古い世代に逆戻りです。4代目から見るにさぞかし頼りないでしょうが。随分でかいテーブルを入れたんだな。極道も最近じゃ書類仕事が増えましたんでね。お気に召しませんか。そこの染谷ってのは書類仕事向きじゃなさそうだ。俺は書類だ数字だって役割じゃありません。ヤクザにもいろんなのがいますんで。どうぞ4代目。長居するつもりはね。だがいくつか聞きたいことがある。例の4代目が目をかけたお嬢さんがひき逃げされた件ですか。痛ましい話だ。お察しします。遥の事故はいつ誰から聞いた？事故直後に薩からの情報です。あんたのとこにはカムロ町中の事故の報告が行くのか？沢村遥というお嬢さんは4代目の大事な身内として広く認識されています。もちろん特別に重要な件として私のところへ報告が来ました。聞きたいことというのはそれだけで？その事故現場に俺が来ることを見越して監視していた男がいた。そいつは染谷一家の人間と言ってたが、監視を指図したのはあんたが菅井？監視じゃなくて護衛ですよ。4代目がカムロ町にいらしていると報告があってからずっとお探ししてたんです。それがお嬢さんの事故をきっかけにようやく4代目のご無事を確認できたという次第でしてね。染谷の言う通りです。俺も差し出がましいとは思ったんですけど、今は中国人とドンパチの真っ最中でして、4代目は堅気になったとはいえ、中国人はそういう事情もお構いなしに的にかけるかもしれません。余計なお世話だ。俺に護衛は必要ない。
4代目のお人柄についてはよく存じ上げてるつもりです。そうおっしゃることは目に見えていたので密かに動いていました。気分を害されたなら申し訳ない。だから言ったじゃないですか、菅井さん。4代目に護衛なんか必要ないってね。大体狙われる理由がないんですよ。もう堂島の竜なんて看板とっくにカビが生えてんですから。桐生さん、さっき俺らに監視されてるって言いましたけど、それも自意識過剰なんじゃないですかね。今やってるドンパチは俺らの世代の構想ですよ。とっくに引退された人間の出る幕じゃありません。随分と威勢がいいんだな、今の若いのは。中国マフィアとの抗争のおかげですよ。いや、だってそうでしょ。最近まではいかに金を稼げるかがヤクザの力だった。6代目体制の登場界幹部はみんなインテリでしたよ。でも今は違う。でかい構想のおかげで登場界のヤクザの価値は喧嘩の強さになった。敵の首取った数がヤクザの格に直結する。要するに力ずくで出世できるヤクザにとっちゃ至極まっとうな時代が来たってことです。いい時代になったでしょ、4代目。あんたもそうやってのし上がった極道の代表格ですもんね。これまで雲の上の人だった菅井さんも今じゃ俺ら若い者の力を頼りにしてくれてますねえ、菅井さん。誰よりも組織のために体張ってる人間が中枢に入る、当然のことだ。今の俺にはヤクザの価値なんざどうでもいい。ただ最後に一つだけ聞く。お前らが遥の事故に関わっていることは何もねえんだな。どういう意味です？俺らにそんなことする理由はないでしょう。ああ、確かに今のところは俺もそう思う。俺も遥もお前らの構想とは程遠いからな。だがもし万が一登場界が何かの理由で俺の身内に手出したんだとしたら、その時は容赦しねえ。堂島の竜を敵に回したりはしませんよ。俺らには今他の遊び相手が山ほどいるんですから。桐生さん。秋山。ん？なんだ。ずいぶんさっぱりしたな。いや、まあ汚い格好じゃ病院に入れてもらえなかったもんで。伊達さんから大筋は聞きました。遥ちゃんはまだ ICU です。今んとこ動きはありません。そうか。それより桐生さん、遥ちゃんの子供のことでちょっと。ん？区の児童相談所ってのが来てます。桐生さんに一言挨拶したいって。沢村遥さんの関係者の方ですね。児童福祉士の野尻と言います。こちらの病院から子供を引き取るようにと連絡を受けまして。何？沢村さんにご親族はいないということですので、お子さんはこちらでお預かりします。今回のようなケースでは通常の手続きですので、それじゃごめんください。遥の子供を児童養護施設に送るってことか？ええ、まだ1歳くらいなので正確にはおそらく乳児院ですが、少なくとも沢村さんが回復されない限りは施設へ送られます。待ってくれ。俺は沢村遥の親代わりで桐生ってもんだ。だから赤ん坊の面倒は俺が見る。あんたらには手間は取らせねえ。桐生さん。親代わりとおっしゃいますが、親族ではないんですよね。
でしたら桐生さんのような自称関係者にお子さんを引き取ることはできません。だってほら、例えばもしあなた方が赤ん坊の臓器を売るような輩だったらどうなります？何？はあ？いや、確かに今のは大げさに言いましたよ。でももしそういう人たちに赤ん坊を預けちゃったら、これ児童相談所の責任が問われちゃう。今時は実の親が子供を虐待死させたってうちのせいだって言われちゃうんです。こっちは人手が足りないっていくら言ってもそういう事情はお構いなしにね。まあそういうことなんで、あなた方にお子さんを預けたら私の責任問題になっちゃうんです。どうかご理解ください。おい、野尻さんだったな。児童相談所ってのはあんたみてえなやつばっかりなのか？そんなわけねえやな。はい？あんたの言葉は子供のことよりてめえの立場だけが心配だっていう風に聞こえてしょうがねえ。俺もはるかも施設で育った人間だ。親と呼べる大人のいない子供の苦しみはそれを味わった人間にしかわからねえだろ。だから俺はまだろくに口も聞けねえような赤ん坊を施設にやりたくねえ。はるかも目を覚ませば同じことを言うはずだ。何と言われても仕方がないんですよ。それにもともとこの件はあなた方の了解を取る必要もない案件だ。今回は警察が不用意にあなた方を呼んだせいでこんな面倒になってるだけでしてね。失礼。あとは病院の担当者と話しますから。桐生さん、どちらへ？俺ははるかの子をあんな奴の好きにはさせねえ。いや、桐生さん、ちょっと待ってください。そこまでにしましょう、桐生さん。あの野尻って男は自分が施設に送った子供がどうなろうが構わねえと思ってる。今この子を守ってやれるのは俺だけだ。けどあいつの言い分にも一理あります。俺たちは桐生さんという人間を知ってますけど、言葉を選ばずに言えば前科持ちの元極道だ。すいません。でも遥ちゃんが目を覚ますまでは仕方ありません。赤ん坊はしかるべきところで預かってもらうしかないでしょう。もし遥に万が一のことがあれば、この子は。何言ってんですか桐生さん。そんなことにはなりませんって。だがそうなった時には遥人は間違いなく施設に送られる。そして赤の他人の俺にはこの子がどこの施設に送られたのかも決して明かされない。二度と顔を見ることさえできなくなる。子供が施設に入れられるってのはそういうことだ。その後俺がどうあがこうがもうこの子には何もしてやれなくなる。遥も絶対にそんなことを望まねえはずだ。だから今しかねえんだよ。何をしてるんだあんたら。その子をどうする気だ。今話の途中だ。少し待っててくれ。ふざけるんじゃない。あんたは赤ん坊を下に下ろすんだ。早くしないとただじゃ済まんぞ。この子は連れて行く。遥が目を覚ましたら必ず返す。それまで俺に任せてくれ。やっぱりダメですって桐生さん。下手したら誘拐犯になります。もしそうなったら俺は遥ちゃんに合わせる顔がない。何のために無所に行ってたんですか。止めるな秋山。
行かせてくれ。考え直してください、桐生さん。俺にはあんたのやろうとしていることが正しいとは思えない。なんであんたはそうやって勝手に突っ走るんですか。少しは自分の後先だって考えてください。うるせえ。俺だって分かってんだ、そんなことは。だが俺がどうなるか、周りにどれだけ迷惑かけようか、遥の息子を守ってやるのは今俺しかいねえ。桐生さん、お前はどうしても邪魔するって言うなら、もう話し合いの余地はねえ。そこをどけ、秋山。くそ、なんで俺がこんな目に。邪魔だ。ったく、あんた相手に俺が本気で殴れるわけがない。とんだ殴られ損ですよ。すまねえ、秋山。本当にその子を連れて行くしかないんですか。厄介なことにしかなりませんよ。考える前に手が動いちまうのは俺の悪い癖だ。そんなだから桐生一馬の生き方ってのは誰にも真似ができないんです。もう少し待ってろよ。分かってる。腹減ったんだよな。まさかそんなもの食わせるつもりじゃねえよな。伊達さん、その子に食べさせるつもりならこういうのにしとけ。相変わらず無茶するなお前さんはよ。あらまあまあさあ落っことすなよ。そっとな、そっと。分かってるって。はあ、児童相談所の野尻だったか。いろいろうるさかったが話をつけといたよ。赤ん坊に何かあっても俺が全ての責任を取るっつってな。そうだったのか。そしたらあいつこう言ってたぜ。なら私は何も知らない。今回の件は何も聞かされてないし、病院にも行かなかったで通させてもらうってな。てめえの責任にさえならなきゃ子供のことはどうでもいいらしい。ま、あいつは最悪の特殊ケースだ。本人もいやいや人手不足の児童相談所に回されたらしい。何度も上に異動願いを出してるってよ。さっさと受理された方が子供たちのためだ。児童相談所で働くまっとうな人たちの名誉のためにもな。また面倒かけちまったみたいだな、伊達さん。いいさ。あのまま遥の子が野尻に渡されてたらと思うとその方がゾッとする。うちの鞘にもあんな頃があったよ。今じゃもうすっかり大人になって手がかからなくなったがな。鞘か。ホストに引っかかって大騒ぎしてたのが
もう10年も前か。ああ、あの時が俺の人生最悪の時期だったよ。お前に助けてもらわなかったら今頃俺もさやもダメになってた。俺はな、桐生、お前にはまだあの時の借りを返しきれてねえと思ってるんだぜ。なら今日は伊達さんのおごりでいいな。それでもう10年前のことはチャラだ。まさかな、そんなんじゃ済まねえや。少し言いづらいんだが、やっぱり言わなきゃならねえよな。ん？遥のことだ。遥か。どうしたんだ？あいつに何かあったのか？実はさっき手術が終わってな。幸い一命は取り留めたんだが、意識が戻らないんだ。この先いつになったら目を覚ますか医者にもはっきりしねえ。なんだと？一体どうしてこんなことに。なあ、お前今日一日カムロ町で動き回ってたんだろう。遥が姿消してた間のことで何か分かったことは？何もない。沖縄を出た後、遥が3年もの間どこでどう過ごしていたのか分かったことは何も。そうか。ならやっぱり手がかりはこれだけになりそうだな。うん。これは遥の携帯に入ってた写真のデータだ。事故で壊れてた携帯から復元できたのはこの1枚だけだった。どこで撮った写真だ？この背景からじゃ分からねえな。いや、この画像データから GPS の位置情報が取れた。今時はそこから撮影場所の緯度と経度がわかる。この写真の撮影場所はな、広島だ。広島？ああ、広島の尾道神外町の付近だ。それじゃあ遥は沖縄を出た後広島に。みたいだな。その後どういうわけかまたカムロ町に戻ってきて、今日は赤ん坊と2人して事故に遭った。遥が広島にいたのがどのくらいの時期だったのかはわからん。遥人の父親が広島に。その男なら今まで遥に何があったのか、なんで今日カムロ町にいたのか、きっとその答えを持ってるはずだ。さてどうする桐生？そいつから聞きたいことは山ほどある。だがその前に俺は遥の親代わりだ。大事な娘に赤ん坊を産ませて挨拶にも来ねえその若造に説教の一つも垂れてやらなきゃ気が済まねえ。明日広島に行く。遥人も一緒だ。俺はあんまり賛成できねえけどな。ん？広島には陽明連合会がある。陽明連合会か。陽明連合会っていや、近江連合東上会に次ぐ誰もが認める日本裏社会ナンバー3の組織だ。他の組織と手を結ぶことなく常に独立独歩、それでいて好戦的というわけでもない。一見すると穏健派に見える組織だが、敵が自分の島に足を踏み入れようなら手段を顧みず敵を駆逐する。あの近江連合でさえもただの一度たりとも戦争して勝った試しがない。ああ、広島には触れるなという話は
昔兄貴分たちからもよくされたな。陽明連合会は天下を警棒せず、あの名将毛利元就と同じやり方で会長のクルス・タケルは広島という地を守り続けた。クルス・タケルか。当然お前も裏社会で生きているなら名前くらい聞いたことあるんだろう。戦後に名を馳せた幕徒であり、生ける伝説とまで言われる男だ。ああ、だが俺が東上会にいた頃から実際にあったという話は聞いたことがない。陽明連合会は外部組織との交流が全くないため、極端に情報が少ない。警察でも昭和50年代以降、クルス・タケルの行動を何一つ確認できていないんだ。生きているのか死んでいるのか、それすらわからないということか。生きてるとすりゃ100歳に近いはず。そんなジジイがどうやって広島のイケイケをまとめ上げているのか。組対四課の噂じゃ、クルス・タケルという人間はすでに存在せず、若頭の小清水というのが実質的なトップとして組織を動かしているという話なんだがな。とにかく広島は警察でもよくわからない謎だらけの危険地帯ってことか。そうだ。だからお前が足を踏み入れりゃ、場合によっちゃ東上会と陽明連合会との一大戦争の引き金を引くことにもなりかねない。今の俺は仇なんだ。どう動いたところで何も起きゃしねえよ。はあ、まあお前ならそう言うに決まってると思っていたがな。だってさ、俺が東京を離れている間、遥のことを頼むぞ。ああ、こっちは任せてくれ。言えば秋山のやつもついててくれるだろうしな。しかしな、あの遥があんな可愛い子を産むなんてよ。誰よりも本人がいつまでも眠ってらんねえって思ってるはずだ。遥は必ず目を覚ます。だからよ、桐生。それまでに必ず春人の父親連れてきてやってくれ。ああ。この店はもうすぐ開くか？あ、まだ準備中なんですけど。あら、赤ちゃんかわいい。1歳くらいかな。男の子ですか？ああ、な、春人。あら、パパ以外の人は嫌い？いや、パパってわけじゃねえんだ。あ、もしかしてお孫さんでした？孫？そうか。そういう風にも見えるか。いや、それより店が開くなら一杯いいか？ええ、まだ少し準備かかりますけど、どうぞ。あ？キヨちゃん、なんならそいつは。お客さんでしょ？南雲くん、お店開けるからもうそろそろ帰って。どうぞ、気にしないで座ってください。あ、そうだ、赤ちゃんにも席を作ってあげなきゃ。
のう、あんた、どっから来た？よそもんじゃろ。東京からだ。ほう、東京か。ほうかほうか。ほいじゃが、東京もんがこんな田舎になんの用じゃ。観光には見えんの。お客さん、よかったらこの中に赤ちゃん寝かせて。ちょうどいいのがあったから。どう？気に入った？かわいいね。すまないな、ママ。いいのいいの。こんなかわいいお客さん初めてだから。普段来るのはろくでもないのばっかり。ろくでなしっちゅんはわしんことか。こん店は常連のお客様に気遣いがないの。南雲くん、タバコ消して。赤ちゃんに悪いでしょ。それにそろそろお仕事なんじゃない？お仕事なら今しとるわい。うちの島に来る怪しいよそ者を監視しとる。おう、東京もん、名前は？桐生だ。俺は別に怪しいもんじゃない。バカだれ。怪しいか怪しくないかわしが決めるんじゃ。黙っとれ。いい加減にして。ほら、もう言って。この店では誰がお客さんかは私が決めるの。釣りはいらん。気に食わんの。ヤクザに話しかけられても顔色一つ変えん。疎外な男がガキを出しにわしのキヨちゃんをたぶらかしとる。誰が誰のものだって？なん見とるんじゃ。踊れ。酔って仇に喧嘩売んのが大したヤクザだ。なんじゃとこれ。表出ろ。あんたがいちゃ美人のママと話せやしない。お客さん、警察呼びましょうか？いいんだ。少し酔いが覚めりゃおとなしくなんだろう。少しの間ハルトを頼む。おーし、上等じゃ。気に入った。たっぷり可愛がったる。ぶち殺したるぞ。この辺りでええじゃろ。ここなら誰にも邪魔されん。今から泣いて詫び入れても遅いで。わしをキレさせた踊りが悪いんじゃ。死ねー。踊れ。とりゃ行くぞこら。なんじゃと。このわしが。気が済んだか？踊りゃ何もんじゃ。いいから酔いを覚ますんだな。そんなに酔ってりゃ素人にだってやられる。待てやこら。わしは広瀬一家の頭じゃ。今度会ったらただじゃ済まんど。さっさと東京にいねえ。ああ。あ、お客さん、大丈夫だったの？ああ。ハルトを寝かしつけてくれたのか？ええ、今寝ついたんです。本当に可愛いわ。さあ、それじゃあ何か飲まれます？
この人がハルト君のお母さん？ずいぶん若いんだ。今で19だ。3年前に沖縄を出て、その後この辺りにいたらしい。この辺りに？写真よく見てくれ。ここらで見た顔じゃないか。さあ、桐生さんはその人を探しにこの町へ？いや、居場所は分かってるんだ。それより彼女がここで誰とどう過ごしていたかを知りたい。本人には聞けないの？ああ、ちょっと訳ありでな。もっと言うと、俺が探しているのはハルトの父親だ。この辺りにいるんじゃねえかと踏んでるんだが、どういうやつなのか見当もつかない。ごめんなさい。力になってあげたいけど、やっぱりこの人は見たことないと思う。前はこいつ芸能界にいたんだ。沢村遥って名前聞いたことないか？あまりテレビ見ないから。そうか。ごちそうさん。感情。今夜はいいです。可愛い赤ちゃん抱かしてもらえたし、うちの常連が迷惑かけちゃったし。さっきのヤクザか。それより桐生さん、ホテルはどこに？いや、まだ決めてない。これから探す。でもこの時間だともう近くで泊まれるところないですよ。そうなのか。だいぶ遠くならあるけど、ハルト君のパパ見つけるまでこの辺りにいるつもりなんですよね。ちょっと不便じゃないかな。わかった。ちょっと待ってて。近くで泊まれるところを紹介してあげる。あまりいいとこじゃないけど、気に入らなかったら遠くにホテル探したらいいし。ああ。もしもし、清美です。こんばんは。ごめん飯野くん、水軍アパートなんだけど、少しの間うちのお客さん泊めてもらっていいかな。さっき電話したの飯野くんって町内会の人でね、空きアパートの管理人。もうずっと部屋が空いてるからしばらく泊まっていってもいいって。すまないな、助かる。期待はしないでね。ずっと空きになってて手入れもされていないし、ただ布団は置いといてくれるって言ってた。そうか。よかったらまた飲みに来て。ハルト君にも会いたいし。親切なんだな。ありがとう。アパートはここから海沿いを少し西に歩いていったところね。わかった。今度ここに来るときはちゃんと感情を払わせてもらう。お待ちしてます。悪くねえな。だろ、ハルト。おしょんべんか。ようしまったろ。おい、じっとしてろ。すぐ済むから。おっと。そう何度も同じ手は食わねえ。腹が減ってるのか？しまったな。確かミルクはもう。ハルト、ほらミルクだぞ。待たせて悪かったな。
なんだよ、ミルクが欲しかったんじゃねえのか。桐生さん、清美です。スナック清美の。空いてる。入ってくれ。やっぱり。ちょっといい？お腹が減ってるわけじゃなかったみたい。眠いのね。眠い？こういう時は優しく抱っこしてしばらく待つしかないかな。それだけか。うん。マジかよ。大変でしたね、桐生さん。あんたわざわざ心配して来てくれたのか。うん、なんかほっとけなくて。迷惑かもしれないけど。面倒見がいいんだな。店の方はいいのか。うちに来るのはみんな常連さんだから、今は少しくらい私がいなくても平気。あんたにも子供がいるのか。え？子供の扱いに慣れてる。少し前に友達の子供を預かったことがあるから。あ、そろそろお店に戻らなきゃ。おやすみなさい。今日はゆっくり休んで。明日またハルト君のパパを探すんでしょ？ああ、そうだな。それじゃ。おう、まだここらうろつっとってんか悪い。南雲か。何か用か。冷たいの。もう知らん仲じゃないじゃろが。今度は子分連れか。なんで俺を目の敵にする。ほっといてくれねえか。ならはよ東京に帰ったらどうじゃ。あ？頭、そいつは誰なんです？よう聞いてくれたの。こいつはな、東京から来たよそもんじゃ。見てみ、憎ったらしい面じゃろ。頭、もうそろそろ時間なんすけど、早く行かねえとまたブーブー文句言われますよ。バカだれ。誰が文句言おうが知らんわい。おう言うた。踊れ、頭に向かって偉そうな口聞きよって、まだ話の途中じゃろうが。いえ、あいつもう聞いてねえみたいですけど、ほら。あのクソゲタが。今度にしましょうね。こっちは頭が行かねえと始まらねえんですから。命拾いしたの、桐生。じゃがの、今度会うた時が己の最後じゃ。よう覚えとけ。たく、面倒なのに関わっちまったな。あ、噂をすればってやつだ。ん？ちょうど今桐生さんのところに行こうと思ってたの。ちょっと頼みがあって。俺にか？なんだ？桐生さん、野球できます？うん、まあルールくらいは知っている。そっか。飯野くんのやってる草野球チームで今日これから試合があるんだけどね、急にメンバーが足りなくなっちゃって、それで私から頼んでほしいって言われちゃったの。試合の人数合わせってことか。わかった。あんたらには昨べから世話になりっぱなしだしな。ごめんなさい。なんか恩着せてるようで。今からすぐにってことか？うん。球場まで案内するけど、私まだ支度があるから、先にロープウェイ乗り場で待っててくれます？ロープウェイ乗り場か。
すぐに追いつけると思う。ああ、分かった。おお、桐生さん、よう来たの。急にメンバーが腹壊しおったんじゃ。じゃけ、宿代の代わりと思うてくれや。ああ、分かってる。飯野くん、あんまり桐生さんに恩着せがましくしないでよ。なんなら清ちゃん、わっとるよ。じゃけど、本人が言うとるんじゃけ。清ちゃんも、そがにこいつの肩持つことないんじゃないの？飯野くんには関係ないでしょ。冷たいの。おいじゃ、桐生さんはライトの8番じゃ。じゃけど、あんまり頑張りすぎんでえわ。わしら気軽に楽しゅう野球するのがモットーじゃけ。そう？でも相手チームはそういうつもりじゃないみたいよ。見て、桐生さん。ん？面白いもんじゃ。のう、よくよく踊れとは縁があるの。本当に狭え町だな、ここは。キヨちゃん、あんたなんでまたそいつと一緒なんじゃ。何？別にいいでしょ。ええわけないじゃろ。なあ、キヨちゃん、わしの気持ちはよう分かっとるはずじゃろうが。そんなうさんくさい男に近づいちゃいかんど。わしの身にもなってくれや。ああ、気色悪い声出すな、南雲。清ちゃんはお前なんぞ興味ないんで。外野はすっ込んどれや、バカだれ。踊れも英気になっとるんじゃなあと。もうあの店には出入り禁止じゃ。踊れ、今度キヨちゃんの店に近づいたら命はないと思えや。勝手なことばっかり。そろそろ試合じゃねえのか。あんたらのベンチはあっちだ。言われんでも分かっとる。頭、もういいじゃないですか。さあ、みんな待ってますから。おう今日の試合は荒れそうじゃのあんた、前に南雲となんかあったんか？いや、ちょっとした因縁でな。それより、あいつらとはよく試合するのか。相手はヤクザだろ。ヤクザは今おった広瀬一家の3人だけじゃ。あとのメンバーは仇じゃけ。それにな、南雲もあれで野球にだけは真面目じゃ。なんかあってもわしが守っちゃるけ。あんたもあのバカタレは気にせんでええど。野球に関しちゃ真面目なんじゃなかったのか。あの人全員デッドボールにする気みたい。カモン、どうした？はようかかってこんか。いいのこれ、乱闘じゃろが。なんじゃ腰抜けが。威勢が良かったんはガキンコロだけか。おい踊れ、それでも金玉ついとるか。松永の兄貴、次のバッター、あの桐生っておっさんす。ああ、じゃけど頭は何ムキになっとんじゃ。野球までむちゃくちゃしょったらあの人のええとこなんもなくなるで。さあ、どうでもいいですよ。今日は頭乱闘しねえと収まらないみたいだし、ならとっとと終わらせて帰りましょう。ほうじゃな。大丈夫？桐生さん。南雲が狙ってんのは俺だ。もう少し俺の打順が早けりゃ他の連中に痛い思いさせずに済んだかもな。え？
ようやく本命のお出ましじゃ。今日はよう指が滑りよるけ。わしも自分の弾がどこに向かうか責任が持てんのじゃ。悪気はないんで。顔面と真ん中にぶち込んだろ。見とれよ、腐れけどが。死ね確かに今日は指がよく滑るな。俺も自分のバットがどこに飛ぶか責任が持てねえ。ほうか。始めますか、松永の兄貴。おう。おいおい、まずいでこりゃ。お遊びはここまでじゃの。よっしゃ、喧嘩じゃ喧嘩。いい加減にしろ。すごい。マジか、あのおっさん。試合終了だ、南雲。踊れ。こんかまつたれが勝手に終わらすな。お疲れさん。後で合流するわ。悪かったな。せっかくのお楽しみを台無しにしちまって。いやあ、ええんじゃ。桐生さんのせいじゃないですけ。じゃけどあんた、腕っぷしじゃのう。ヤクザ相手に完封勝ちじゃ。南雲のバカタレにゃ薬になったじゃろ。そうそう。悪いのは南雲くん。野球にだけは真面目だったのに見損なった。もううちには出入り禁止にするかな。ああ、それがええわ、キヨちゃん。南雲にはもう一杯も酒飲ませたらいけんよ。ところでいいのくん、さっきの話だけど。おお、そうじゃ。桐生さん、さっき預かっとったこの写真じゃがの。うちのチームの連中はやっぱりこの子を見たことないっちゅうとる。そうか、わかった。手間は取らせたな。この後チームで打ち上げなんじゃ。桐生さんもキヨちゃんも一緒に来んか。いや、遠慮しとく。俺にはやることがあるんだな。この子の父親を探さなきゃならない。それなら私も遠慮してく。ほうか。じゃあアパートのことで何かあったら気軽に言うてくれや、桐生さん。もうあんたはわしらの仲間じゃ。キヨちゃんに手出さん限りはの。ああ、分かってる。ほいじゃ。はるかちゃんの手がかり見つからなかったですね。ああ、こうなると本当にはるかがこの町にいたのかも怪しくなってきたな。え？ここはそんなに広い町じゃない。その割にはるかの顔を知ってる人間にまだ一人も会えてね。あいつはこの町を素通りしただけでそんなに長い時間はいなかったのかもしれない。もしそうならハルトの父親がここで見つかるとは思えないな。桐生さん。アパートに帰るよ。服も着替えたい。あ、ならその後またうちのお店に来て。ん？一汗かいてお腹空いたでしょ。今日の埋め合わせにごちそうする。
そんな気使う必要はないぞ。いいからハルト君のお世話もしたいし。わかった。じゃあまた後で。いらっしゃい。どうぞ。ああ。なあ、ママ。はい。この店はいつも空いてるんだな。耳の痛いこと言うな。うちだけじゃないです。ここのスナック街はもう火が消えちゃってて、昔と違って若い人はみんなよその町のキャバクラとかに行っちゃうの。やっぱり今日の感情は払わせてもらうよ。ごちそうするって言ったんだから恥かかせないで。うちにだって常連さんはいるし、女一人ちゃんと食べていけてるんだから。この店はずっと一人でやってるのか？まあそうかな。それよりまずは乾杯ね。ああ。ねえ、大丈夫ですか？例のやつそろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。おう、表出や桐生。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら遊び相手なら他のやつを当たれ。お前と違って俺は忙しい。おう、南雲、探しとったで。いい飲みっぷりだぜ、ハルト。え？邪魔するで。なんなんです？わしは舛添組じゃ。南雲の面倒を見とりますがの。わしは組長の舛添いうもんですが。チーとママに話があるんじゃ。私に？おう、込み入った話ですけ。そちらのお客さんは外してもらえませんかの。帰れ言うとるんじゃ。あんたに指図される覚えはね。俺はただの客だ。気にしないで続けてくれ。ほう、じゃったら構わんが、後で吠え面かかんこっちゃ。キヨちゃん、すまん。なるほどのう。評判通りの美人ママじゃ。我がこの店でみかじめとらんのもうなずけるのう、南雲。じゃが広瀬一家からうちへの上納金が遅れとるんはどういうわけじゃ？舛添の親分。わしはの陽明連合会直系に名を連ねる舛添組を背負っとるんで、
踊れら四次団体のボンクラどもまでいちいち上納金催促せないかんのんか。踊れらがきっちりみかじめとらんき金が遅れとるんじゃろうが。上納金は今うちの親父が伏せってますけ。もうちいと待ってつかさい。じゃったらやることやれ言うとるんじゃ。みかじめなら払えます。ママ、いいの、よその人は構わないで。この町の問題なんだから。ええんじゃ、キヨちゃん。これは受け取れんよ。これ受け取ったらわしゃもう客としてこの店に来られんようになる。何しとるんじゃなぐも。踊れ、わしらに恥かかせるんか。おう、マス添の親分、わしらにはわしらのやり方がありますけ。この町の仕切りは広瀬一家に任せてつかさい。へえ、そこまで惚れとるっちゅうんか。ほうか。そんじゃったら我も腹くくっとるんじゃろうな。邪魔したのう。今度は客として飲みに寄らしてもらいますわ。ほんますまんな、キヨちゃん。南雲、はよ来いや。我はこれから音を見せるんじゃろうが。ごめんね、ハルト君。怖かったね。少し外の空気を吸ってくる。え？すぐに戻る。お、桐生さん。飯野さんか。南雲を見なかったか。見たで。そのことじゃ。さっき南雲がヤクザどもに引きずられちょっての。わしも今広瀬一家に助け呼びに行くとこなんじゃ。ほんまバカたれ。弱いのにヤクザなんとなるけこがなことになるんじゃ。どの辺で見た？どこへ向かってた？丘の上に向かっとるようじゃった。あ、じゃけど桐生さんはいかんで。南雲のことは広瀬一家に任せるんじゃ。ええの？そこまで待ってる余裕はね。いくらあんたが強い言うてもこれ以上ヤクザに首突っ込んだらいけん。相手は南雲より格上の極道じゃ。しかも 4、5人はおったんで。分かってる。それより丘の上ってのは？ロープウェイで登った先じゃ。おいじゃが夜はもう動いとらんけ。この時間じゃったら歩いて山道を上がっていくしかないで。ってことはつまり山の上を目指せばいいってことか。わしはとにかく助けを呼んでみるけ。悪いことは言わん。あんたここで待っとけな。知っとるか、踊れの今の格好のジェット式言うんじゃ。昔中国で裏切り者に取らせとったポーズじゃけ。踊れにようお似合いじゃ。おら！マス添の親分。南雲！なんならお前、さっきスナックにおったやつじゃの。清
桐生。わざわざ小川な場所までわしら追うてきたんか。我なぐものなんじゃ。おう。俺はそいつの喧嘩仲間だよ。喧嘩仲間。引っ込んどれや、桐生。国道の世界に首突っ込むな、バカだれ。極道だろうがなんだろうが、こっちは赤ん坊を流されてるんでな。お前らには一言詫び入れてもらわねえとこっちが収まらねえ。酔っとるんか、おっさん。わしらに喧嘩売っとるんじゃったら買うてやってもええがの。命の保証はせんど。喧嘩を売ってんじゃねえ。お前らが詫びを入れりゃ許してやると言ってるだけだ。何のつもりじゃ、キリ。まっすぐ組相手にそがな真似してただじゃ済まんど。お前が俺の心配をするのか。バカだれ。誰が我のことなんか。じゃがの我が殺されたりしたらのキヨちゃんが泣きよるんじゃ。やっぱりお前はいい男だ。おお、ええ加減にせんか。いつまで二人でやっとるんじゃ。おもろいおっさんじゃけ。命までは勘弁しちゃる。お前らも適当に相手したれ。ちーと痛い目見りゃ酔いも覚めるじゃろ。一応言うておきますがの、あんならちーとただの仇とは違いますけどね。行くぞ。ほんまにやりよった。ほいじゃが相手は舛添組の極道が5人もおったんで。わりゃなんちゅう男じゃ。立てるか、南雲。桐生さんよ、あんたはなんでわしなんかを助けたんじゃ。男ってのは惚れた女の前じゃカッコつけたいもんだよな。男なら誰だってそうだ。その女の前では絶対に弱さは見せられねえ。強い自分であり続けたいと願う。だがそのために命まで張れる男はそうはいない。さっきお前は絶対に逆らえないはずの者に対してさえ男の覚悟を曲げずに貫いた。そんな男黙って見殺しにできるわけがねえ。俺があんたを助けた理由はそれだけだ。負けじゃ。完全にわしの負けじゃ。あんたにじゃったらキヨちゃん取られてもわしは納得するわ。潔よ身を引けるわい。安心しろ。俺と彼女はそんな仲じゃねえ。じゃけどあんたみたいな男がそばにおったらどうせキヨちゃんはもうわしに惚れてくれんじゃろ。
そういうことですけ。わしゃ決めたわ。決めた？桐生の兄貴、どうかこれからわしに兄貴と呼ばせてください。いや、おいちょっと待て。待たんです。わしは兄貴についていきますけ。どうかよろしく頼みます。おい話せ。いいえ、話さんですね。桐生の兄貴、わしらこれから兄弟ですけ。杯しましょう。あ、いや、なんなら杯はええです。ただ兄貴と呼ばせてもらえりゃそれでええですけ。頼みます、兄貴。兄貴、頼みます。わしゃ兄貴に惚れたんじゃ。もう清ちゃんには思いの届かんわしですけ。兄貴、わしの身にもなってつかさいや。勝手にしろ。兄貴。さあ、どうぞ兄貴。ちょっと頭、そいつ。バカだれ。そいつとはなんじゃ。わしの兄貴じゃ。これからは桐生の兄貴と呼べや。は？兄貴、ここがわしら広瀬一家の事務所ですけ。遠慮のをやってつかさい。頭、舛添の親分にさらわれたとか飯野さんに聞いたんすけど。何ボケっとしとるんじゃ、言うた。はよ酒でも出せや。はい。お、なんじゃ。おやっさん来とるんか。暇だからって。グッドタイミングじゃ。兄貴、うちの親父紹介しますけ。奥へどうぞ。おい南雲、杯受けろなんて言わねえだろうな。挨拶だけだぞ。分かってますって。ま、どうぞ。おやさん、失礼します。おう。また病院抜けてきたんですか。ええんですかいの。大丈夫だよ。医者もグルなんだから。俺ね、車で事故ったっつって保険金もらって入院してんの。本当は全然悪くないんだけどさ、寝てるだけで金入ってくんで。兄貴、わしらの親父で広瀬ですわ。昔陽明連合会と近江連合で勝ち合うた時は最前線で爆弾投げてたっちゅう人ですけ。のおやさん。もう昔の話だから。おい、南雲、もっと言えよバカ野郎。あ、いや、まあその前に客人をご紹介させてください。こちら東京からいらしてる桐生さんです。今後しばらくこの事務所にも出入りしますんで、お見知りおきください。さあ、兄貴。桐生一馬です。お初にお目にかかります。まあうちもヤクザだけどよくやってるところだから、東京の極道から見たらあれだろうけど。いえ、俺は仇で。あれ？あ、そう。いや、俺はてっきりなあ、
いや、こちらの兄貴は極道顔負けの器量ですけん。おやっさんがそうおっしゃるのも無理ないですわ。お、そうだ、南雲。お前上納金どうした？もううち金ないよな。上の筋から何か言ってきてないの？まあそっちはわしの方でうまくやっておりますけ。おやっさんは気になさらんで使わせ。あ、そう。ならいいんだけどさ。おい、ユウタ、頭おるか。頭。ちょっと見てきますけ。兄貴も。ああ。なんなら客人の前でみっともないじゃろうが。お、どうしたんじゃ高城ら。鼻血でとるで。松永の兄貴が店の客に袋叩きに会うとるけ。はよ助けに行かにゃ。あ？何があったんじゃ。飯がまずいとか、女がブスで料金が高いだのグダグダ因縁つけてきよってからに。なんじゃ、全部ほんまのことじゃろうが。じゃけど今日は松永の兄貴頭に血のぼらして客を殴ってしもうたんですわ。なんでそがなことするんじゃ。店のもんが客殴ってどうするんじゃ。あれです、頭。今日俺らそこの桐生さん一人にボコられたじゃないですか。それが町の噂になってるらしくて。で、松永の兄貴組やおやっさんのことまでバカにされて切れたそうなんです。ほっとけほっとけ。そんなんで客殴っとったら商売にならんじゃろうが。悪いのは松永じゃ。殴らせとけ。いけんですって。相手は荒っぽいのが10人はおって、もう誰も止められんのんです。頭、早く行って松永の兄貴を助けねえと。ええからほっとけ。おう、それより高橋、こちらはわしの兄貴で桐生さんじゃ。お前もよう顔を覚えとけ。もうええわ。わしらだけで行きますけん。ユウタ、行くぞ。わかった。たく、すんません兄貴。あいつら礼儀っちゅうもんを知らんけ。本当にほっといていいのか。さっきの若いのドスを持ってったぞ。いや、ええんですわ。ほれ、兄貴覚えてます？野球の時ユウタともう一人おった松永って。確かにお前を入れて3人いたな。その松永に任せとるモレのいう店があるんですがの。客のクレームでよう揉めよるんですわ。言うたらうちの日常業務っちゅうわけで。モレノって店は近くなのか？え、まあスナック街からアーケードに抜ける手前ですがの。姉ちゃん、あんたほんまにブサイクじゃの。やめてって。じゃけど父はなかなかのもんじゃ。どう？うちはそんなんじゃ。ほれ、脱げやの。今撃、客に向かってよう手出したもんじゃの。おお、踊らみたいなチンピラ、なんもでも海に沈めじゃる。うっせえ、お前らいい加減にしろや。そん口の利き方はなんだ。おう、なんじゃい。この店は今取り込み中じゃけ帰れ。回れ右じゃ。おおお、なんじゃ悪い。お前らと同じこの店の客だ。はあ？俺もせっかく楽しもうと思ってきたんだ。もう少し行儀よくしてもらえねえか。おっさん、よそもんじゃろ。なあも知らんのに格好つけてからに。
わしらの行儀がなんじゃい。またあのおっさん。あれ、さっき頭が兄貴とか言うとった。おう、このおっさんがわしらに行儀を教えてくれるらしいで。ほいじゃが、その前にこの町の流儀を教えちゃろうかいの。離れてろ。もう大丈夫だ。よっしゃ、やったれ。なんじゃあの人は。いやー、さすが桐生の兄貴じゃ。お見事、大統領じゃ。ずいぶんのんびり来やがったな、南雲。わしが仇の客殴るわけにはいかんですけ。堪忍して使うさい。おう松永、お前大丈夫か。いや、心配したんで。よかったの。荒くれどもは桐生の兄貴が追っ払ってくれたんじゃ。よう礼を言うとけ。桐生、踊れ、野球の時の。ああ、もうええ松永。こん人はわしの兄貴になったんじゃ。組の事務所にも出入りするけ。お前らもこれからはそのつもりでいろやな。何言うとるんですか頭。そがーな話ないでしょ。勝手に何やっとるんですか。バカだれ。昨日の敵は今日の兄貴じゃ。機嫌ようせえ。それともわしの言うことが危険ちゅうんか。おいじゃったらわしらの立場はどうなるんの。昼間頭がこいつに喧嘩ふっかけたのに付き合わされたんで。それを組の頭にコロコロ態度変えられちゃわしらついていけんでしょうが。この恩知らずが。誰が今お前を助けてくれたと思うとるんじゃ。桐生の兄貴がおらんかったら踊れらどがな目に遭うとったかわからんで。お、ここはわしの店ですけ。余計な口挟まんで使うさ。なんがわしの店じゃ。わしが踊れに任せてやっとるだけじゃろうが。それにの、さっきの客の中に造船所のもんもおったろ。あいつらに手出すのはご法度じゃ言うとろうが。連中がその気になったらわしらの組あっちゅう間に潰されると。あ？それでおやっさんに顔向けできるんか。頭。あ？ちょっと兄貴、どこ行かれるんで。紹介がまだ済んでおりませんが。スナック清美に子供を預けたきりなんでな。悪いがもう行かせてもらう。ああ、じゃったらまた明日事務所に顔を出してつかさい。いつまでも待っとりますけ。兄貴の都合のええ時に。ああ、そうだな。兄貴、お疲れした。どうか気ぃつけて。情けねえな。まったくじゃ。桐生さん、大丈夫だったの？南雲くんは？あいつも大丈夫だ。遅くなって心配かけた。それならいいんだけど、もう帰ってこないんじゃないかって。悪かった。あれから何があったの？え、それじゃ桐生さん、広瀬一家の組員に？なんでそういう話になるんだ？違う、そうじゃない。ただ組の食客に招かれたってだけだ。組に入ったわけじゃない。正直違いがよくわからないけど、でもとにかく
南雲くんとは仲良くなったのね。よかったとは思うけど、あの人あんなに桐生さんのことを目の敵にしてたのに。そうだな。明日また広瀬一家の事務所に顔を出すつもりだ。今日はいろいろあって連中に遥や春人の父親のことを聞けなかった。ああ、じゃあそれを聞くために広瀬一家へ？そういうつもりじゃなかったんだが、まあ成り行きでな。それじゃあまた来る。ええ、いつでも。兄貴、ご苦労様です。お疲れ様です。うっす。どうも。なんじゃ踊れら、ふぬけた挨拶しよって。それより前から気になってたんですけど、その赤ん坊は？言っとくが俺の子じゃない。それに孫でもない。じゃったらどこぞからさらってきた？なわけあるかボケ。お前は兄貴をなんじゃ思うとるんじゃ。いや、それについちゃ違うとも言い切れねえか。は？この子は春人ってんだが、父親を探してる。俺がこの町に来たのはそのためだ。どういうことっすか？もうその前にどうぞ兄貴、おかけになってつかさい。春人の母親だ。撮影されたのはこのスナック街だったらしい。この人が知ってるか？頭、俺にも。いや、思っとったよりえらい若いけ面食らってしもたわい。まだ女子高生くらいじゃろ？のそうじゃろ？本当に。ほいじゃが、わしら見たことないですわ。こんな美人近くにおったら忘れるはずないですけん。名前は沢村遥。芸能界に入ってしばらくテレビにも出ていた。ああ、道理で可愛いと思いましたよ。それでも見たことはないか？そうだ、俺ちょっとおやっさんに用事頼まれてて。すいません、これで失礼します。なんじゃい、おやっさんの用事って。いや、なんだったっけ、歩きながら思い出しますんで。松永の兄貴、わしらもモレノの後片付けせないかんですけ。そろそろ。おう、そうじゃのう。いや、すいません、わしらはもう行きますわ。松永の兄貴、行きましょう。いや、なんちゅうか、うちは小さい組ですき、みんな忙しゅうて。そうみてえだな。今日は親分いねえのか？おやさん、どうですかの？あん人はいつの間にか裏口で出入りしてますけ。わしちょっと見てきますか？いや、いいさ。だがいるなら帰る前に挨拶しとこうと思ってな。ほうですか。
東京の客人かい？ええ、お邪魔してます。入んなよ。なんだそりゃ。おい、ハルト。あ、いいよいいよ。それよりどう？うちの方でなんか不自由させないかい？おかげさまで大丈夫です。あ、そう。南雲にあんたのなるそめ聞いたけどさ、えらく世話かけたみたいだね。それでかどうか昨日あんたにやられた例の松添組、あんたのことは調べ回ってるってよ。そうですか。でも俺は堅気の人間です。こちらにご迷惑はかけないようにします。南雲はその迷惑をかぶるつもりであんたを食客に招いてんだ。あれで一応その辺は腹くくってんだろう。じじいの膝の上が気に入ったか？すみません。ほら、パパんとこ帰んな。それじゃあ俺はこれで。もう行くのか？また顔見せに来てよ。俺ずっと入院してて暇すぎて抜けてきてんだ。保険金生活も楽じゃないんだよ。また寄らせていただきます。失礼します、親分。あ、桐生さん、ちょっと。うちの店の近くに昨べの舛添って組の人たちがうろついてる。桐生さんのことを探してるみたい。わざわざ知らせに来てくれたのか？当たり前でしょ。赤ん坊連れてる時に絡んでこられたら大変よ。確かにな。ここで立ち話してると見つかるかもしれないから。さあこっち。坂の途中に龍南神社って静かなところがあるから、とりあえずそこへ。少し休憩。でも桐生さん、こんなことになって春人君のパパを見つける前に舛添組に捕まったら。まったくな。最初に南雲たちと関わったのが運の尽きだ。だが連中と話して分かったこともある。遥はやっぱりこの町にいたみたいだ。え？どういうこと？広瀬一家の連中は遥のことを知っている。少なくとも写真を見せた時、顔は見たことがあるって反応だった。ただそのことを俺に言えない事情があるらしいな。遥ちゃんって芸能人だったんですよね。だからみんな顔を知ってたんじゃ。いや、それだけのことなら俺に遥のことを隠す理由がない。広瀬一家の連中はこの町で遥と何か関わってたと考えるのが自然だ。俺も人のことは言えねえが、あいつらも相当不器用らしい。遥のことを隠そうとしているのがはっきり顔に出ていた。それでも俺は不思議と悪い気がしねえし、
無理に聞き出そうとも思わねえ。連中が言い出すまで待つつもりだ。それでいいんですか、桐生さんは。俺はあいつらが嫌いじゃない。え？これからモレノに顔を出してみる。モレノって広瀬一家の？ああ、松永って男がやってる。今一家の連中が何人かいるはずだ。それで悪いんだが、またハルトのこと少し預かっててもらえねえか。スナック街で舛添組に絡まれると厄介なんでな。そんなことなら遠慮なく言って。ハルト君ならいつでも大歓迎。夜になったらアパートに連れて帰ってあげる。すまないな。うん。じゃあまた後で。あ、桐生の兄貴。昨日は助けていただいてほんまにありがとうございました。うち桐生さんのファンになってしもうたけん。ああ、そうか。お前はええんじゃ向こう行っとけや。なんよもう。松永の兄貴も客呼びたかったらもっとええ女子入れりゃええんですけどね。あの人物騒なんですわ。たった一人のホステスがあれじゃ客も寄りつかんです。その松永は奥におります。どうぞ。ヤマトじゃ。世界でも史上最大の戦艦。こいつは広島の地で生まれた日本の宝じゃ。もうすぐ完成か。あんたそういうのが好きなんだな。造船の町に生まれたんじゃ。この町の男なら大なり小なり船に興味あるもんじゃけ。ゆうべはあんたの店で暴れて悪かったな、松永。わしらを助けるためでしょう。謝られる筋はないですけ。気にせんでください。じゃけどあんまり慣れ慣れしゅうされるのは迷惑ですけ。わしは南雲の頭見とうにコロコロ態度は変えれん。そうか。松永の兄貴。あ？なんじゃ言うた？どうかしたんか？昨べここで暴れてた客、造船所のやつら。おう、それがなんじゃ？あいつらがいきなり陽明連合会本家まで行って文句つけたらしいんです。それで今本家の若頭がうちの事務所に来てけじめつけろって。本家の若頭？ほいたら小清水さんか？それに例の昨べ南雲の頭をボコった舛添も腰巾着みてえについてきてます。取り巻き合わせると20人くらい。20人？うちの事務所にか？ええ。それで南雲の頭が松永の兄貴を呼んでこいって。なるほどの。これはわしが縁故でも飛ばさんと収まらんの。なんで松永の兄貴が？だって昨べ客を殴ったんは。バカだれ。ここは広瀬一家の仕切る店じゃと。客同士の喧嘩じゃ言うてもそのケツはわしが持つ。桐生さんを責めるのは筋が違うとる。ほいでも桐生さんはよそから来た人ですけ。桐生さんに頭下げてもらえば。そがみっともないまでできるか？あ？わしは弱小ヤクザじゃ言うて広瀬一家の看板安するような男じゃないで。待ってくれ。その前に一つ聞きて。
なんで酔っ払いのイチャモンで本家の頭なんて大げさなもんが出てくるんだ。よそもんには分かんねえ事情があるんです。ここは石見造船の城下町ですから。石見造船。昨べの酔っ払いにそこの造船所のもんもおったんです。石見言うたら世界でも指折りっちゅう造船会社ですけ。特にこの辺じゃ病院から学校から何でも持っとる。広島の人間はどんな形にしろ必ず石見に関わっとります。石見に弓を引いたらまず広島で生きていくことはできゃせんのです。陽明連合会もその例外じゃねえってことか。ええんじゃ。桐生さんには関係ないですけ。知らん顔しとったらええですよ。ほいじゃ。松永一人でカッコつけんな。俺も行く。雄太、田頭、お前ら桐生さんの店から出さんようにしとけや。でも兄貴分の命令じゃ。二度は言わんぞ。松永の兄貴の言いつけですけ。桐生さん、ここでおとなしゅうしとってくださいや。これ以上余計なことに首突っ込まないでくださいよ、桐生さん。やっぱりあんたは兄貴とは呼べねえよ。俺らは南雲の頭とは違う。おめえらの言いたいことはわかる。だがそこをどけ。松永の兄貴に恥かかせる気かよ。昨べの喧嘩は俺がやったことだ。お前らの方こそ出る幕じゃねえ。ただ殴られてただけのチンピラ下がってろ。なんじゃとはこの野郎。どけ。急がねえと松永が手遅れになるぞ。ここでどけるかよ、クソ親父。悪く思うなよ。待てよ、待ってくれ。あんた一人で今度の始末どうつけるんだよ。松永の兄貴の代わりに指でも詰めんのか。陽明連合会に一言言うだけだ。文句があるなら直接俺に言えとな。そんなんで収まるかよ。相手は広島全体の極道90点だ。喧嘩売っていい相手じゃねえ。それが分かってんのか。わしら会うたばっかりじゃろうが。それをあんたは松永の兄貴のために命まで張る言うんか。なんでそこまでするんじゃ。お前ら遥かのことで俺に隠していることがあるよな。何を急に。ここで恩を売っときゃお前らも口が軽くなると思ってな。こっちも計算づくで動いてるんだ。ただ働きしよってんじゃない。よく言うよ。あんただったら俺らから力ずくで聞き出すことだってできんだろう。なるほどな。その手には気づかなかった。気づかんかったって。本当によ。何なんだあの人は。やっと出てきよった。探しとったんで。桐生。舛添か。ゆうべの借りを返すどこら。じゃが我何者なんじゃ。こん町に何しに来たんじゃ。俺が用があんのはあんたじゃねえ。陽明連合会本家の若頭ってのが出張ってきてるはずだ。道を開けろ。周りの状況がよう見えとらんようじゃの。
踊れはここまでじゃ。最後に生かすか殺すかは踊れの態度を見てわしが決めちゃる。その言葉そっくり返してやる。死にたくねえやつは道を開けろ。今ならまだ許してやってもいい。キザなおっさんじゃのう。大口叩きよってからに後で恥かくだけじゃ。時間切れだ。行くぞ！ありゃ桐生の兄貴。なんじゃこりゃ、殺せや、やってみや。わしは松戸組の看板上げとるんじゃ。嫁連合会の直系じゃ。わしをやったら広島中の国土を敵に回すっちゅうこっちゃ。おえやろの松添。陽明連合会が踊れなんぞのために動くか。そこまでの器量か。バカだれ。桐生っちゅうのはあんたじゃの。あんたは陽明連合会本家若頭小清水組組長の小清水ってもんじゃ。要は広島のナンバー2ってことでいいのか。これ桐生さんがやったんか。全部たった一人で。マジか。あんたは自分じゃ正体を隠しとるつもりらしいがの。わしにはあんたの背中の竜が透けて見えますわ。の踊れも桐生さんの正体を知っとったの。南雲。何？この辺りは広島でも偏僻な町じゃ。造船以外はわしらのしのぎにならん。じゃけどあんたがおるんじゃったらこの町もちいとは面白うなるの。どういう意味です？その男がなんじゃ言うなら。広瀬一家の始末はもうついとるんで、今挨拶だけさせてもらいますわ。桐生一馬さん。いや小清水の頭何を言うとるんかの。兄貴の正体って。松永。桐生さん、なんで来よったんですか。わしはモレノから出んように言うたはずじゃ。それをあんた勝手なことしよって、これで全部丸く済んだ思うてるんですか。あんたは本家の頭に目つけられたんじゃ。もう何が起きてもおかしゅないんで、わしの指で済ますときゃよかったんじゃ。あんたは何も分かっとらん。松永。あ？全部承知の上だ。このバカたるや。踊れ。桐生の兄貴に噛みついとる暇があったら頭下げんか。兄貴のおかげで指詰めんで済んだんじゃろうが。あ？松永の兄貴指詰めんで済んだんすか。ようそれで勘弁してもらいましたね。あ、でも顔ひでっすよ。どんだけ殴られたんすか。ちきしょう、これが本家からの制裁っちゅうわけですか。
バカタレ。松永の顔はわしが殴ったんじゃ。え？はあ？頭が何ですかいのそりゃ。腰水の手前、こうでもせんと指だなんだと言うじゃろうが。そうなる前に松永のためを思って殴ったんじゃ。のう松永。まあいや、安心してください桐生の兄貴。松永は見た目ほど痛くないように殴りましたけ。なんじゃとこな。よう言うわ。なんも加減しとらんじゃろうが。何発も何発もビったれが。なんじゃその態度は。この恩知らずが。このおやさん？え？ここにおったんですか？もういたよ、ずっと。喧嘩を済んだんだろ？ええ。東上会の4代目。東上会言うたら東京のあの東上会で。ああ、そうじゃ。確かあれじゃ。堂島の竜。実話時代に乗っとった。なんじゃお前ら。なんで驚かんのじゃ。おい、そんなにすごい人なのか？いや、そりゃぶちえげつなですわ。って何寝ぼけたこと言うとるんですか。すごいに決まっとる。桐生の兄貴、なんで黙っとったんですか。はよ言うてくれりゃよかったのに。足を洗ってからもう何年にもなる。今は仇だ。だがこれでもう隠し事はね。俺の方にはな。桐生さんの方には。俺らの方にはまだ桐生さんに隠してることがあるって、そういう意味っすよ。なんだよ隠し事って。おい南雲、俺にだけ教えろよ。え？ああ、さあ。いいさ。今夜はもう帰る。そろそろハルトを迎えに行ってやらねえとな。おい南雲、なんだよ隠し事。桐生さん。ああ、遅くなった。待たしちまったか。少しだけ。春人くんはもう寝ちゃった。さっきまでご機嫌で過ごしてたけど。そうか。よかったら部屋に上がってくか。もう遅いし。それより大丈夫なの？舛添組は。ああ、とりあえずはな。ならよかったけど。さあ春人くん。いつまでもハルトのことでママに世話かけるわけにはいかねえな。広瀬一家の人たち、遥ちゃんのことをなんて言ってる？いや、まだ聞けてないんだ。あいつらから口を開くまでもう少し待ってやりたいと思っている。どうかしたか？なんでもない。じゃあまた。ああ、ありがとな。
兄貴、南雲ですが。南雲？さっきキヨちゃんにこの部屋のことを聞きまして、兄貴のお耳に入れときたいことがあるんじゃが。ハルトが寝てるんだ。表で聞く。構わねえか？ええ。もうお察しのこととは思いますが、話っちゅうんははるかさんのことじゃ。わしらは組の者全員みんなはるかさんを知っとります。ほんで事務所であの子の写真を見せてもろうた時、わしら兄貴の正体にも気づいたんじゃ。桐生の兄貴がはるかさんにゆかりのある東上界の4代目桐生一馬じゃったと。松永だけは気ぃつかんかったようですがの。まったくあいつのアンニムさにはなんや救われますわ。ああ。そこからのご無礼はどうか許してつかわさい。あとそれでも兄貴にはるかさんのことを言わんかったのは、はるかさんに許しをもらっとらんからです。続けてくれ。はるかさんがこの町に来たんは3年ぐらい前じゃった。その時あの子は自分のことをほとんど喋らんかった。いつも周りを気にして、はっきり言うたらここへ逃げ込んできたっちゅうようにしか見えんかった。よそ者が来ればすぐに目立つ田舎じゃ。しかもあんな可愛い子ですけ、あっちゅう間に人気者になった。はるかさんの前じゃうちの組の者も造船所の連中に漁師、誰もがみんなおとなしゅうしとった。あの子はこの町におらんといけん存在になっとったんじゃ。だから誰もあの子が芸能界におったっちゅうことはあえて口に出さんかった。やっぱり気づいていたんだな。テレビを見とりゃ嫌でもわかりますわ。はるかさんがその騒ぎから人目を忍んどるっちゅうことも。わしらはあの子のことを守ってやりたかったんじゃ。じゃけ余計なことは口にせんようにしとった。兄貴がはるかさんのことを調べとるって分かった時、多分この町の人間ならみんな同じように考えたはずじゃ。多分あんたらがそういう連中だったからはるかもこの町にいることができたんだ。南雲ならハルトの父親もこの町にいるのか？それはわしらにもわからんのです。はるかさんはみんなに好かれとったけん、誰かと好きを取るっちゅう話は聞いとらん。それに坊ちゃんが1歳くらいと考えると、ちょうど妊娠した頃、はるかさんはこの町からも姿を消してしもうたんで。何？今から1年半くらい前ですわ。その頃からあの子のことを見たっちゅう話は聞かん。じゃけえわしらハルト君を見てもいまだにはるかさんのことは信じれんちゅうんがほんまのところですわ。わしやうちの組のもんが知っとるのはこれだけよ。じゃけど
わしらよりはるかさんのことをよう知っちょる人がおる。誰だ？はるかさんはこん町に住んどった間ずっとある店で働いとった。兄貴もよう知っとる店じゃ。スナック清美。こん町で誰よりはるかさんを知っとるんはあのキヨちゃんなんじゃ。バカだね。でかい声出すなや。坊ちゃんが怖がるじゃろうが。だってさっきおむつ変えたばっかりなのにもううんこしてるんですよ。元気な証拠じゃ。ええからまた変えたらんかい。おービルビルバーなんでじゃ。頭がそばにおったら泣き止むもんも泣き止まんでしょうが。それはどういう意味じゃわれ。ああもううるせえな。邪魔だからどっか行っててくださいよ。踊れ。頭に向かってその口の利き方は何なら死後するで。なんじゃ少し慣れてきよったじゃないの。こんだけしょっちゅうやらされてたらもうはいはい終わり。よーしちくしょうなんで泣くんだよ。すまねえなユータ。ほう、やっぱり兄貴んところが一番落ち着くんかの。どうだかな。本当はこいつも母親の腕に抱かれたがっているはずだ。あ、その兄貴、はるかさんのことじゃが。ああ、実はゆうべお前から話を聞いた後すぐにスナック清美に行ったんだ。キヨちゃんなんて言うとりました？それがあいにく不在でな、会えなかった。なんじゃ、そうだったんですかい。その代わり書き置きがしてあった。なんて書いてあったんです？俺と二人で話したいってことだった。今日の夕方ロープウェイを登った先で待ち合わせだ。ほうですか。わしらと同じでキヨちゃんもこれ以上は隠しきれないと思うとったみたいじゃけえの。何自分はうまくやってたみたいに言ってんすか。頭の場合最初からバレバレだったじゃないですか。バカたれ、そがなことないわい。現に兄貴だって昨夜までは全然気づいたらせんかったじゃろうが。いや、割と最初から分かっていたぜ。お前はすぐに顔に出るからな。腹ん中が読めねって意味じゃハルトの方が役者は上だな。そんな、ちょっと待ってつかさいよ兄貴。
桐生さん、こんなとこまで呼び出しちゃってごめんなさい。いや、いいんだ。南雲くんから聞いたでしょ、はるかちゃんが私の店で働いてたってこと。ああ、はるかについてあんたが知ってることを話してくれないか。私が初めてはるかちゃんに会ったのは3年前、港だった。彼女とても悲しそうな顔で海を見つめてて、今思えば大げさだけど、もし飛び降りでもしたらと思って声をかけた。どこから来たのって。話してすぐ彼女にはどこへも行くあてがないって分かった。こんな田舎に家出してきた女の子がたった一人。私もそのままバイバイっていうわけにはいかなくて、宿も決めてないって言うし、思い切ってうちに誘ったの。一晩泊めてみて、何か訳ありだったみたいだけど、やっぱり全然悪い子じゃなかった。それで私、彼女にしばらくうちの店で働かないかって聞いたの。正直私一人で間に合う小さなお店だけど、どうにもほっとけなくてね。その日からはるかちゃんはうちで働くことになった。芸能人だったなんて気取りも全然なくて、本当にいい子で。あいつの素性にもすぐ気がついたってわけか。ええ。でも店に来る町の人たちもみんな気づかないふりしてくれてた。そうしてるうちにはるかちゃんも日に日に笑顔が増えていってね。でもあの日だけは違った。泣いてたんだと思う。私を見るとすぐ無理に笑顔作ってたけど、その時もっと詳しく話を聞くべきだった。彼女がこの町から姿を消したのはその翌日だったから。多分はるかはその頃自分の妊娠を知った。それが理由でこの町を離れようと。ええ、私もそう思う。それでハルトの父親は誰なんだ？ごめんなさい、それは私も知らないの。お店にいた時も誰かと付き合っているような素振り見せなかったから。そうか。でも心当たりはあるの。確証はないけど多分。本当か？一体誰なんだ？それは。おーい、まさかと思いましたが、やっぱり桐生さんでしたか。染谷、お前どうしてここに？そりゃこっちのセリフだって言いたいところですが、いやね、そこの迎賓館に泊まってるんですよ。初めて来たんですが、坂ばっかりで疲れますね、田舎は。そういう意味じゃねえ。どうして登場界の人間が広島にいるのかって聞いてんだ。怖いなあ。そんないきなり喧嘩腰になられても困るんですがね。いわゆる杯交渉ですよ。俺と陽明連合会本家若頭小清水さんとのね。何？おっしゃりたいことはわかります。格が合わないってんでしょ。確かにただの直系組長でしかない俺と広島のナンバー2とでは釣り合いが取れない。本来なら堂島会長が
陽明連合会のクルス会長と直接杯を交わすとこなんですが、あいにく6代目は札に捕まっちまってる。ならなんでお前が出てくる？俺はね、4代目、今菅井会長代行から東上会の跡目候補と見られているんですよ。お前が東上会の跡目だと？小清水も陽明連合会の跡目です。そういう意味じゃ俺と小清水が五分で杯交わす理屈にはなる。お気に召さないようですね。なんなら4代目が復帰して代わりに杯交わしますか？俺は別に構いませんよ。どうも俺たち2人には何か縁があるようですし。縁？こんなとこでばったり会うってのもそうですが、あんたが一緒に連れているのは俺の前の女だ。久しぶりだな、清美。戻ってきてたんだな、国に。お前が消えた後、随分探したりもしたんだが、まあこうして無事が確認できてよかったよ。おっと、そろそろ宿に戻らねえと。それじゃあ4代目、失礼します。あいつと何かあったみたいだな。あんたの過去まで詮索する気はない。俺は遥のことが聞ければそれでいい。だがどうやら日を改めた方が良さそうだ。ごめんなさい。いや、いいんだ。ありがとう、桐生さん。なんじゃそりゃ。一体誰ならその染谷いう男は。清美ママ言うたら東京に行っとったんじゃろ。言葉もすっかり東京弁じゃし、そん時月をちょった男じゃないんかの。ひょっとして昔の旦那とか。踊り、清ちゃんがバツイチ言うんか。そんなわけあるかい。なんか根拠でもあるんすか？当たり前じゃい。清美言うたら踊れ、清純な美女いう意味じゃけんの。清純な美女だって結婚くらいしますよ。それよりバツイチだといろいろ納得いくじゃないですか。いい年した女性が故郷に一人戻ってきてスナックやってる理由。違う。ただ清ちゃんみたいな綺麗な子には東京みたいな汚れた都会の空気が合わんかっただけじゃ。そういえば赤ん坊の面倒を見るのもうまかったの。ねえ、桐生の兄貴。え？ああ、確かに上手だな。ひょっとして子供もいるんじゃないですか？バカだれ。ええ女っちゅんは赤ん坊がおらんでも赤ん坊の世話もうまいもんなんじゃ。踊れら、あんましかばち垂れよるとぶち殺すぞ。まだそうと決まったわけじゃねえだろうが。あまり外野が騒ぐんじゃねえよ。兄貴、そらそうじゃけど落ち着けんわい。相手が極道じゃ言うならなおさらですわ。大変じゃ。いいのじゃねえか。なんなら清ちゃんがさらわれた。それは一体どういうことじゃ。さっき清ちゃんとスナックにおったらいきなりヤクザが来よって清ちゃんを車に乗せよったんじゃ。じゃけわしが止めに入ったんじゃが、めたくそに殴ってきよってからに。ほしたら清ちゃん心配せんでええから言うて、ほいでおめおめと逃げてきよったんか。この根性なしが。踊れの腕の一本や二本折られてても清ちゃんを守ったらんかい。頭、いかんて怪我人ですけ。
ヤクザってのは陽明連合会か？いや、多分東京もんじゃ若い男じゃった。染谷か？やっぱり清美ママとなんか関係あるんすかね？待て、南雲、どこに行くつもりだ？決まっとる。清ちゃん助けに行くんじゃ。その染谷いう男は山の上の迎賓館に泊まっとるんでしょう。登場会をなめるな。お前が言ってどうにかなる相手じゃない。止めんといて使うざい。こればっかりは兄貴の命令でも聞けませんけ。そうじゃ。頭だけじゃのうてわしらみんな命張る覚悟あります。清美さんはわしらにとっても大事なお人じゃ。おうよ、東京もんに舐めた真似されて黙っちょれんわい。染谷は陽明連合会の本家の客人だぞ。そこにお前らが乗り込んでいったら縁故詰めさせられる程度じゃ済まない。最悪広瀬一家は取り潰しだ。親分にも迷惑がかかる。じゃったらわしは破門してもらいます。それじゃったらもう広瀬一家とも関係ないですけど。惚れた女一人守れんでなんか極道じゃ。まったく呆れるくらいバカな奴らだな。なんとでも言うて使わさんや。ほいでもわしらはいかんといけんのんじゃ。ああ、バカとは言ったが嫌いとは言っていない。え？陽明連合会傘下の広瀬一家が動けば問題になる。だったら組に関係ない俺が行けばいい。違うか？いや、兄貴が無事強いのは分かっちゃいます。じゃけどなんぼなんでもたった一人で行くんは無謀すぎるで。おいおい、さっきから何ごちゃごちゃ話してんだよ。おやさんおったんですか？要はさ、おめえらが広瀬一家の人間だってバレなきゃいいんだろ。そらそうですがの。だったら絶対にバレねえ。いい手がある。これ覆面？なんか泥棒みたいだな。おやっさん、なんで小川なもん持ってるの？昔はこれかぶってムカつくやつを殴ってたもんだ。本家のやつとかバンバンな。全然バレなかったよ。ほいじゃけどそがなことする人おやっさんの他に何人もおらんでしょうが。ほとんどバレとったんじゃ。ほいじゃこれ兄貴の分です。はあ？いや、俺は必要ないだろうが。何言ってんすか。桐生の兄貴が広瀬一家に出入りしてることは陽明連合会にも知れてんすから。兄貴の顔が割れたら一緒にいるのが俺らだってバレちゃうじゃないですか。しかし兄貴、もたもたしとる暇はないですけの。しょうがねえな。わかったよ。じゃあ俺はそろそろ戻るからあとはよろしく。で頭、どういう作戦で行くんすか？そうじゃのう。あ、確か迎賓館のパンフレットがあったはずじゃ。ちょっと持ってきますわ。これです。これが迎賓館の見取り図です。
迎賓館はもともと石見造船に船を買いに来るお客のために建てられたようですわ。お前ら準備はええか？へい。血がたぎってきたで。兄貴、準備はええですか？ああ、行こう。よっしゃ、キヨちゃん、今行くでー。誰だて？おら！正義の味方ご一行様の到着じゃ！う。染谷はどこだ？なんだてめえ！おい、顔を見せろ。おい、何してんだこら！てめえ、おめえの大概にしろよ！兄貴、染谷いう男おらんですの？ああ。あん中はまだ見とらんの？たまらんの。よりによってなんちゅう場所じゃ。もういけん。じっと失礼します。おい。はーい、生き返るわい。あ、なんじゃこりゃ。我はナグモ。これは一体何のつもりじゃ。違うで、わしナグモじゃ。なでバカたれ。もう遅いわ。しもうた。あれあれ、桐生さんじゃないですか。染谷。さすがに今度は偶然ってわけじゃないですよね。つうかその格好熱くありません？清美ママは無事だろうな。彼女をどこにやった？まさか4代目ともあろうお方が女一人のためにこんな無茶やらかすなんてね。噂通りの人で嬉しいですよ。彼女はどこだと聞いている。答えた方が身のためだ。なるほど、やる気ってわけですか。ですがあいにく俺にその気はありませんよ。何？奇襲を受けた時点でこっちの不利ですから、あんたと真っ向からやり合うようなバカはしない。俺はね、確実に勝てる時だけ戦ってのし上がってきた男なんですよ。ただ単に臆病なだけにも聞こえるがな。早合点しないでください。俺はこの喧嘩まだ負けたとは言ってませんよ。ん？よく言うじゃないですか、逃げるが勝ちって。てめえ！くそ、逃がすか！染谷、観念しやがれ！まったく、せっかく風呂入ったのに汗だくじゃないですか。こりゃまた入り直さねえと。ずいぶん綺麗な体をしているんだな。
今時炭なんか入れてちゃ仕事になりませんよ。何？ヤクザが仇を脅してあぶぐぜにせしめてた時代とは違って、今はまっとうなしのぎに手出した方がよっぽど安全で何より儲かる。俺は上からそう教わりました。炭は脅しのために入れるもんじゃねえ。己の生き方を背中で示すために入れるんだ。背中に憧れるってやつですか？夢だな。夢だと？現実はもっとシビアなんです。結局親が子に求めるのはどれだけ組織に貢献できるかでしょ。今じゃ入れ墨なんて入れない方がしのぎになるわけですから、これが極道として正しい姿なんですよ。夢を忘れて金に走るようになったら極道はおしまいだ。誰もが憧れるような生き様背負った男がいてこそ、そいつを担ごうと一つの組織にまとまることができる。さもなければ跳ねっ返りの多い極道なんざ一瞬でバラバラになってしまう。だから金こそが人を引きつける最大の魅力ってことになるんでしょう。少なくとも菅井さんはそう思ってるみたいですよ。まあいいや。女ならこの中に監禁してます。今頃たっぷり可愛がってもらってるんじゃないかな。安い挑発には乗らねえ。彼女の居場所が分かれば十分だ。さっさと片付けてここを通らせてもらうぜ。そう簡単に行けばいいですけどね。伝説とまで言われた4代目が相手だ。こっちも失礼のないよう少しだけ本気出させてもらいますよ。兄貴、大事ないですかい？あれ桐生さんじゃないの。それに広瀬一家のバカタレも小清水来ると思うとりました。こちらへ。桐生さん。キヨちゃん無事じゃったか？ええ、二人ともどうしてここに？それは小清水さん、これは一体どういうことですか？岩見社長。岩見、俺たちは清美ママを助けに来ただけだ。ここに監禁されてるって話だったが。監禁？なんならそりゃわしらはこうがわして客人の奥さんをもてなしとっただけじゃ。なんじゃそりゃ。いやー、夕食前のいいエクササイズになりましたよ、4代目。清美はね、俺の前のかみさんなんです。ママがお前の？本当なのか？嘘じゃ、嘘に決まっとる。そんな。小川の町に
染谷さんの奥さんがおったとは驚きじゃったが、これも何かの縁じゃと思ってのお招きしたいうわけじゃ。何か行き違いがあったことは分かりました。ですがこのけじめはつけていただく必要がある。そうですね、小清水さん。ええ、もちろんですわ。広瀬一家は今日限り陽明連合会を破門。総長の広瀬にはきっちり縁故詰めさせますけ。待ってください。広瀬のおやっさんは何も。やかましい。染谷さんはの東京から遠路はるばるわしらとの杯に来た大事な客人じゃ。踊れなんぞの縁故で済む話か。まあまあ、小清水君、せっかくの祝いの席だ。清美さんも怖がっている。些細なことは水に流してやりなさい。会長ですが、この私が水に流せと言ってるんだがね。聞こえなかったか？いえ、わかりました。染谷さんも構いませんか？もちろんです。もともと私が招いた誤解ですから。あんたは？石見造船会長石見平蔵と申します。4代目石見会長は石見造船をはじめとする石見グループの長老ですが、もう一つ別のお名前がありましてね。クルス・タケル。クルス？陽明連合会会長です。クルス・タケルはいわゆる都政名なんです。石見造船の会長が陽明連合会の？石見グループの関連各社は今風に言えば陽明連合会のフロント企業ということになりますが、こちらは息子の常雄で石見造船の社長です。以後お見知りおきを。俺の名前は桐生一馬。東上会の4代目でしょう。当然存じております。どうも水が入ってしまいましたな。ここは一つ場所を変えませんか？分かった。いい眺めでしょう。私はこの海から見た尾道の眺めが一番好きだ。それに大事な話をするのに海の上ほどうってつけの場所はありません。周りに聞き耳を立てる者は誰もいない。大事な話？実は桐生さん、あなたに折り入ってお願いがあります。どうかこの小清水と染谷さんが交わす杯の後見人になっていただきたい。どういうことだ？ご存知かどうか、陽明連合会はこれまで東上会とも近江連合とも杯を交わさず、極道組織として中立を貫いてきました。それはなぜか。広島が動けば日本の裏社会の均衡を崩すことになるからです。我々が日本最大の組織近江連合と組めば東上会に勝ち目はなく、逆に我々が東上会と組めば近江連合にとって存亡を脅かす存在となる。だからもし今我々と東上会が杯を進めていると近江連合が知れば、
彼らは死に物狂いで阻止しようとしてきます。一つ間違えれば日本中の裏社会を巻き込む戦争になる。クルス会長、あんたらはそれが分かっていて、なんでそんな危ねえ杯を進めようとする？わしらがそこまで話すからには、まず杯の後見人を受けると確約していただきましょうか、桐生さん。あなたは今の近江連合トップからの信頼が厚い伝説の極道だ。そのあなたが後見人であれば、我々の杯が明るみに出ても近江連合はしぶしぶとはいえ飲むでしょう。堂島の竜の名はそれほどまでに力を持っていると私はそう思っています。なるほど、事情は分かった。それでお返事は？断る。理由を尋ねても？今の登場会は6代目の堂島大吾が逮捕されて不在。そのキューバしのぎに代行の菅井が切り盛りしている状態だ。そんな時にこの俺が下手すりゃ戦争になるって杯を無断で交わすのは登場会6代目への裏切り行為でしかない。なるほど、筋は通ってますな。ただそうなりますと我々としては染谷さんとの杯を断念しなくてはならない。もしかしたら代わりに近江連合と話をすることになるかもしれませんが、あなたはそれでもよろしいんですか、4代目。どこの誰と杯交わそうがあんたらの勝手だ。俺はもう登場界の人間じゃない。それはおかしいですね。登場界の人間じゃないとおっしゃるなら、裏切る裏切らないもないでしょう。違いますか？やめなさい、常よ。桐生さんからはもうはっきりとお返事をいただいた。この話はもう終わりだ。失礼しました、会長。いきなり無粋なご相談をしてしまってすいませんでしたな。年を取るとどうも話を急いでしまっていけない。いや、それじゃあ食事の続きをするとしましょう。な、覆面どうだった？バレなかったろ？それが南雲の頭が途中で暑いて脱いでしもて、せっかくの黒が水の泡じゃ。なんだ南雲、お前根性ねえな。キヨちゃんがん？そんな嘘じゃ。こいつどうしたんだ？まあいっか。よし、俺が覆面の使い方を教えてやる。高頭、お前ちょっとこっち来い。桐生さん、笑ってんじゃねえてめえ。ママ、帰らなくていいのか？桐生さんを待ってたの。遥ちゃんの話、結局途中のままだったから。いや、しかしもういいのか？私なら大丈夫。突然のことでいろいろびっくりしちゃっただけだから。そうか。痛えだろバカ野郎。なあなあ、覆面よかったろ。おやさん、空気読んでください。あ、気にせずどうぞ。何やってんだこの野郎。それで春人君の父親が誰なのかって話だったと思うけど。ああ、心当たりがあると言ってたな。え、それ本当ですか？うん。私ね、達川君が春人君の父親なんじゃないかって思うの。はあ？誰なんだ？俺の幼馴染で一緒におやっさんの杯受けた兄弟分です。
広瀬一家の組員なのか？いや、それがずいぶん前に組抜けまして。清美さん、なんで達川じゃって思うの？ちょうどはるかちゃんがこの町からいなくなる少し前に、達川くんうちの近所で誰かと電話をしていて、こう言っていたの。産んでも絶対2人とも幸せになれない、下ろすべきだって。下ろすって赤ちゃんをですか？そうでしょうね。もしかしてその時の達川の電話の相手がはるかちゃんじゃった言うんで？もちろんその時は達川くんが誰と話してるかわからなかった。だから嫌な話聞いちゃったくらいに思ってたんだけど、でもその後姿を消したはるかちゃんがハルトくんを産んでたってことは。その達川は今どこにいる？ここを出てく前、東京に行ってメジャーになるとかなんとか言ってましたけど。ん？音楽か何かやってたのか？いやー、さっぱり。とにかく東京行ったらビッグになれるとでも思ったんじゃないですか。達川じゃったらカムロ町でホストやっとるで。ホスト？高頭、踊りなんでそこあんなこと知っとんねや。わしあいつと SNS でつながっとったけ、東京に行った後もちょくちょく近況報告受け取ったんです。は？なんで俺に知らせずにお前にだけ教えてんの？マジ意味わかんねえ。高頭、そいつと連絡取れるか？いやー、それがここ最近全くの音信不通で、メッセージ送っても未読のままなんですわ。多分携帯変えたんじゃないかの。そうか。はっきりしたことがわからなくてごめんなさい。いや、手がかりがあっただけでも大きな前進だ。カムロ町か。ハルト、もう少しだけ待っててくれよな。桐生の兄貴、こいつが達川ですわ。こんな奴とはるかが。わしにも信じられん話ですわ。じゃが清美さんの話を考えるとやっぱり。なんでだよ。はるかちゃんがよりによって達川なんかと。あいつがハルトの父親なのかよ。なんか俺もうハルトのおむつ変えられねえわ、気分的に。なんでじゃ。それでもあのはるかちゃんの子に変わりはなかろうが。じゃあこれからハルトのおむつ替えは田頭がやるってことで。なんでそうなるんじゃ。はるかちゃんはわしらの天使で、確かにハルトはその赤ん坊じゃ。じゃけどユウタの言いたいこともわかる気するわ。でしょ？やめえ、バカタレども。男と女っちゅうのは理屈じゃないんじゃ。のう、キヨちゃん。お邪魔しますよ、4代目。そうねや。踊れ！何しに来よったんじゃ！こんけどぶち殺してるぞ！南雲くんやめて。じゃけど、キヨちゃん。清美、少し話せるか？話ならここで。私はもう桐生さんたちに隠し事して迷惑かけるわけにはいかないから。4代目に？わかったよ。東京に戻る前に一言詫びときたかっただけだ。
騒がせて悪かったってな。それだけだからよ。あ、ねえ、あの子は元気なの？元気だよ。ますますお前に似てきた。会いたきゃいつでも帰ってこい。子供もおるんか。桐生さん。うん。改めてだけど、遥ちゃんのことずっと隠しててごめんなさい。もう信用なくしちゃったよね、私。いや、あんたが謝る必要なんかない。長いこと遥の面倒を見てくれたんだろう。俺があいつに代わって礼を言う立場だ。そうだ。ねえ、桐生の兄貴。そういや、遥ちゃんはどうしてるんすか？なんで遥人のそばに遥ちゃんがいないんすか？おお、そうじゃ。わしら遥ちゃんを知らんふりしとったけ、今までずっと聞けんかったけど。どうしたんじゃ、桐生の兄貴。遥ちゃん元気でおるんじゃろあいつはカムロ町で事故に遭った。ひき逃げした犯人は今も捕まってない。え？ほんの何日間前のことだ。命は助かったが何も話せる状態じゃない。医者にもいつ目が覚めるか分からねえらしい。なんじゃと？あいつがその事故に遭った時、ハルトも一緒だった。俺もハルカが子供を産んでいたことをその時まで知らずにいたんだ。そんな。分からねえことは山ほどある。だがまず分からなかったのは、なんで事故に遭った時ハルカがカムロ町にいたのかってことだった。3年前沖縄を出たあいつがこの町で過ごしていたのは分かった。問題はハルカがここから姿を消した後、なんでカムロ町に向かわなきゃいけなかったのかってことだ。普通に考えたらカムロ町に行った達川と落ち合うためいうことかの。そういや、達川が組抜けたのって遥ちゃんがいなくなってから結構すぐだったよな。ほんじゃ達川に聞けば全部わかるっちゅうことか。達川はカムロ町でホストをやってるんだったな。それだけ分かってりゃ探しようはある。桐生の兄貴、それじゃこれからカムロ町へ？ああ、ただカムロ町は今東上会と中国マフィアが抗争の真っ最中でな。ハルトを連れて行くには危険すぎる。まあまあ、悪いがまたハルトのことを頼めるか？え？私でいいの？もちろんだ。あんた以上に安心してハルトを託せる相手はいない。ありがとう、桐生さん。さあ、ハルト。明日カムロ町に行くが、なるべく早く帰ってくる。今度は達川を連れてな。うん。桐生の兄貴、カムロ町、俺も行きますよ。ん？俺は達川を許せねえんです。あの野郎、いつの間にか遥ちゃんに手出してたのか。とにかく俺はあいつをむちゃくちゃにぶん殴ってやらねえと気が済まねえ。わかった。わしも行く。頭がなんでじゃ？
このままここにいんのが辛いんだろう。多分な。失恋のショックっちゅうことか。じゃあ私もう行きますから。たまには男3人やろうとつるんでカムロ町を歩き回るのもいいか。ここがカムロ町。マジで達川のやつこんな都会でホストやってんのか。ユウタ、お前東京来るどころか広島出んのも初めてじゃろが。わしらに恥かかせんようビシッとせえよ。田舎もんじゃ言うて舐められたらいけんど。おい、街中でタバコはダメだ。は？今時は東京のどこ行っても歩きタバコはできなくなってるんでな。そうなんですかいの。俺らに恥かかせないでくださいよ、頭。クソガキが。なら達川を探す前に一服するか。近くにアルプスって喫茶店がある。わざわざ喫茶店でタバコですかい。せっかく天下のカムロ町に来たんじゃけ。女と酒やれる店でも行きましょうや。何言ってんすか頭。遊びに来たんじゃねえんだから。兄貴、この店ぼったくりと違うんかの。コーヒー一杯1000円じゃ言うとれますけど。しかも税別っすね頭。金足りますか。この調子で言ったら3日でオケラじゃ。こりゃ頭が楽しみにしてた風俗はお預けっすね。バカだれこの。兄貴の前で余計なこと言わんでええ。そうだ、桐生の兄貴、ちょっとスマホ貸してもらえません？すぐお返ししますんで。おう、ユウタ、何しよんならバカ高いパフェが溶けるじゃろうが。ちょっと待ってください。あ、これでありましたよ。達川の近況ネットに上がってました。この達川のページ田頭に教えてもらったんですよ。ずいぶん楽しそうにしてやがるな。あのゲドがはるかさんが事故に遭うとるっちゅうのに、本当にはるかさんはなんで小川の男と。これはいつの写真だ。ページのコメント見る限りじゃ2週間前。最近じゃの。背景に映っとるのはカムロ町の店かの。さあそこまでは分かりませんけど、どうすかね。桐生の兄貴見覚えあります？ないな。俺にも無所のブランクがあるんだ。この町は3年も経てば店も随分入れ替わる。なんなら言うた、全然役に立たんじゃない。なんでそういう言い方しますかね頭は。ほいじゃあ兄貴、これからどうしますかいの。手当たり次第ホストクラブ当たって達川探しますか。いや、古い馴染みがやってる店があるんでな。天下一通りにあるスターダストって店だ。そこのオーナーと店長になら顔が利く。まずはそこに行ってみよう。スターダスト？この町一番のホストクラブだ。達川が本当にこの町でホストになったんなら何か情報が手に入ると思う。兄貴、ちょっと待ってください。ユータのやつが。すんません、俺ちょっとコンビニ行ってきます。あれはパフェで腹壊したんじゃ。浮かれてなれんもん食うけそうなるんじゃ。コンビニのトイレ借りに行ったってことか。しゃあない。
わしらも行きましょう。店の中で待っとりゃええでしょおい、頼むって。もう漏れそうなんだよ。うちは店にトイレないんですよ。嘘つけ。あんたらだって店のトイレ使うんだろ。お客様にお貸しできるトイレはちょっと防犯上の理由ですから。じゃあこんな店の中でうんこ漏らせってのか。あそれなら早く店から出てってもらわないと。いいから貸せよバカ野郎。桐生の兄貴、あいつのことはええですけ。ここで笑って見とりましょう。面倒見のいい頭だな、あんたも。じゃけど東京のコンビニっちゅうのはトイレも貸してくれんのじゃの。冷たいもんじゃ。兄貴、これちょっと見てつかさい。東上会の6代目が無所に入るって書いてありますわ。何？高速棄却。これから無所に入れられるってことか。どうしますか？こん方たち兄貴の仲間なんじゃろう。どうするも何も俺はもう東上会の人間じゃねえんだ。じゃけど東上会のトップが無所行ってしもうたら、あの染谷っちゅうんが余計力つけるんじゃ。そしたら兄貴、あいつまたキヨちゃんさらいに来るんで。何にしても俺はもう東上会の中のことに口出す立場じゃねえ。もういい加減にしてください。警察呼びますよ。くそ、分かった、もういい。あんたには頼まねえよ。桐生の兄貴頼みます。どこかトイレのあるとこに。スターダストはこの店出てすぐだ。そこで借りればいい。なんすかそれ。もっと早く行ってくださいよ。わかりました。じゃあ俺ちょっと先に行きますんで。あのバカたれ、兄貴に礼の一つも言えんのか。恥かかせよって。トイレに間に合えばいいがな。ほんじゃわしらも行きますか。なんじゃ。男が入ってくる店じゃねえんだよ。二度と来るんじゃねえぞこら。トイレ貸してくれるくらいいいじゃねえか。おい、俺は桐生ってもんだ。オーナーの和樹か店長の優也、どっちか呼んでもらえねえか。古い馴染みなんだが。和樹、優也、うちにそんな奴はいねえな。何？いいからとっとと消えろや、おっさん。店の前でうろちょろしてんじゃねえぞ。兄貴、どういうことですかいの。さあな、今のホストにもう一度聞いてみるか。桐生さんですよね。お前は？わかりませんか。まあ少し変わりましたがね、俺も。これでどうです？お前、優也か。優也？そういやさっき兄貴、店長の優也を呼べって。ええ、スターダストの店長でした。今は見ての通りのリーマンですけどね。お前、スターダスト辞めたのか。でもならなんでこんなところに。桐生の兄貴。お？ああ、大丈夫か優太。トイレを早く。マジで東京もんって何なんすか。トイレくらいいくらでも貸してくれりゃいいじゃないですかね本当に漏らしとらんのか。ちびっとひっとるんじゃなんか。ええ、そう思っててもらってて結構っすよ。優也、二人は広島の組の人間でな、いろいろ世話になってる。ええ、
それよりさっきのはるかちゃんの話ですけど、本当に子供を産んでたんですか？ああ、そうだろうな。その赤ん坊の父親ってのがこいつらしいんだ。カムロ町でホストになったらしくてな。名前は達川。スターダストでお前らに聞けば何かわかると思ったんだが、見覚えは？見覚えありますね。本当っすか？俺が店辞める前は確かにスターダストにいました。おお、さすが兄貴じゃ。いきなり見つけてもうたの。ただ今も働いているかは分かりません。スターダストは前とはだいぶ変わりましたから。俺が辞めたのはともかく、和樹さんももうあの店のオーナーじゃなくなってるんです。和樹さんってのも桐生の兄貴のお知り合いで？ああ、もう随分会ってないかな。和樹にも優也にも俺はカムロ町で何かあるたびに世話になってた。スターダストに何があったんだ優也。あの店はお前らがいてこその場所だったはずだ。正直な話、ホストクラブもキャバクラもこの町の風俗自体マンネリで客足が鈍り始めてました。そこに来て登場界と中国マフィアの抗争です。和樹さんも俺もいろいろ頑張ったんですけどね、赤字経営が続いてました。ところが今年の初め頃です。どういうわけか韓国の連中が急に金を持つようになって、その札びら切ってカムロ町中のめぼしい店根こそぎ買収してきたんです。スターダストも結局その勢いに飲まれる形で。韓国人がスターダストを買い取ったのか？ええ。しかもその時は知らなかったんですけど、その韓国人たちの裏の顔はジンゴン派でした。何？なんじゃジンゴンウ派っちゅうのは？韓国のマフィアだ。昔いろいろあって今も俺を恨んでいるらしい。ただほとんど潰れて、もう俺を直接知ってるようなもんはいねえはずなんだがな。桐生の兄貴、韓国の連中ともやり合ってたんすか？すげえ。確かに今のジンゴン派には若いやつが多いようでした。スターダストを買ったやつも多分幹部でしたけど、まだ20代です。達川のやつ、総側な店でホストなど続けられるんかの？もうやめとるんじゃないんかの？もしそうだとしても、あの店に達川を追う手がかりがあるはずだ。鎮魂派がいようがスターダストに乗り込む価値はある。相変わらずなんですね、桐生さんは。俺は今ホスト時代の客のコネ使って小さな会社の営業職やってます。慣れない仕事で一からやり直しですけど、元ホストがこの年で職にありつけただけでもマシですかね。だから今日スターダストの前で桐生さん見かけたのもたまたまだったんすよ。和樹はどうしてるんだ？あの人は今スターダストを買い戻す算段つけようとしてます。ただそうは言っても今のカムロ町の構想が終わらねえ限りは動かないでしょうけど。そうか。お前和樹が店を買い戻したらまたスターダストに戻る気なんだな。そんなの当たり前じゃないですか。和樹さんの片腕になれる男なんて俺以外にいませんから。ならお前がさっき言ったセリフそっくり返すぜ。俺の言ったセリフ？お前も相変わらずだってことさ。
いやおい、あいつさっきホストクラブでユータを追い出しとったやつじゃ。いやー、結構ですね、焼肉。うまそうな匂いだ。この店のはまた格別でしょう。お楽しみのところ失礼します。私、スターダストのオーナーをやっております、ハン・ジュンギと申しまして。聞けば、せっかく店までお越しいただいたお客様を。このバカが追い返してしまったと聞きましたね。なんじゃこれ。つきましては埋め合わせをさせていただけませんか、桐生一馬さん。先日カムロ町にいらしてたと聞いていましたが、本当にこうやってお会いできるとは光栄です。ぜひこれからスターダストまでお運び願います。店を挙げておもてなしさせていただきたい。ずいぶん強引な野郎だな。あんたとは初対面だが。私はあなたの熱烈なファンだったものですから、いけませんか。望むところだ。こっちもお前らに聞きたいことがあるんだな。ほう。おう、そうじゃ。踊れらの店に達川いうんがおるじゃろうが、わしらはそいつに用があるんじゃ。なんであれ構いませんよ。では私の招待を受けていただけるということでよろしいですね。ああ、すぐに行く。スターダストで待っててもらおうか。感謝します。では後ほどお待ちしておりますので。桐生さん、さっきのあいつジンゴン派です。スターダストを買い取ったのもあいつで。ああ。本当に奴の誘いに乗るんすか。今のジンゴン派はカムロ町の構想に割って入ろうかって勢いなんです。東上会と中国マフィアの構想を陰で煽ってるって噂もあるくらいで、昔潰れかけた頃とはもう別物なんですよ。危険は承知の上だ。それでも俺たちはハルトの父親を見つけなきゃならねえ。やっぱり止めるだけ無駄なんですね。本当に相変わらずだ。久々に会えてよかった。またな、ユウヤ。ええ、お気をつけて、桐生さん。저놈이다! 길이다! 같이 있는 놈들은 또 누구지? 그딴 거 신경 안 써! 다 죽어라!兄貴、あんならわしらに用みたいじゃ。韓国語で叫んでるみたいですけど、じゃあもしかしたらあいつらジンゴン派だな。けどわしらハン・ジュンギっちゅうのから招待されとったんじゃ。まだ俺を恨んでる連中もいるってことか。今のジンゴン派も一枚岩じゃねえらしい。かまってる暇はねえ。行くぞ。誰か！
ちゃった。それだ。兄貴、半順義には後で文句言わねえとな。いやー、カムロ町ユンはおもろい町じゃのう、兄貴。喧嘩相手が山ほどおる。頭、言ってるそばからまた来てますよ。今頃半順義が待ちくたべれてるな。桐生の兄貴、あとはわしらで片付けますわ。先にスターダストに行っててつかさい。わしらはここでお楽しみじゃ。桐生の兄貴、頭の言う通りです。俺らもすぐ追いつきますから。本当に大丈夫なんだな。達川を探すのが最優先ですから。俺らもたまには役に立たねえと東京まで来た意味ないっしょ。さあ兄貴、はよ行ってつかさい。分かった。あんまり遅れるんじゃねえぞ。へい。わしは今最高に乗っとるわ。おう、踊るらもっと仲間呼んでこんかい。全然食いたりんじゃろうが。桐生の兄貴。雄太。頭が桐生の兄貴についてろっていうもんで。何？ようこそおいでくださいました、桐生さん。遠慮はいりません。さあ、お二人ともどうぞ。南雲はどうしてるんだ？頭は大丈夫っすよ。マジで喧嘩が楽しくて仕方ねえみたいです。これで清美さんのことを吹っ切れるんじゃないですかね。そうか。ずいぶんお時間がかかったので心配しましたよ、桐生さん。お前は部下のしつけがなってねえらしいな。ゲストに手洗い歓迎とは恐れ入る。私の部下たちが？それは失礼を。まさかそんなバカはすまいと高をくくっていました。後できっちり叱っておきましょう。それよりいい店でしょ。前のオーナーはセンスがいい。ただまあ何年も変わってないようで今じゃちょっと刺激が足りない。客がいねえとこ見るとせっかく買い取った店もあまりうまくいってねえようだな。これは手厳しいですが、ここはあくまでも表の顔でしてね、一見の客を案内する場所に過ぎません。貪欲な女性客を引きつけるのは常に裏側に潜む危険な香りなのです。そして我々はこの店をカムロ町で巻き返す第一歩としての拠点と考えています。我々？あなたはもう私の正体にはお気づきなんでしょう？鎮魂派ってことか。ええ、うちの人間には確かに桐生さんを恨んでいる人間もいます。あなたのおかげで鎮魂派はほとんど壊滅させられたとね。ですがそう考える者たちは今まさに生まれ変わろうとしている鎮魂派にとって害悪です。私に言わせれば昔朝鮮に攻め込んできた秀吉もあなたも大して印象は変わりません。堂島の竜が恩敵だったのは過去の話。私に限ってはもうあなたのことは水に流しています。だったら俺に何の用だ？あなたとお近づきになって古い意識を捨てられない部下たちに私の力を示したいんですよ。どういう意味だ？その前に桐生さんにはぜひこの店の裏側をご覧いただきたい。全てはそこでご案内しますよ。桐生の兄貴、大丈夫なんですか？あいつらが俺らをやる気ならもうやってる。そういうもんすか？それにもし達川がこの店にいるならあの階段の奥なんじゃねえか。確かに。
なんだこりゃ。兄貴、これがホストクラブってやつなんすか？下品な世界でしょう。でもこれが前のスターダストに足りなかった刺激です。ここは人呼んで東京新天地。言い訳するわけじゃありませんが、私も上のフロアの方が好みです。ただ単純に客が好きなのはこちらの世界なんですよ。男の体というダイレクトな欲望を満たしたがっている女性たちは私が思っていた以上に多い。カムロ町に初めて来た時、私は思いました。この国の欲望は抑えつけられすぎている。ホストクラブにキャバクラ、どちらもこの町の二大風俗産業です。しかしそのどちらもが来店している客の本当の欲望から程遠い位置に存在している。キャバクラに通う男は女と飲みたいだけじゃない、疑似恋愛がしたいはずだが、そこには高い壁が用意されている。ホストクラブも同じです。客の女たちは若い男の若い肉体を求めているはずだから、私は日本独自の品というものを省き、素直にその欲求に応えられるようサービスを改革したんですよ。もう十分分かった。だがあいにく俺には興味がねえそれでもあなたは帰るわけにはいかないんでしょ。達川というものをお探しでしたね。そうだ、達川はここにいるんだろうな。ドイツだ。残念ながら達川はもうこの店にはいません。それでも彼を探す手がかりはご提供できます。ただしその前に、あなた方には我々の余興にお付き合いいただきたいのです。達川の情報はただじゃないってわけか。飲み込みが早くて助かります。兄貴、どういうことなんです？あのリングはホスト同士を殴り合わせるショーの舞台でしてね。普段は客がひいきにしているホストを指名してリングに立たせています。レディーたちにとって可愛がっているホストが血を流し合う姿には他では得られない興奮があるのだとか。なんだそりゃ。ただし本日のメインイベントは堂島の竜とこの私のデスマッチ。ご安心を。もちろん1対1の勝負です。受けていただけますか？俺も安く見られたもんだな。こんなところで見せ物になる気はない。帰るぞユタ。わざわざ相手の土俵に上がることはね。よう、あのリングであんたを倒せば達川の情報を聞かせてくれるのか？ええ、お約束します。そうか。だったら俺が相手してやるよ。君が？ユタ、どういうつもりだ？兄貴、断る理由なんかないじゃないですか。こいつのムカつくホスト顔を殴れる上に達川の情報まで手に入るんですから。俺がカムロ町に来たのは達川を見つけ出して半殺しにしてやりてえからです。あいつはみんなが大事にしてた遥ちゃんを傷物にしやがった。それを考えると腹渡煮えくり返ってどうにも収まんねえ。だから俺は
達川を追う情報が手に入んならいくらでも見せ物になってやりますよ。お前いいでしょう。堂島の竜をリングにお招きできないのは残念ですが、君も可愛い顔している。客が喜びます。お集まりのレディーにお知らせします。今宵もまた皆様に屈強な男たちの血をもっておもてなしさせていただきます。当店自慢の流血の歌目、そのお時間となりました。本日のシェフはこの私、スターダストオーナーアン・ジュンギが務めさせていただきます。ユータ、心配しないでくださいよ兄貴。結局のとこ正面切って怠慢張ろうって言われてるだけじゃないですか。広島ヤクザをなめんでください。お名前をまだ伺っていませんでしたね。陽明連合会広瀬一家若衆宇佐美雄太。感謝します。宇佐美さん、あなたには堂島の竜を釣るための餌になっていただきます。あんまり人のこと舐めてっと痛い目見るよ。なるほど。では期待していますよ。さあ、ゴングを。もう一丁。なかなかいいよ、雄太君。これで君も桐生の兄貴に顔が立つでしょ。な。待て。まだ終わったつもりはありませんよ。ユータはもう十分務めを果たした。どれだけお前にいたぶられようが最後まで前を向いたまま倒れた。こいつはこいつなりの強さってのを証明したはずだ。俺が相手になってやる。お前の狙いは俺だろ。なるほど。ではメインイベントに移りましょうか。お勤めご苦労様。堂島の竜をひざまずかせることで私は
ジングオン派に過去の遺恨を忘れさせることができます。我々は新たな時代に向けて生まれ変わらなければなりませんから。お前にこの俺を倒せればの話だがな。老いはあなたほどの男の目をも曇らせる。時代は移り変わります。もう桐生一馬の時代は終わったんですよ。あなたに引導を渡す栄誉に私は今胸が躍っています。何とでも言え。だが約束は忘れるな、ハン・ジュンギ。達川の情報ですね。もちろんです。私はヤクザとは違います。スポーツマンシップにのっとるのが好きなたちでしてね。この戦いが進めば知っていることは全部お話ししましょう。ですから手加減はしないでくださいよ。余計な心配はしなくていい。ゴングを。今この場にいる者は全員ここで竜の伝説を弔うのだ。余興は終わりだ、ハン・ジュンギ。兄貴。ユタ。余計な真似をするな。私に恥をかかせる気か。裕太君を離しなさい。ナイフなど無用だ。お前らは何をしている。拍手で勝者を称えるのだ。桐生一馬を、このハン・ジュンギを倒した堂島の竜を。素晴らしい。そして何より美しい。ジングオン派の古い人間たちがあなたにこだわり続ける理由がよくわかりましたよ、桐生さん。それがお前のスポーツマンシップってやつか。男として美しくありたいだけです。それを貫く姿こそが私にとっての戦いであり勝利であると固く信じています。あなたに敬意を。ご心配なく約束は守ります。怪我は痛むかな、裕太君。あんたこそ桐生の兄貴にやられたんだろう。お互い様だ。恨みがましい目をするな、君は。喧嘩といってもフェアに徹したつもりだがね。それは君にも伝わっているはずだ。さあ、戦いは終わったんだ。握手をしよう。調子狂うな、クソ。達川の写真だ。
お前の言う達川もこいつのことだな。間違いねえか？ええ、我々がスターダストのオーナーになって間もなく辞めましたが。達川は今どこにいる？その前になぜ彼をお探しで？あんな小物とあなたにどういう接点があったのですか？お前らには関係ないことだ。確かにその通りです。ただあなたの動向を我々も全く知らないわけじゃありません。お互い腹を探り合ったまま踏み込まないんじゃ美しくないとは思いませんか？例えば数日前、沢村遥という女性が不幸にも事故に遭われた。もちろんその方が桐生さんにとってどういう人なのかも我々は知っているつもりです。今あなたが興味を持って動いていることはその関連に尽きるでしょう。となると達川君も沢村遥さんの事故に関わっていると？余計なことを喋るつもりはない。それとも達川は今もお前にとって元従業員以上のつながりがあるのか？つながりはありませんが、達川君はなかなか面白い男でしてね。どうやら彼は本気でホストをするためにカムロ町に来たわけではないらしい。達川がスターダストでホストをしていたのはある種の目くらましだったと私は考えています。目くらまし？達川はスターダストを辞めるとすぐにアジア街に出入りするようになりました。彼が中国語を話せるのはご存知でしたか？何？間違いないです。桐生の兄貴達川は中国語ができます。俺や田頭にも教えられるくらいで。ほう、君も中国語がわかるのか？大方可愛い中国娘でも口説こうとしたんだろう。それがなんだよ。外国語を覚えるにはそういうきっかけが一番ですから。達川君は店を辞めた後、その中国語を生かしてアジア街のマフィア、採用界のお抱えの情報屋になったのです。むしろ彼は初めからその情報屋になるつもりでカムロ町に来た節がある。それじゃ達川は尾道にいた頃から中国マフィアとつながっていたってことか？で、その中国人とのつながりを隠すためにカムロ町のホストになった。ユウタ、達川はそんなことをするような男だったのか？ガキの頃から知ってるんだろう？そうなんすけど、なんかちょっと想像できないっす。桐生さん、なぜ達川をお探しなのか訳を話してはもらえませんか？私としては大いに興味があるのですが。そこまで話す義理はね。達川の情報はさっき俺たちがリングに上がった時点で聞かせてもらう約束だ。ごもっともです。確かにそういうお約束でした。いいでしょう。私は達川君がねぐらにしている場所を知っています。どこだ？カムロ町の中ですよ。占領通りから脇道に入ったところに大岡ビルというのがありましてね。そのビルの2階に時々中国の女を連れ込んでいるようです。わかった。それだけ分かりゃ十分だ。あ、兄貴。お会いできて光栄でした、桐生さん。鎮魂派が東上界と中国マフィアの抗争を陰で煽っているなんて話を聞いたが。彼らが潰し合ってくれれば確かに我々にもカムロ町の取り分はできるでしょうね。ですが陰で抗争を煽ってるなんてのは言いがかりですとでも言っておきましょう。そうか、邪魔したな。
またいつでもおいでください。歓迎しますよ、桐生さん。桐生の兄貴、早速達川の餌に行きますか。あれ、どうかしました？達川のねぐらは占領通りの脇って言ってたな。遥がひき逃げされたのも占領通りのそばだった。多分事故現場からすぐ目と鼻の先だ。偶然にしちゃできすぎている。達川に話を聞かねえうちはまだ何も分からねえ。もし奴が遥の事故に関わってたとしたら、俺は自分を抑えられる自信がない。遥人の父親だろうが、お前の古いダチだろうがな。分かってます。俺も同じ気持ちですよ。兄貴、俺南雲の頭を呼んできます。この後例の大岡ビルの前で待ち合わせでいいですか？ああ。俺らが行くまで踏み込まないでくださいよ。達川に逃げられねえように人手がいた方がいいですから。それじゃあ。桐生の兄貴、こっちです。さすが兄貴ですの。カムロ町に入ったその日に達川の餌つかむっちゅうんは、やっぱりカムロ町に詳しい兄貴ならではじゃ。わしらだけじゃこうはいかんかったですわ。お前もよく無事だったな、南雲。人言派の連中相手に大したもんだ。頭、さっき俺と会うまでずっと韓国人とやり合ってたとか言ってましたよね。あ？でもなんか頭の体から石鹸みてえないい匂いがプンプンするんですけど。まあ実を言うと雄太を先行かせた後、すぐに人言派の連中もおらんようになってな。でわしもスターダストに行こうと思ったんじゃけど、店の場所がわからんようになってしもて。それでまあカムロ町の夜の街を歩き回っとったらの。まさかとは思ってましたけど、頭行ってきたんすね、カムロ町の風俗。おお、結果から言うとそうじゃ。マジかよ。わしはのカムロ町の空気っちゅうもんを肌身で感じときたかったんじゃ。けど兄貴、やっぱ東京の女子は下品なまでにええですの。いやー、けしからん。後でわしの行った店紹介しますけ。そがに怖い顔せんでくださいよ。なるほど、半純義の風俗が儲かるわけですね、桐生の兄貴。だな。あ？何言うとるんじゃ。それより達川だ。大岡ビルってのはあれらしい。達川のやつ、野菜にいればいいんすけど。ビルの2階って話だったな。行きましょう兄貴。わしらの遥さんに手出したバカだれじゃ。とりあえず痛い目見せとかんと。話はそれからじゃ。どの部屋っすかね。全然人のいる気配がないけど。おうよ、表札でも出とるんかの。そこの部屋はどうだ？おう雄太、そここっそり開けてみ。鍵が開いてる。ええから早よ入れ。なんじゃ。これは
達川だ。なんじゃと。マジかよ。なんでこんな。ガイシャは男も女もお前と面識がなかったってことだったな、桐生。ああ、達川は写真で見たことがあるだけだ。女の方は顔も名前も知らない。そうか、まあそうだろうな。しかし仏になってた達川は例の赤ん坊の父親って話だってな。すると達川はお前が親代わりになって育てた娘に子供をはらませた元ホストだ。お前がその達川をぶち殺したっていうストーリーも十分考えられる。よせよ本庄、くだらねえ難癖つけんな。完全に白って証拠が出ない限り事件の関係者は全員グレーでしょう。達川はホストを辞めた後、アジア街に出入りしてた。中国マフィアの情報屋だったらしい。そのことを警察は知っていたのか？いや、全くマークできてなかった。だが達川をやったのはおそらくその中国マフィア最妖怪の連中だ。これまで奴らが関わってきた殺しと凶器や手口が似ている。ちなみに言うと達川と一緒に死んでた女はカムロ町のホステスだった。達川と付き合ってたらしいが、かわいそうに巻き添えになっちまったんだろう。伊達さん、あまり事件の情報をこんな奴に話しちゃまずいでしょう。桐生は広島まで行って赤ん坊の父親を探し出したんだ。そいつが死体で見つかったとなりゃ、うちにも役に立つ情報を持っている。達川の身元がすぐに分かったのも桐生のおかげだろう。ならこっちからもある程度の情報は出してやらねえとな。お二人のやっていることは慣れ合いにしか見えないんですよ、俺にはね。こいつがヤクザだったのはもう昔のことだ。いいんだ、伊達さん。それよりこの後またセレナで会えねえか？他にもいろいろ聞きたいことがあるんだ。分かった。俺一人で行く。桐生、お前は先にセレナ行って待っててくれ。ああ、頼む。桐生の兄貴、どうでした？サツからは何か情報はもらえたんですかいの？少しだけだ。後でまた馴染みの伊達って刑事がここに来てくれることになっている。そこのママの旦那だけどな。悪いなママ、またたまり場にしちまって。いいのよ、好きに使って。この店には私より桐生さんの方が古いんだから。ありがとう。そちらのままデカのかみさんじゃったんか。いやー、下手なちょっかい出さんでよかったわ。ノーを言うた。大丈夫か、ユータ。知り合いの死に顔を見るのは初めてじゃ言うとりますけ。さっきから新規クソでかな。余計なお世話ですよ。大体頭だって今の今まで黙りこくってたじゃないですか。バカだれ。お前が何も口聞かんからわしも黙っとっただけじゃ。警察の話や達川をやったのは中国マフィアの連中らしい。中国マフィアって例の最妖怪とかいう？ああ、達川は情報屋としてその最妖怪に使われてたって話だった。何かしくじって雇い主に始末されたってことかもな。しかしえげつなことしよるの。達川は喉切られた上に心臓をめった刺しにされとった。見せしめっちゅうことですかの。なんか俺が知ってた達川とは別人みてえだ。カムロ町でホストになったと思ったら、そいつは中国マフィアの情報屋になるための偽装で、やっと見つけたと思ったらゴミみてえに殺されててよ。俺は達川を半殺しにしてやろうと思ってわざわざ東京まで出てきたのに、すっかり気持ちが冷めちゃいましたよ。これからどうします兄貴？達川が死んどるんじゃ遥さんのことも何も聞き出せんで。分かってる。だが俺は中国人がなぜ達川を殺したのかを知りたい。と言いますと？達川が中国マフィアに追われてたんなら、遥や遥人もその件に巻き込まれたって可能性がある。
もしそうならはるかちゃんがひき逃げされたのはただの事故じゃなかったってことっすか？まだそう言い切れるだけの材料はない。だが達川って男にはわけのわからないことが多すぎる。確かにそうっすね。桐生、邪魔して構わないか。広島の広瀬一家っていうと、あんたら陽明連合会の関係か？陽明連合会直系の舛添組さんか。その末端の組ですわ。ほいじゃが、うちの総長の広瀬徹は昔近江連合ともバリバリやりようとるけ。薩の旦那じゃったら名前くらい知っとるじゃろ。悪いけど聞いたことねえよ。なんなら東京のデカも大したことありゃせんのんじゃの。それよりな桐生、ちょっと遥のことでお前に話しとかなきゃいけないことがある。お前が広島に行ってる間に遥の病院を移させてもらったんだ。都内の警察病院にな。何かあったのか？ああ、前の病院に東上会を名乗る連中から遥を見舞いたいって問い合わせが何度も来るようになってな。東上会か？遥を？そう名乗ってるだけで本当に東上会の連中かどうかもわからねえ。とにかく俺も気持ち悪いんでな、人目につかねえように病院を移したんだ。一応念のためだが、遥の病室には誰も近づけねえように警備もつけている。遥の容体は変わりなしか？あいにくな。お前ももう少し落ち着くまで遥の面会には行かない方がいい。お前らが下手につけられて遥の居所が嗅ぎつけられりゃ、もう移す病院のあてもねえ。そうか。せめて遥の意識が戻ればいいんだがな。秋山はどうしてる？あいつも遥についててくれていたろ。遥を警察病院に移した時、秋山にも離れてもらった。あいつも中国マフィアに狙われる身だ。そうそうのんきに病院でじっとさせてるわけにもいかねえ。連絡は取れるか？ちょうど中国人のことで秋山に聞きたいことがあるんだ。いや、用がある時は向こうから連絡してくるって言うんでな。こっちからは連絡の取りようはねえ。でもお前が今さら秋山に聞きたいことってな？前に秋山と一緒にいた時、エドっていう中国人とやり合ってな。多分西洋界の中でも幹部クラスだ。秋山からそいつの居場所を教えてもらいたい。その後エドから西洋界が達川を殺した理由を聞き出す。なるほど。ただそういうのは警察の仕事なんだがな。まあお前に言っても聞きやしねえか。そりゃそうと今度は俺にも話を聞かせてくれ。殺された達川が神室町に来たいきさつとか、広島にいた時の様子、遥とのやりとり、何でもいい。悪いが俺も仕事なんでな。さっきの伊達千代でか。年は食っちゃるがなかなかの切れ者じゃったの。信用してもええようじゃ。そうっすね。伊達さんに任せておけば達川がなんで殺されたのかも掴んできてくれるんじゃないっすか。そうかもしれねえな。だが俺は一刻も早く遥の事故の真相が知りてんだ。黙ってじっと待つつもりはない。なんでそんなに急ぐんです？薩も達川の殺しを追い始めたんだ。いつ俺らを邪魔者扱いしてもおかしくねえ。伊達さんはともかく、結局警察ってのは組織の理屈で動く。例えば本庄ってデカは俺を犯人扱いできるとも匂わせてきた。なんじゃそれ。とにかく俺は自由に動けるうちに動いておきたい。まずは秋山を探してみる。前に秋山が隠れてた下水道に行ってみるつもりだ。お前らはここにいていつでも連絡が取れるようにしといてくれ。わしらはここで待機しておりますけ。気にせず向かって使うさい。桐生の兄貴、気をつけてください。誰だお前ら。把他包围起来，别让他逃走。要确定这家伙今天死在这里。中国人。ここでずっと秋山の帰りを見張ってたってとこか。話の通じる相手じゃなさそうだ。
看我把你这混蛋给剁成肉酱，再把所有的日本黑帮给杀得干干净净！他妈的，这男人到底是什么人物？大家散开，快跑！まだいるな。お前は逃げなくてもいいのか？どうも、桐生さん。俺ですよ。覚えてます？ん？ああ。前にこの場所を教えてくれたやつか。はあ、よかった。俺まで殴られるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてた。でも桐生さん、なんでまたこんなとこに？秋山さんなら前にあんたと出てったきりここには戻ってないよ。また秋山と連絡が取れなくなってな。あんただったら連絡つけられないか？できなかないけど少し時間がかかる。秋山さんも慎重なんでね。連絡が取れるまで何人かに話通さなきゃならないようになってんだ。ああ、あいつはまだ中国マフィアから狙われてるようだな。正直そこまでヤバいならカムロ町を離れた方がいいと思うんだけどね。秋山に俺の携帯へ電話よこすように伝えてもらえるか？分かったよ。少し時間をくれ。ああ、頼む。桐生だ。秋山です。連絡取れなくてすみません。何か俺に用があるとか？ああ。お前は今どこにいる？まあ転々としてますよ。カムロ町にはいますけどね。そうか。お前に聞きたいことがあるんだ。この間エドって中国マフィアとやり合ったな。あいつはマフィアの中でどの程度のポジションだ？採用会の中でってことですか？幹部ではあるみたいですね。ボスと直接口切るメンバーの一人だとか。やっぱりそうか。エドと話がしたい。あいつの居場所はわかるか？エドと話したいって？なんでまた？採用会がハルカの事故に絡んでいるかもしれないんだ。エドがいるのはアジア街です。そのど真ん中にあるでかい店がエドの仕切りなんですけど、なんだ？桐生さんが店行ってエドと話したいと言っても手下どもが通してくれやしません。その店は採用会の中心部です。連中を丸ごと潰しに行くのと変わりませんよ。なんならそれでも構わねえがな。極道から足洗った人のセリフじゃありませんね、それ。とにかく電話じゃなんです。今から会いませんか？いいのか？どこで会う？劇場前広場にアパホテルってのがあります。そこの6階の客室で。桐生さんはお一人ですか？ああ、一人で行く。わかりました。俺もすぐ向かいます。でも今度はつけられないようにしてくださいよ、桐生さん。分かってる。さっきから俺をつけてるのはお前らか？問答無用か。こいつら登場会の。どうなってんだ？なんで登場会の人間が俺を？秋山？どうも。ちょっとスパイみたいでしょ？でもこれ遊んでるわけじゃないですから。その割には楽しんでるように見える。本当の話、今の俺がカムロ町で動くには一苦労でしたね。それに今日はもう一人ゲストがいるんで慎重にと思いまして。ゲスト？人生一家の室田です。
命を救ってもらった恩は忘れてませんよ、桐生さん。お前、なんでここに？最近この室田君から俺の変装を見破られたことがありましてね。聞けば俺のことを桐生さんに教えたのも彼だったって話で意気投合したというか。俺らが気をつけなきゃいけないのは中国マフィアだけじゃありません。東上界の菅井ってのも穏やかじゃないんで、桐生さんにはこちらの室田君からそのあたりの話を聞いておいてもらった方がいいと思ったんです。どういうことだ？いやー、よく見りゃ本当に4代目だったんですね。あの後カムロ町に4代目が来てたって聞いて驚きましたよ。ただ東上界の上層部は驚いたっていうより動揺してました。それも結構激しく。動揺？今の東上界本家は会長代行の菅井さんと染谷の2人が主導権を握っています。理由はもちろん6代目が逮捕されて不在になったからなんですけど、でもそれが仕組まれたもんじゃねえかって噂があるんです。仕組まれた？順を追って話しますが、まずアジア街の火事です。あの日何か所かで同時に放火されましたが、未だに犯人は分かっていません。でもあの当時カムロ町でそんな組織的な動きができる勢力となると東上界以外にないんです。東上界のもんがアジア街に火を？ええ。そしてその焼け跡に入り込んできたのが中国マフィアの西洋界。当然東上界と島争いが始まりました。でその構想が収拾つかなくなると、薩はうちの6代目に責任かぶせて逮捕。トップ不在の東上界は相談役だった菅井さんに実権を握られることになった。噂の筋や菅井と西洋界はグルだったってんです。アジア街の火事は菅井が西洋界をカムロ町に引き込むためで、その後の構想は6代目を逮捕させるための茶番。そしてもし本当に菅井たちが大悟さんの追い出し工作をしてたなら、彼らにとって桐生さんは相当煙たいはずです。桐生さんが真相に気づけば大悟さんをはめた返しに来るって。だから俺はどうしてもこのことを4代目にお伝えしたかったんです。菅井と染谷にはくれぐれも気をつけてください。ここに来る前、俺は東上界の人間に襲われた。え？お前の言う噂話もまんざら的を外しちゃいねえようだ。わざわざすまなかったな、室田。恩に切る。ええ。それじゃ俺はこれで。東上界には今の室田君みたいに考えてるやつが他にもいます。ところが菅井と染谷が睨みを利かせてるもんで、誰も表立っては言えない。お前はどう思うんだ？菅井たちと西洋界がグルだって話ですけど、少なくとも今は本気で殺し合ってるようにしか見えませんね。最初は茶番だった構想がいつの間にか本物になったってことかもしれません。カムロ町は今めちゃくちゃです。俺がスカイファイナンスを再開しようにもこんな状態じゃどうにもならない。スカイファイナンスを？俺はこの町を生かす夢を持った人間に金を貸すためにスカイファイナンスを始めました。どん底だった俺を救ってくれたこの町に恩を返すためです。ところが東上界と中国マフィアの抗争に加えてジンゴン派が町中の風俗店を買い占めています。ご存知かどうか、スターダストもその餌食になりました。ああ、聞いている。こんな時にもし希望があるとすれば、堂島の竜が今またこの町にいるってことです。だが俺は。分かってます。桐
桐生さんが構想を収めるために来てるわけじゃないってことは。ただそれでも俺はあなたには期待しちゃうんです。すいません、今のはこっちの都合でしたね。アジア街のことは調べておきました。エドと話をするだけならわざわざ正面から乗り込む必要はなさそうです。迂回ルートがあります。迂回ルート？採用会のメンバーは半端な数じゃありませんから、人目を避けて忍び込みます。ところで桐生さんがエドに聞きたいことってのは？採用会が達川って男を殺した理由だ。達川？尾道の極道だった男で、最近は採用会の情報屋としてアジア街に出入りしていた。そしてそいつがハルトの父親だったらしい。え？じゃあそんな危なっかしいやつがはるかちゃんの？まさか。俺もまだ信じられない。だからそれを確かめるためにもエドと話がしたいんだ。なるほど、わかりました。俺がアジア街を案内します。いいのか？ええ、もちろん。アジア街の前でもう一度落ち合いましょう。本当はもう少し人数がいるといいんですけど。それなら尾道からちょうど仲間が2人来ている。そしゃ何度もご足労をかけて申し訳ないんですけど、後でまた。悪いな、待たせたか。桐生の兄貴、すんません。頭しこたま飲んじまって。これでも達川のこと可愛がってたんすよね。俺だって酔いたかったのに先に酔っ払われちゃいましたよ。ああ、まあお前らの気持ちは分かってるんだが、5万だぞ、その酒。は？1本5万はする酒だ。それじゃ50万？だからもうやめた方がいいって言ったのに。頭、ちょっと起きろよ、おい。なんじゃ？言うた踊れ。なんでもっと早う止めんのじゃ、バカだれ。達川なんぞのために50万も。まあつけにしてもらったんすから後で何とかするしかないでしょう。それより今はアジア街のことですねえ、桐生の兄貴。ああ、もう目は覚めたのか、南雲。当たり前じゃい。これから殴り込みっちゅう時にいつまでも寝ぼけとるわしやなあですわ。しかし韓国人のホストとやりようたと思うたら、今度は中国マフィアのアジトに殴り込みとは。ええですなあ、兄貴は。毎度喧嘩の種がようけ転がっとりますわ。けどその連中、達川はあんな殺し方した組織なんすよね。こっそり忍び込むっつっても本当に大丈夫なんすか？バカだれ。我は何しにカムロ町を組んだる目で出てきたんじゃ。こういう時のために体張りに来たんじゃろうが。あ？いや、無理はしなくていい。確かに命がけだ。相手は殺しを兵とも思ってねえ連中だからな。ほいじゃけどわしらにとっても達川の弔い合戦ですけ。お前もええ加減腹くくれや、言うた。へいへい。桐生の兄貴、それじゃもう出るんだ。そうだな。そろそろアジア街に行こう。おっしゃ、地獄の果てまでお供しますわ、桐生の兄貴。兄貴、アジア街じゃ。
秋山優馬ここらで待ち合わせじゃ？ああ。こっちです、桐生さん。少し距離を空けてついてきてください。南雲、雄太。あいつが秋山だ。ええ。へい。改めて秋山です。桐生さん、そちらの二人が広島の。ああ。広瀬一家の若頭南雲と若衆の雄太。春人の父親だった達川も前は広瀬一家の組員だったんだ。南雲じゃ。宇佐美雄太です。秋山さんのことは桐生の兄貴から聞きました。前はカムロ町の金貸しっちゅうことでしたの。前はね、今はまたホームレスに逆戻りでして。それより江戸の店に忍び込む作戦ですけど、まずはこの建物から入り込みます。いくつか建物の中を突っ切って、さっきの江戸の店の3階あたりの窓から忍び込んでくってのは俺の考えです。うまくやればほとんど中国人マフィアとやり合わずに江戸のところへ行ける。その江戸っちゅう中国人は今ちゃんと店におるんか？大抵はね。もしいなければ江戸が店に戻ってくるまでこっそり建物の中に隠れて待ちます。できたら願い下げな状況っすね、それ。同感だね。他にもやりようはあるんだろうが構わない。今はとにかく江戸と話さえできりゃそれでいい。それじゃ行くか、秋山。ええ。あ、そうだ。これ渡すのを忘れてました。ん？東上会の元4代目が西洋会に忍び込んだとなると騒ぎになりますから。気休めかもしれませんけど、いいでしょう、これ。またこれを被ることになるとはな。みんな考えることは同じなんすね。まず俺と桐生さんで先行して屋上へ行きます。それまでは南雲さんと裕太君はここで待機してください。さすがに4人全員で動くとバレちゃいますからね。屋上に着いたらロープを垂らしますんで、それを伝って登ってきてください。分かった。了解です。じゃあ早速行きましょうか。物音を立てずに静かにお願いしますよ。さて、招いた覚えのない客だ。何者かな？俺が誰なのかなんとなく想像はついてるんじゃねえのか。まさかとは思ってたが、その声はやはり桐生一馬。堂島の竜だ。俺を歓迎しろとは言わねえが、あんたには聞きてえことがある。相手してもらおうか。聞きたいこと？達川って男のことだ。あんたら西洋会に出入りしていた情報や奴を殺したのはお前らなんだろう。我々と言いますか、達川を殺したのはこの私だよ。なぜ達川を殺した？聞きたいことというのはそのことか。しかしあなたに何の関係が？俺の質問が先だ。達川のことはあなたにとやかく言われる筋合いではない。彼は西洋会を裏切った。達川を殺した理由は組織の掟に従ったまでのこと。桐生さんはヘイハイツという言葉をご存知かな？ヘイハイツ？
中国の一人っ子政策を逃れて生まれてきた子供たちのことでね。彼らは戸籍を持たず国家の管理も届かない闇の子供たち。しかしそのために最低限の生活すら国家に保障されない哀れな存在だ。一説によればその数は数億人。達川という男はそのヘイハイツの一人だった。中国人だったってことか。西洋会は多くの兵ハイツを日本にかくまい戸籍を与えて救ってやっている。達川が余命連合会の極道になったのもいつか我々の役に立つため。しかしあの男は子供の頃に受けた恩を忘れ組織を裏切った。その時から彼は我々の制裁を恐れていたはずだ。つまりは自業自得。達川がお前らにしでかした裏切りってのは何だ？さて、それこそあなたにお話しする義理はないね。どうしても聞きたければあの世で達川から直接聞くといい。この私が達川のもとへご案内して差し上げよう。キリル・カズマ、ぶっ殺してやる。ほら！わしらを忘れちゃ困りますぜ。キレの兄貴、助立ちします。これは久しぶりにいい運動ができそうだ。잠에지나 서다 저연대 주루. 桐生の兄貴、こいつがエド。ああ、達川を殺したのもこの男だ。エド、話してもらおうか。達川ってのはどういう男なんだ？なぜあいつを殺した？達川がお前らにした裏切りってのは何だ？往生際が悪いぜ。答えろ！お前らはいつか必ず殺す。その前に俺がぶっ殺してやろうか！ありゃ、マス添えか。マス添え。桐生の兄貴、踊れらようやってくれたの。たった4人でアジア街を引っかき回してくれよった。どうなってる？なんでお前がこんなところに？陽明連合会の幹部が中国マフィアとグルなのか？陽明連合会は広島で東上会と杯を進めてんだろ。なら
東上界と戦争している中国マフィアはお前らにとっても敵のはずだ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。何？俺はな、桐生さん、中身は生粋の中国マフィア。最初から西洋界の人間なんだよ。なんだと？それじゃお前も達川と同じってことか。達川は中国人のヘイハイスとかいう生まれだったって話だ。そして子供の頃から日本人になりすましていた。ああ、確かにそこまでは同じだよ。ただ俺は達川と違って西洋界を裏切りはしない。お前らは一体何なんだ？広島で何をしていた？この状況であんたが質問できる立場か。お前らこそ何のつもりだ？このアジア街に殴り込んだ理由は何だ？今すぐ全員で死ぬつもりがないならそっちから答えてもらおうか。お前らが達川を殺した理由を聞きに来た。達川があんたに何の関係がある？達川は広島で沢村遥って娘に春人っていう赤ん坊を産ませてカムロ町に姿を消した。遥は俺にとって娘も同然だ。沢村遥があんたの？そうか。それじゃ尾道であんたと一緒にいたあの赤ん坊が。マスゾイ、早くこいつらを撃て。何をもっていぶっている？落ち着いてくださいよ、エドさん。ボスが来てます。何？ボスがなんでわざわざこんなところへ？私は西洋界総帥のローというものだ。あんたが中国マフィアの頭ってわけか。ああ、そちらのことは舛添から聞いている。桐生さんは日本中のヤクザから一目置かれている人物だと。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地生长着不能被人知道的秘密。何？把枪放下来。桐生さん、私たちの出会いの形は決していいものではなかった。だがお互いメリットのある関係を築けるはずだ。もう一度頭を冷やしてから改めて席を用意したい。明日の夜、私とあなたの2人だけで。そこであなたの知りたいことのいくつかには答えよう。俺には悪くない話だ。だがそれであんたには何の得がある？まず私の持つこの店をあんたたちの血で汚さずに済む。そしてもう一つ、我々は今東上界との抗争を抱えているが、その裏に陽明連合会もついていることを承知している。桐生さんはその両組織のトップと対等に口を聞けるという。私がもてなす価値は十分にある。私の招待を受けてくれるか？ああ、わかった。いいだろう。
明日の場所は桃源郷ってソープだった廃墟ビルだ。ただしボスが招待しているのはあんた一人だ、桐生さん。ようわしら生きて返されましたの。ほんまなんで中国人たちはわしらを殺さんかったんじゃ。同感。もしかして舛添ってさっきの広島ヤクザいい人だったりする？いや、それはないわ。嫌味なやつじゃけ。わしは今まで散々な目に遭うとる。ほいじゃがあの舛添が中国人だったとはの。ヘイハイツとか言うとりましたか。達川といい舛添といい、一体どうなっとるんじゃ。ヘイハイツって何なんです？中国の一人っ子政策を守らないで生まれた子供たちってことらしい。エドはそう言っていた。ああ、聞いたことありますね。一人っ子政策って2人以上子供を産んだ親に重い罰金がかけられたりするんです。でも中国の田舎の農家なんかじゃ人手が足りないっつってこっそり2人3人って産んじゃうんですよ。ところが生まれた子を役所に届けてないもんだから戸籍も何もない。だから彼らは教育も社会福祉も医療も受けられない。あんた物知りじゃの。さすが東京もんじゃ。採用会はそのヘイハイツって戸籍難民を日本に密入国させてたってわけか。多分戸籍も偽造してやったりして日本人になりすまさせてたんでしょう。なんだろう、ヒューマンロンダリングとでも言うんでしょうかね。広島にはそのロンダリングされた中国人がゴロゴロいるのか。今までそんな話聞いたことないですけど、でも実際陽明連合会の中に達川と舛添の2人も紛れ込んでたんですよね。それが中国マフィアのスパイとして送り込まれてたわけですか。採用会と陽明連合会ってのはなんかつながりがあるんですか？わしらが知っとるわけないわ。わしらは所詮陽明連合会の末端の枝じゃけ。俺らは達川を追ってきただけなのになんか妙なもん釣り上げちまったってことか。桐生さん、明日本気でローの誘いを受ける気ですか？ああ、達川のことを聞き出すためだ。あいつが中国マフィアに殺された理由が何なのかわからない限り、遥の事故がただの事故だったとは言い切れない。もし誰かが意図的にやったことだとすれば、遥がまた襲われる可能性だってある。確かに。なるほど、そういうことっすか。ほいじゃが兄貴たった一人で大丈夫かいの？さっきあの場で殺されなかったんだ。明日俺が行ったところで命まで取る気はねえんだろう。ローが俺にどう出てくるつもりかは知らねえが、誘いを断る理由はね。わしらも行きたいとこですがの。達川と舛添のことといい、あの中国マフィアは広島にも何ぞ一物持っとるようじゃけの。あ、それで思い出したんですけど、ローが舛添に何か中国語でつぶやいてたの覚えてます？ん？俺達川から中国語を教わってたんで大体の意味は分かったんす。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地生藏着不能被人知道的秘密。何？ローのあの中国語は何て言ってたんだ？あいつはこう言ってたんです。あの尾道の土地には決して起こしてはならない秘密が眠っているからなって。決して起こしてはならない尾道の秘密。
カムロ町の構想はどうなんだ、東上会さん。いつまで長引かせるんだ。時期終わりますよ。関東一円の頭の皆さんにはお騒がせしてます。こうやって親睦ってのも結構だが、東上会がいつまでも中国人に舐められてちゃ関西に隙見せることになる。カムロ町は関東ヤクザの顔なんだ。しっかりしてもらわねえとな。いやね、俺らはあんたみたいな若い人に頑張ってもらいてえと思ってんだよ。諸先輩方には俺みたいな若輩を同席させていただいて感謝しています。噂じゃ堂島の竜がカムロ町に来てんだって。さすがお耳が早いですね。都政を抜けた人間にいつまでもでかい面させちゃダメだよ。これからの登場会は染谷さ。あんたの時代だろうが。そろそろあの老害には引っ込んでもらいなよ。老害？そりゃそうだろうがよ。昔はすげえ極道だったかもしれねえが、もう過去の話だ。男ってのは何をやってきたかじゃねえ、何をするかだ。口だけの老害の出る幕じゃねえってことよ。よう、もうその辺で。なんだよ。おい！なるほどな。それじゃあ結局例の達川がなぜ殺されたのか分からずじまいか。命がけでアジア街に乗り込んだにしちゃ見返りが少なかったな。だが達川が何らかのことで中国マフィアを裏切って殺されたってことまでは分かった。もしかしたらそこに遥の事故が絡んでくるのかもしれない。なんだそれじゃ西洋界の中国人たちが達川と関係のあった遥とその赤ん坊を見せしめに殺そうとしたってことか。もしそういうことならもう遥人をカムロ町に連れてくるわけにはいかない。伊達さんが遥を警察病院に移してくれていたのもいい判断だった。何にしてもまだ達川って男には分からねえことが多すぎる。それを確かめるためにも俺は今夜ローとまた会うつもりだ。そうか。しかし達川にしても舛添ってのにしても中国マフィアが広島に潜り込んでたわけだよな。広島に何があるってんだ。やっぱり伊達さんにも分からねえか。はあ、なんかもう言葉も出ねえ。いつの間にか俺らの周りに中国マフィアが紛れ込んでたなんてよ。達川なんて俺はガキの頃から知ってたんす。もう誰を信じていいのか分かんねえ。ローの言ってた尾道の秘密ってのも何なんですかね。さあな。だが俺が今知りたいのは西洋界が達川を殺した背景だけだ。それが遥の事故と関係ねえってんならもう俺らが西洋界に首を突っ込む理由はない。お前は染谷。踊れ。おい、こんなとこでよせ。まさか東京に来てまで踊れの面拝まされるとはの。何の用じゃこれ。カムロ町の女の味はどうでした？南雲さん。広島の田舎じゃ味わえないもんだったでしょう。桐生さんたちがホストクラブにいる間お楽しみだったとか。なんでそがなこと知っとるんじゃ。ここは俺ら東上界の町ですよ。お忘れですか？なんならあんたが店でどんなプレイしてたかまでここで話しましょうか？踊れ、このクソガキ。何しに来た染谷。お前は東上界の手下に俺を襲わせるだけで高みの見物だと思ってたがな。今日は4代目にお願いがあってきたんです。悪い話じゃありませんよ。何？単刀直入に言います。4代目
この俺と手を組んじゃもらえませんか？なんだと？四代目は昨べ西王界総帥のローに会われましたよね。アジア街にローが姿を現したと聞いています。同じ頃東上界の門がアジア街に入っていく四代目を見たと報告をしてきました。それでローと次に会うのはいつです？その時に俺をローと引き合わせてもらえませんかね？何を企んでる？ご存知の通り東上界は今ローの西王界とドンパチの真っ最中です。お互いまだまだ流れる血が足りねえってんで終わりの見えねえ泥沼だ。ところが手打ちにしようにもローはある事件が起きて以来ずっと地下に潜っちまって足取りがつかめないでいる。ある事件？聞いてませんかね？奴の息子ジミー・ローがカムロ町で殺された件です。ジミー・ローはカムロ町での実動部隊を動かす西王界の幹部でした。ゆくゆくはローの後継者となるはずが町の片隅でゴミみてえに殺されたんですよ。東上界が殺したのか？ローの息子。刑事さんの前で野暮なこと聞かないでください。オフレコにしといてやるよ。どのみち証拠がなきゃ警察は動けねえんだ。誰がジミー・ローを殺したのか知りませんよ。ただローは東上界がその殺しに絡んでいると思っている。だから東上界と西王界の抗争に幕引くにはこの俺がローと会う必要があるんです。俺をローと会わせてください、四代目。たまにはあんたも東上界のために役に立ってくださいよ。ねえ。けどが兄貴が踊れなんぞの言うことを聞くきりはなおい。兄貴はのローから大事な話を聞かんといけんのんじゃ。それじゃやっぱりまたローと会うことになってるわけだ。あ？染谷、その前に一つ答えろ。聞いた噂なんだがな、アジア街を焼き払って西洋界をカムロ町に引き込んだ人間が東上界内部にいるらしい。この話聞いたことは？ありますね。その噂によれば西洋界を引き込んだ人間ってのは菅井さんと俺です。その後お前らは西洋界とグルになってカムロ町の抗争を演出した。警察は抗争の責任を東上界6代目に押し付けて逮捕し、おかげで菅井とお前は東上界の実権を握ることができた。だが今になって作り物だった西洋界との抗争に本物の火がついちまったってことなんじゃねえのか。俺が聞いた噂によればの話だがな。もしその噂が本当なら俺や菅井さんは東上界の親に弓引いた裏切り者ってことになっちゃいますよ。馬鹿げた話です。ご質問には答えましたよ、四代目。それでどうします？協力してもらえるんですか？いいだろう。夜になったらまたこの店に来い。ローのところへ案内する。兄貴、ちょっとええんですか？ただしローには今夜俺一人で会うことになっていた。その約束を破る以上何が起きてもおかしくはない。結構ですよ。ありがとうございます、四代目。兄貴いけんよ。あの染谷の下道は抗争相手のローをやる気じゃ。もしそがな真似されたらもうローから立川の話聞けんようになる。ああ、だからこそ俺は染谷と一緒に動くんだ。あの染谷って男は危険すぎる。いつ何をしでかすかわからない。狂犬は放し飼いにするより近くで見張ってる方がいい。なるほど。孫子曰く友を近くに置け、敵はもっと近くに置けってやつですか。なんならそらかっこいいじゃないの。桐生さん、夜になったらまたあの染谷が来ます。
あいつを連れてローのところへ行けば何が起きてもおかしくありません。桐生さんは今のうちにいろいろ準備しといた方がいいですよ。ああ、そうだな。そしたら兄貴、わしらはここで待っとります。広島の方も気になりますけ、田頭や松永と連絡取っていろいろ聞いときますわ。これはまたお揃いでお出迎えいただいちゃって。染谷。約束通り来ましたよ。そちらは気が変わったりしてませんよね、4代目。ああ、安心しろ。ローのところへ案内してやる。兄貴、このバカタレがなんぞおかしな真似しよったらすぐわしらも行きますけ。いつでも呼んで使わさい。その面ボコボコにしたると。4代目、ローと会う場所はどちらで？前は桃源郷ってソープだったビルだ。ローはそこで待ってる。桃源郷？あんな場所にローが。何か問題でもあるのか？まあ、あの建物の中に入ればわかりますよ。ここだな、桃源郷。ローはもう俺が4代目と一緒にいることに気づいているはずです。約束と違うなんつってとんずらこかれなきゃいいんですけどね。どうだろうな。そうなりゃお前も俺もお互い無駄足だ。まあ入ってみてのお楽しみです。しかしこんな小汚い場所で出迎えもなしってんじゃ、ローもゲストへの礼儀ってもんが分かっちゃいませんね。ああ、それについちゃ同感だ。もう10年くらい前ですが、セラ3代目が死んだ後、登場界の跡目争いの構想がこの建物にも飛び火した。もちろんご存知ですよね。堂島の竜と島野の狂犬が暴れまくってダンプを突っ込ませたりめちゃくちゃだったらしいじゃないですか。ここを廃墟にしちまったのはあんたらですよ。ここ以外にもこの町にはあんたらが好き勝手やってぶっ潰してきた負の遺産ってのがゴロゴロしてます。そういう場所に入り込んでるのが連中みてえなたちの悪い半グレです。若い女をさらってきちゃやりたい放題やってるみたいで、ところが今は警察も登場界と中国人の抗争で手が回らねえ。でこんな町のど真ん中に無法地帯ができちまった。どうですよ、4代目も責任感じちゃいません？しかしこの建物の奥にローがいるとなると、そこのチンピラどもはローの元に下ったってことなのかな。ならこいつらはローのよこした出迎えか？その割には俺らと口を聞く気もねえらしいな。どうせこいつらから身のある話なんて聞きやしません。あんまりローを待たせねえうちにやってやりましょうや、4代目。桐生さん、あなた一人で来ていただく約束だったが、連れがいるのはどういうことだ？ロー。もっとも私は日本人の裏切りには慣れている。ちょうどそこにいる染谷さんのおかげでね。お久しぶりです、ローさん。こんな場所にいらしてたんじゃ、いくらアジア街を探ってもお目にかかれなかったわけだ。カムロ町には登場界の手が行き届いてない場所はまだいくらでもある。ここはその一つに過ぎない。なるほど。しかしいい加減うろちょろされると目障りなんですよ。あんたらの匂いが臭くてね。我々をこの町に招き入れたのはあんたたち日本の極道だ。私の息子を殺したのもな。そうか、
やっぱりあの噂話の通りか、染谷。お前らとローはもともとグルだった。アジャーガイを焼き採用界を引き込んだ後のお前らの構想は大悟を警察に逮捕させるための茶番。ええ。ですが今は見ての通り、俺らと中国人は戦争の真っ最中です。菅井さんが登場界の頭になり次第、用済みの採用界には消えてもらおうとしたんですが、なかなかしぶとくてね。改めて言いますよ、4代目。俺と手を組んでください。正直言うとさっきまでローはこの場で殺すしかないと思ってたんですがね。4代目と一緒ならローを生け捕りにすることだってできそうだ。それに俺がここでローを殺すとなりゃ4代目は止めるでしょう。あんたはローから聞き出さなきゃならねえことがあるってんだから。でも俺と一緒に奴を生け捕りにすりゃ話は後でいくらでも聞き出せる。俺もローを殺しちまうより生け捕りにした方が後々採用界の連中を支配しやすい。俺とお前で利害が一致していると言いてえわけか。ええ、違いますか。思ったより甘え野郎なんだな。例の噂によりゃお前らは大悟をはめて無所にぶち込んだんだったな。俺はあいつをガキの頃から知っている。極道と距離を置いていたあいつを登場界6代目に引き込んだのも俺だ。なるほど。要するに何があっても俺と手を組む気はねえってことですか。足は洗っても俺は結局根はヤクザだ。身内に手出した相手がどんな奴だろうがやられたらやり返す、そういう性分なんだな。あんたのそういう振る舞いが計算づくじゃねえってんだから恐れ入りますよ。ローさんの目の前で俺を倒せばあんたは採用界の信頼を得ることができる。今までもそうやって無邪気に動いてきた結果、あんたはその男気で敵も味方も魅了してきたんでしょう。自分の見せ方がうまい極道ってのは出世します。あんたがしてきたのと同じことを俺は計算づくでやってのし上がってきた。何が言いて4代目、俺とあんたはやり方が違うだけで案外似た者同士ですよ。笑わせるな。これは面白い出し物が見れそうだ。4代目が怠慢張ってくれるとなりゃこんな無粋なもんは使えませんね。今度は殺す気でやらせてもらいますよ。上等だ。来い。クソがおる。これが堂島の竜。俺もここまでですね。今からどうあがいたとこであんたらから逃げることもできねえ。
さあ、どっちが俺をやるんです？あんたか、それともローさんか。桐生さん、この場は私に任せてもらえるか。私は息子を殺されているんだ、このカムロ町でな。そうでしたね。言い訳をしないんだな。だがやったのはお前ら東上界の極道ではない。私の息子を殺したのは陽明連合会の黒幕岩見恒夫だ。岩見恒夫、クルス会長の息子が。あの男は東上界の頭を自分に都合よくすげ替えるために我々をカムロ町に引き込み道具にした。そして用が済むと私の命を狙い、息子はその巻き添えになって死んだ。なんだと？この染谷も東上界の菅井もその後ろに岩見恒夫がついているからこそのチンピラに過ぎない。つまりこいつらは殺す値打ちもない連中だ。そんなこと言ってると後悔しますよ、ローさん。あんた自分を殺そうとする男を消しもせず野放しにする気ですか？たったそれだけの理由で殺しをしなきゃならんのなら、私は寝る暇もなくなってしまう。私の命を狙う人間は星の数ほどいるんだからな。この場であんたを殺すことは簡単だが、それは東上界といううるさい蜂の巣をつつくようなものだ。他より少し大きいだけの蜂を一匹殺して私を狙う蜂を増やすのは馬鹿げている。俺がほんの少し大きいだけの蜂だと？そうだ。その上あんたは今殺されなかったことで私に大きな借りができるな。借りだって俺がそんな恩を感じる男じゃないと言ったら。それはそちらの自由だ。だがあんたを生かすことで私へのリスクは減りこそすれ増えることはない。なるほど。それが長年組織を相手に頭を張り続けてきた人間の考え方ってわけだ。だが岩見恒夫にはこう伝えてもらおう。息子の仇を取るためなら私は寝る暇どころか全てを失っても構わないとな。今日のところはいい勉強させてもらいましたよ、ローさん。4代目。桐生さん、あの男への扱いに依存はあったか？いや、何もない。私もあの男とのやり取りを見たおかげであなたという男を知ることができた。そもそもあなたをこんな場所へ招いたのはそのためだ。あいにくだが俺はあんたを知るためにここへ来たわけじゃない。達川のことを聞かせてもらおうか。俺がこんな場所まで来たのはそのためだ。達川はなぜあんたらに殺されなきゃならなかった？あいつがやった西洋界への裏切りってのは何だ？残念だが達川の裏切りを詳しく話すことはできない。あなたが西洋界に入って私に忠誠を誓うというなら話は別だがな。
何だと？もっとも達川の死の真相をあなたが知る必要はない。なぜなら達川はあの赤ん坊の沢村春人の父親ではないからだ。あの子の本当の父親は他にいる。なんでだ？なんでお前にそんなことがわかる？まさかお前は遥のことも知っているのか？私から今言えるのは、カムロ町で構想している組織にとってあの赤ん坊が重要な価値を持っていること、そしてその価値を知る人間がますます増えているということだ。春人の価値ってのは何だ？あの子の父親は一体誰なんだ？多分その電話には早く出た方がいい。あんたが思っている以上にあの赤ん坊の周りは切迫してきているぞ。あ、桐生の兄貴、雄太です。広島でまずいことが。何があった？清美さんから連絡があったんです。うちのおやつさんが春人を連れて姿消したって。広瀬の親分が春人？どういうことなんだ？俺にもわけわかんねえっす。もしもし、兄貴、聞いてますか？もしもし、兄貴。雄太、広島に戻るぞ。今すぐにだ。桐生の兄貴。待たせたな。あれから広島の状況は変わらねえか？何か新しく分かったことは？今も広瀬のおやつさんとは連絡が取れません。春人をどこかに連れてったきりです。あのおやつさんが土下した言うんじゃ。なんであん人が坊ちゃんを黙って連れ去ったりするんじゃ？ローが言うには、春人には何か隠された価値があるって話だった。そして春人の父親は達川じゃないらしい。なんじゃと？そんな。ローと話したことはおいおいお前らにも話す。今何より広瀬の親分を探さなきゃならねえ。ほいじゃが兄貴、さっきまた広島から連絡があったんじゃ。松永と高頭の話だと、本家の連中も広瀬のおやっさんのことを探しとるらしいんですわ。組の事務所に小清水が怒鳴り込んできたっちゅう話で。小清水？あの陽明連合会の若頭が広瀬の親分を。ようわからんが、ローって男の話を真に受ければ、坊ちゃんがなんや大きな事件に巻き込まれてるのは間違いなさそうじゃ。本家の狙いもおやっさんが連れてる坊ちゃんの方なんじゃ。とにかく広島に戻ろう。広瀬一家の連中、松永と高頭は無事なのか？大丈夫です。今本家に見つからないようモレノで鳴り潜めてるって言ってました。モレノか。危なっかしいの。広瀬のおやっさん探しとんなら、いずれあいつらも本家の連中に身柄抑えられそうなもんじゃが。たとえあの二人が広瀬の親分の行く先が分からなくても、広瀬一家の人間なら疑われるのは当然だ。どちらにしても急いで広島に戻ってモレノに行こう。カムロ町を出るぞ。お前らもすぐ支度してくれ。
兄貴、まずはモレノに向かってつかさい。松永と田頭がわしらを待っとりますけ。でも頭、本家の連中もおやっさんを探し回ってるって話です。あいつらが俺らを見つけたら面倒なことになるかもしれませんよ。今はあいつらに構ってる暇はね。そうじゃ、連中がわしらに何ぞ言うてきよったら無理にでも押し通ったる。相手が本家じゃろうが邪魔してくんならやるしかないで。おう、そこの踊りら止まれや。兄貴、あんなら本家の連中じゃ。やっぱり桐生じゃ。それに広瀬んとこの子分じゃの。広瀬のじじいはどこじゃ。隠すとためにならんで。話だけで済まそうって態度じゃねえな。お前らに付き合ってる暇はねえんだ。出直してもらおうか。踊れ、なめとるんかこら。さす桐生の兄貴、頭、雄太、みんな無事じゃったんか。おう、当たり前じゃろうが。ほうじゃけど、あの達川が殺された言うたり、平ハイツがどうたらどえらい話ばかりじゃけ。わしも高頭をぶち心配しとったんじゃ。もうなんじゃ、清ちゃんまでおったんか。桐生さんたちがここに来るって田頭君から知らせもらったの。ごめんなさい桐生さん。私が春人君を預かっていたのにこんなことになって。何を言うんじゃ清ちゃん。あんたの責任だなんて誰も思うてらせんわい。ほいじゃけど何があったんじゃ。清ちゃんはうちのおやっさんが坊ちゃんを連れて行くとこ見たんか。何にしても座ってつかさい。話せば長くなりますけ。夕方頃スナックを開ける準備してた時でした。広瀬の親分さんがフラッとうちに来て春人君の顔を見に来たんだって。親分さんが店に来ることは前からよくあったし、春人君もなんだかあの人には懐いていたみたいで嬉しそうに笑ってた。それで飲み始めてすぐ親分さんがタバコないかって言ったんです。でもちょうど切らしちゃってて、それで私春人君を親分さんにお願いしてお使いに。で清ちゃんが店に戻った時にはおらんかったっちゅうんか。うん。それだけなのか。最初は春人君を連れて散歩にでも出たのかと思ったの。でもカウンターに飲み台が置いてあって親分さんの携帯に電話したら店に置きっぱなしだった。何が起きたのかその時はまだ飲み込めなかったけど、いつまで経っても親分さん戻ってこなくて、それで松永さんに連絡して裕太君に電話したのはそのしばらく後。親さんなんかいつもと違う様子なかったかの。ううん普段通り冗談も言っていたし、いつも通りの親分さんだった。飲み台置いてったとこ見ると誰かに無理やり連れてかれたってわけでもなさそうっすね。カムロ町で俺はハルトのことで中国マフィアのボスローって男と話した。そのローがこう言ってたんだ。達川はハルトの父親じゃないと。そしてハルトにはカムロ町で抗争中の組織にとって何か重要な価値があるってな。じゃけ小清水の頭がおやっさん探しとるんも多分坊ちゃんを狙うてのことじゃ。ほいじゃあ
もしかしておやっさん、ハルトを誰にも奪われんように身隠したんじゃないかの。じゃったら清美さんに一言言うてってもええじゃろうが。キヨちゃんを巻き込みたくなかったのかもしれんで。いや、全部広瀬の親分に聞いてみないことには何もわからねえ。今確かなのはそれだけだ。くそ、おやっさん、どこにハルトを連れ出したんじゃ。桐生さん、本当にごめんなさい。私がしっかりハルト君のことを見ていなかったせいでこんなことに。いや、あんたは何も悪くない。でもそれよりあんたには一つ言っとくことがあった。え？カムロ町で染谷とやり合ってな。多分あいつとはいつか何らかのケリをつけなきゃならない。あの人と桐生さんがどうして？染谷は東上界の六代目を罠にはめて無所に送った。はめられた六代目は俺が極道の世界に引き込んだ男なんだ。すまない。あの人と私はもう他人だから。だがあんたらの間には子供がいるんじゃなかったか。私はその子を置いて染谷から逃げたんです。私は昔から逃げてばかりなの。この町からも高校を出てすぐ逃げ出した。この何もない町がずっと嫌だったから。それで東京に行ったの。向こうでは初めから水商売だった。銀座のホステスをしてちょうどバブルの頃、それまで見たことないようなお金を稼いで東京の人間になりきっているだけで楽しかった。そのままあっという間に30歳。いろんな客を相手にして世間の裏まで知った気になってた。そして悪い客に捕まった。肩書きは不動産の社長だって言ってたけど、知らないうちに私は借金を背負わされてて、しかもその人の後ろにはヤクザがついていた。そのヤクザが染谷だったのか。違うの。そのヤクザたちから私を守ってくれたのが染谷。染谷も客の一人だった。でも私が借金地獄に落とされそうになっているのを見て、その時染谷は何も言わずに体を張ってヤクザたちと話をつけてくれたの。染谷さん？どうしたのその格好。もうあんたがあの男に生き血を吸われることはねえよ。俺が成しつけといた。あいつはもう二度とあんたの前には現れない。東京から出てったよ。あんたにはもう借金もない。自由の身だ。しっかりしなよ。あんた俺よりずっと年いってんだから。私のために？どうして？
キヨちゃん、あの染谷とそがなことが。南雲くん、私のこと幻滅したでしょ。この町を捨てて東京でいい気になって騙された。バカな女だなって。染谷とはその後結婚してすぐに娘もできて、でもやっぱりあの人の女でいることは怖かった。子供のためにもヤクザから足を洗ってほしいって何度も頼んだけど、染谷は聞いてくれなかった。あの人がどこで何をしているか聞けば、男の仕事に口を出すなと怒られる。そして私が誰かの血のついた服を洗わされた夜、染谷はその手で優しく娘の頭を撫でていた。私にはもうあの生活は限界だった。だから染谷に黙って娘と一緒に逃げようとした。それを染谷は許さなかったんだな。あの人には私が何を考えているのかなんて全部分かってたの。逃げた先ですぐ染谷の子分に捕まって、娘を取り上げた染谷は初めて私に手を挙げた。何度も何度も。アンケート。それで私は娘が3つの時に置き去りにして染谷の元を逃げた。あの人は私が娘を連れ出すチャンスを二度とくれようとしなかったから。あの子が今幸せでいるのかそうじゃないのか、もう何もわからない。あの時逃げたことは今でも後悔してる。でもやっぱりあの時私はああするしかなかったの。暴力を振るう夫のもとにまだ小さな娘を残して逃げるしか。だからあの子の母親だなんていう資格は私にはもうないの。何を言いよるんなら、このバカタレが。え？あんたはなんちゅうバカなんじゃ。あ？親でおることに資格なんぞいるんか？自分が腹痛めて産んだ子じゃ。今でも会いたいんじゃろ。そがな他人面するんはやめ。南雲君、あんたが昔子供を置いて逃げたんは他にやりようがなかったんじゃろ。ほんでももしあんたが望むんじゃったら、わしが度外してでも染谷から娘を取り戻したる。子供にとって親はどこまで行っても親なんじゃ。勝手に親やめる資格こそあんたにはなあと違うんか。すまんのキヨちゃん。じゃがあんたに小川なことを言えんのは幼なじみのわしだけじゃけ。あんたにはしっかりしてもらいたいんじゃ。ありがとう南雲君。え？もしかしたら私はずっと誰かにそう言ってほしくてこの町に戻ってきたのかもしれない。行かなくていいのか、南雲。こっちのことはいい。お前はママについててやれ。いえ、
そうはいかんですよ。今はうちのおやっさんを探すのが先じゃ。何よりも坊ちゃんの無事を確かめんといけん。わしは広瀬一家の留守を預かる頭ですけ。頭、それわし考えとったんだけどな。なんじゃ。ここでじっとしとっても何もすまん。いっそおやっさんが行きそうなとこ、どこでもええけしがみつぶしに当たってみたらどうですかの。どっか心当たりがあんのか、松永。まあいくつかは。お前らもなんか心当たりの場所あるじゃろ。へい、なあこともなですわ。驚きるよ。小川んとこにおったんか。ふん、一人でええ度胸じゃの。陽明連合会か。広瀬のじじいはどこじゃ。お前らはなんで広瀬の親分を探してる。それとも本命は親分の連れてる赤ん坊の方か。ふん、ぐだぐだ話すより踊りの体に聞いた方が早そうじゃの。ここで蹴りつけたるど、桐生。堂島の竜がなんぼのもんか見せてみいや。なんじゃこれは。小川なことが。驚きるよ。もう立てずすまんど。今さら何言ってやがる。先に手出してきたのはそっちだぜ。おう、じゃったら殺せや。やってみ。こっちは死ぬ覚悟ぐらい特訓できとるんじゃ。ほら殺せ。はよやらんかい。くだらねえ芝居はよせ。大声出してるとこ見ると他にもまだ近くに仲間がいるようだな。お前らなんで広瀬の親分を探してる。知らん。わしらは腰水の頭に言われて動いとるだけじゃ。広瀬と赤ん坊を見つけて柄押さえろってそれしか知らんとじゃ。ほんまじゃ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。おい、舛添を知っているな。あいつは今どうしてる。舛添のおじき。東京でなんぞ仕事に行っとるはずじゃ。東京の仕事ってのは登場会の染谷と杯交渉とか言うとった。なるほど。だが多分あいつはお前らに嘘をついてる。何の話じゃ。舛添のおじきがなんじゃ言うんじゃ。いずれお前らにも分かる。踊れ桐生、いつかぶち殺しちゃると。これ以上痛い目に遭いたくなきゃおとなしく黙ってろ。すまない。あんたこの店の人か。あら、初めてのお客さんね。うちはめったに店開けとらんのによう小がなとこを見つけたね。それともどなたかのご紹介？このマッチを持ってた人を探してるんだ。へえ。広瀬一家の親分なんだが最近この店に来なかったが思ったより早くいらしたんですね、桐生さん。俺のことを誰かだ。広瀬の親分さんよ。今日店を開ける前うちに来てくれんさったんよ。なんだと。あーた宛てに伝言預かっとりますよ。これから龍南神社に来てほしいと。場所わかる？ああ、この間スナック清美のママに案内された。
清美さんね。やっぱり男は美人のママがいる店がええか。親分はここに来た時赤ん坊を連れてたか？ええ、かわいい子じゃった。そうか、わかった。助かったよ。いいえ、どういたしまして。人んちの庭で好き放題やってくれますの、桐生さん。小清水。あんたにはいっぺん広島の喧嘩味合わせちゃろうと思うとった。音に聞こえた堂島の竜が相手じゃ。つまらん喧嘩にはなりゃせんじゃろ。わしら広瀬のじいさんに話があっての、とある赤ん坊を探しとるんじゃ。あんたじいさんの居所知っとるの？ああ。ほう。俺もあんたに聞きたいことがある。ハルトを狙う理由だ。あの子に一体何の価値があるのか。本家若頭のあんたなら知ってるよな。とどのつまり、お互い聞きたいことは力ずくで聞くしかないっちゅうわけじゃ。そうみてえだな。あんたと会うてからずっとこん時を待っちょった。すぐ後悔することになる。望むところじゃ。まだまだじゃ。桐生、まだ終わっとらんじゃろうが。終わってねえと思ってるのはお前だけだ。あ？ちょっと兄貴、余計なこと言うけ。小清水にわしの顔見られたじゃないの。もう今さら遅い。よくこの場所が分かったな。ええ、わしらもさっきおやっさんの行きつけを思い出してスナック砂時計に行ったんですわ。そうか。それより小清水を起こせ。そいつに聞きたいことがある。そんな必要はねえよ。おやっさん。ハルト。小清水はそのまま寝かせといてやんな。どうせ大したことしちゃいねえから。桐生さん、あんたが知りたいことは全部この俺が知ってる。さてと、どっから話したもんか。まああれだ、まずは一言謝っとかなきゃいけねえな。桐生さん、あんたんとこの坊主黙って連れ出して悪かったよ。小清水たちが坊主のことを探し始めてたんでね。
俺もちょっと余裕がなかったんだ。ほいならほいで連絡くれりゃよかったんじゃ。わしら最初は親さんがハルトをさらったと思っとったんで。お前らをどこまで巻き込むかなかなか腹が決まんなくてな。どういう意味かいの？俺にはさ、ずっと前からお前らに隠してきたことがある。キルさん、あんたにもだ。沢村遥って女の子とそこの坊主はね、この町を出てからカムロ町で事故に遭うまでの間、ずっとこの俺が面倒見てたんだ。親さん、なんじゃそりゃ。わしらは今までそがのこと一言も聞いとらせんで。動画になっとんじゃ。誰にも知られないようにかくまってやる必要があったんだ。その坊主は生まれる前からいろんな連中に狙われる運命でね。あの達川が坊主の父親じゃなかったってことは、桐生さんが鴨野町で確かめた通りだよ。坊主の本当の父親は別にいる。そいつから坊主が受け継いだ血筋に価値を感じる連中が山ほどいるってわけだ。広瀬の親分、それじゃあなたはハルトの本当の父親を知ってるんですね。そいつはあんたもよく知ってる男だよ、桐生さん。この場にいる全員がよく知ってんだ。何？坊主の本当の父親はね、まさかお前が。宇佐美雄太。俺らの目の前にずっといたそいつが沢村春人の父親だ。何してるの、裕太君。その人、ゆうべお店に来てたお客さん。なんでそんなひどいことするの？ルポライターだってさ、こいつ。ずっとはるかちゃんのことをつけてたんだ。写真撮られたらまずいんだろ。この町の人たちはみんな何も言わねえけど、はるかちゃんがこういう奴らから隠れたがってるって事情も本当は分かってる。多分はるかちゃんもそれは気づいてたろう。特に南雲の頭なんかは芝居が下手だから。でも俺らはこれからもずっと何も知らないふりし続けるよ。この町の人間はみんなはるかちゃんのことが好きだから。裕太君。
気まずいだろうから、俺はもう清美さんの店には顔出さない。だからさ、できればはるかちゃんはずっとこの町にいてくれよな。宇佐美雄太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村春人の父親だ。嘘じゃろ。雄太、踊れ。何黙っとるんじゃ。なんとか言わんか、こら。すいません。お前が遥と。なんではよ言わんかったんじゃ、このバカタレ。踊れ、心当たりがあったんじゃろが。それをなんでじゃ。達川が春人の父親だって話だったから、まさか俺だとは。おう、ちょ待て、雄太。お前、はるかちゃんとそのゴムとかつけんかったんか。なあ雄太、嘘じゃろ。嘘じゃったら嘘と正直に言えや。自然とそうなったから。だって一回だけだったんす。まさか一回だけで。このバカだね。よせ。今はそんなことしてる場合じゃねえ。親分、俺には腑に落ちません。雄太本人も知らなかったのに、なんであなたは春人の父親が雄太だと。確かにそうじゃ。いろいろややこしい話でさ。な、そうだろ。なんじゃ踊れ。お前は舛添。なんでお前がここに。舛添。広瀬さん、約束は守ってもらいますよ。これで俺はもう採用会にも陽明連合会にも戻れなくなる。今あんたに見捨てられたら俺にはもう逃げ場がない。なら全部ごまかさねえで話せよ。そうすりゃどこでも逃げられるように俺からクルス会長に口聞いてやるから。話がまるで見えん。一体何ならこりゃ。なんで俺が雄太を坊主の父親と知ったかってとこまでだったよな。そもそもの話、一番最初に沢村遥の妊娠に気がついたのはこの松江と達川でね。それがなぜかっていうと、こいつら雄太のことをガキの頃からずっと監視していたからだ。雄太を監視？なんだよそれ。なんで俺が監視されなきゃいけねえんだよ。それはお前が採用会の後継者だからだ。ああ？宇佐美雄太は採用会の総帥
老の血を引く実の息子だ。何言ってんの？ローの息子はジミー・ローは3ヶ月前にカムロ町で殺されたはずだ。話が見えねえぞマス添え。ジミー・ローも正真正銘ボスの息子だが、宇佐美雄太はその弟。つまりジミー・ローがカムロ町で死んだことで、そいつは西洋界の正当な後継者になったんだよ。桐生さんたちにも分かるように説明してやるんだな、舛添よ。西洋界ってのは昔から弱肉強食の大陸を生き抜いてきた中国マフィアだ。だがその内部でもボスの座を狙って手下どもの裏切りが繰り返されてきた。だから西洋界のボスはその防止策として血の絆を何より重要視する。血の絆？血縁ってことか。ああ、組織の幹部は常にボスと血のつながった身内で固められる。あのエドもボスのいとこでな。そして組織の跡目を告げるのはボスの血を分けた子供だけだ。だがボスの後継者になる子供が2人以上いれば何が起きるか分かんだろう。跡目争いだ。後継者一人一人にそれを担ぎ出す派閥が生まれて、組織は敵味方に割れる。だからそれを避けるために西洋界歴代のボスは2番目以降の息子を遠くに送って隔離してきた。殺さずに生かしておくのは長男にもしものことがあった時後継者の保険になるからだ。雄太がその保険っちゅうわけか。そんじゃこいつも混じりっ気なしの中国人なんか。そんな話急に言われたって信じられるかよ。信じる信じないはそっちの勝手だ。だがお前は親のことを何も知らず物心つく前から施設で育ったろうが。俺と達川はそんなお前をガキの頃からずっと陰で保護してきたんだよ。真実に気づかせないように、死なさないように、何年もの間な。それが西洋界から俺たちに与えられた命令だった。俺たちは親に捨てられ西洋界に拾われた兵輩子だ。組織に与えられた人生しか許されねえ。それじゃ達川はそのために俺のダチになったのか。ガキの頃からずっと。あいつはお前に中国語も学ばせたろ。そう押し向けるためにお前好みの中国娘を手配したのは俺だったがな。それもお前が万が一後継者になる場合に備えてのことだ。俺たちはお前の全てをすぐそばから監視していた。何から何まで俺のことを見てたってのか。沢村遥との出会いから馴れ初めもな。なんなら全部この場で言ってやろうか。だからこそ俺たちは彼女が妊娠したことにもいち早く気づいた。バカなお前はその時も何も知らず能天気にしてたもんだ。それでお前は達川と一緒になってあの子に子供を下ろせって言ったんだよな。な。そうか。ほんなら清美さんはその電話を聞いたんじゃな。達川が赤ん坊を下ろせ言うとったんはその時のことだったんじゃ。血の絆を重んじる組織が日本人の汚れた血など許すわけがなかった。それに保険でしかない後継者の血筋が無駄に増えれば後々組織に災いを招く。
余計な目をつむこともお目付け役の仕事だ。踊れ、勝手なこと言いよってからに。だがその矢先、今から1年半前、沢村遥はこの町から忽然と消えた。そこの広瀬さんが俺らの前からずっと彼女を隠してたんだ。ですよね、広瀬さん。その時俺が真っ青な顔したあのお嬢ちゃんに会ったのは散歩がてらのほんの偶然だったんだよ。自分の選んだ男が中国マフィアのボスの子だのなんだのって聞かされてさ、その拙者に中絶迫られたそのすぐ後だぜ。普通でいられるわけねえよな。あの子が事情を話すまではえらく時間がかかったけど、まあ俺の方にはいくらでも暇があったからさ。あの子は自分の腹の中にできた小さな命をさ、でたらめな理由で殺すなんてことが許せなかったんだよ。てめえの都合で子供を振り回す親ってのに、なんか思うとこがあったらしいな。要するにその坊主にはめっぽう強い母親がついていた。俺はその母親に子供を産む時間と場所を用意してやっただけだよ。そのおせっかいのおかげで俺と達川は沢村遥を見失った。だが俺たちはそのヘマをボスには報告しなかった。所詮宇佐美雄太は保険の後継者で誰にも注目される存在じゃない。達川と俺が黙ってりゃ雄太本人でさえ知らないことだ。何もなかったことにして済ませられるはずだった。その後採用会がカムロ町に進出してきたが、俺と達川はそのまま隠し通すつもりだった。だがそうもいかなくなっちまった。老の長男がカムロ町で岩見恒夫に殺されたからか。ああ、そうだ。ジミー・ローが殺されたことで雄太は後継者の保険から本命に格上げされた。そして組織は雄太を採用会の後継者として迎え入れるために徹底的にその身辺を洗い始めた。つまり俺らの隠したヘマがバレんのは時間の問題だった。だから俺と達川はそれこそ血眼になって沢村遥の行方を追ったよ。組織に気づかれるより先に俺たちが赤ん坊を見つけてボスに報告するためだ。それ以外に俺たちの助かる道はないと思った。先に沢村遥と赤ん坊を見つけたのは達川だった。この神外町からそう遠くねえ偏僻な集落で広瀬さんにかくまわれていた。俺たちはそれを知ると全てをボスに報告し、報告を聞いたボスは何の躊躇もなく赤ん坊の始末を命じてきたよ。踊れら一体何じゃ。こがな赤ん坊本気で殺そうっちゅうんか。ああのローがそんな血なんてもんにこだわるくだらねえ男だったってのか。あんたから見りゃそのくだらねえことがあの採用会って組織にとっては何よりも大事な掟なんだよ。価値観の違いってやつだな。赤ん坊の所在を突き止めた俺たちは機会を待った。沢村遥と赤ん坊は広瀬さんから失踪したように見せる必要があったからだ。もし採用会に赤ん坊を始末されたと雄太が知れば、死んでも後継者になるとは言わねえだろう。だがそこで俺の予想もしてなかったことが起きた。
達川がボスから始末するように言われたその赤ん坊を西洋界に敵対する石見恒夫に売ることで寝返ろうとしたんだよ。達川は命令通り問題の赤ん坊を殺したところで西洋界に許される保証はないと踏んで石見恒夫を頼ったってわけだ。そして奴は俺の目を盗んで沢村遥と赤ん坊をカムロ町におびき出した。だがその後一体何があったのか。あの日カムロ町に出てきた沢村遥を引いて逃げたのは達川の車だったんだよ。達川が遥ちゃんを。あいつはなんでそんな真似を。これは俺の想像だが、あの事故は達川にとっても望まない結果だったはずだ。結局達川はあの事故で赤ん坊を取り逃がしたわけだからな。達川が遥を引いたって話、本当に間違いねえんだろうな。ああ、確かだよ。そして事故以来姿消してた問題の赤ん坊はいつの間にか堂島の竜の腕の中にいたってわけだ。くそ、一体何がどうなっとるじゃ。あとはあんたらも知っての通り、達川は西洋界に殺されたよ。赤ん坊を石見恒夫に売ろうとしたことがバレてな。あいつの殺され方見たか。そばで死んでた恋人の女はあいつが江戸に脅されながら自分の手でやったそうだぜ。江戸が笑いながらその時のことを話してくれたよ。江戸は女が死ぬのを達川にじっくり見せつけた後、喉を切り裂いて心臓をめった刺しにした。いくら西洋界に忠誠を尽くそうが、俺もいつ達川と同じ運命になるか分かったもんじゃねえ。何を泣きよるんじゃ。自業自得じゃろうが、バカだれ。俺が知ってることはこれで全部です。広瀬さん、約束通り俺をかくまってもらえるようクルス会長に言ってもらえますよね。南雲、坊主をしっかり抱いてろ。え？こいつらハルト狙ってるか。クソ、なんじゃ踊れら。みんな下がってろ。親分とハルトを頼む。へっ。兄貴、そう逃したらええんじゃ。頭、ハルトをわしに。南雲、坊ちゃん、すまん。みんな町の方へ出ろ。ハルトを頼む。エドラ・チャバラ社長だ。こっちや。
그놈은 건들지 마라. 내가 직접 처리한다. お前半純期なんでお前がここにくそそこをどけ邪魔だ형님, 아기를 빼앗았으니 이제 그만 가시죠. 桐生さん、あなたとはこんな形で再会したくはなかった。今日はこれで失礼します。ユウタ。ああ、兄貴。ハルトはどうなった？それが俺も途中ではぐれちまったんで、ハルトのことは頭が連れて逃げてます。うまく連中を振り切っててくれればいいんすけど。どうなったかわからねえってことか。ええ、でも組の事務所で待ってれば連絡があると思います。兄貴。兄貴。俺のこと怒ってますよね。はるかさんのこと。おお、兄貴、やっぱりこちらでしたか。南雲、ハルトは堪忍してください。さっきの連中に奪われてしもうたんじゃ。なんだと？あいつら坊ちゃんを奪った後、船に乗り込みよった。船って、それじゃ追いかけらんないじゃないですか。なんで蘇我にすぐに諦めるんじゃ。踊れはあの子が動画になってもええんか。いいわけないでしょう。けど俺はもうさっきから頭ん中ぐちゃぐちゃで、急にハルトが俺の子供とか、中国マフィアのボスが親だったとか、マジでわけわかんねえよ。しっかりせんかバカだれ。今いいののやつに船を用意させとるけ。あいつは漁協の連中も捜査に手貸すじゃろう言うとったで。さらわれたんはあのはるかさんの赤ん坊じゃけ。兄貴、聞いての通りじゃ。船まで案内しますけ。おやっさんたちも向かっております。はよ。ああ。おい、何しとるんじゃ言うた。何しとるんじゃ言うた。踊れ、ふぬけとる場合か。言うた。こんなガキ。兄貴。誰よりこいつにムカついてるのはこの俺だ、南雲。ユウタ、俺が今何に一番怒ってるのかわかるか？お前がはるかとやったことでも、それを隠していたことでもねえぞ。じゃあ何なんすか？これまでのお前なら目の前で赤ん坊をさらわれりゃ
一も二もなく助けてって立ち上がったはずだ。南雲たちのようにな。なのに今お前が立ち上がれない理由は何だ？自分にマフィアの血が流れてるからか？それともお前のその血をハルトも引いているからか？だがどっちにしたって同じことだ。そんなくだらねえもんに惑わされてるんじゃねえ！兄貴。自分が誰の血を引いてるかで生き方を変えるな。誰の血を引いているかで人を見るな。それができねえようじゃお前も結局ローと何も変わりはしねえぞ。俺は命に変えてもハルトを取り戻す。お前はそこで指くわえて見てりゃいい。だがそん時は二度と俺の前に面は見せんな。わしが言いたいこと兄貴が全部言うてくれたわ。よし、こっちはいつでも出れるで、南雲。待ってくれ。あ？俺も連れてってください。お願いします。言うた。俺はあいつを助けてやりてえんです。なのに俺はあいつがさらわれて今どうなっちまうかわからねえって時に余計なことばっか考えてた。俺はハルトのおむつ何回も変えたんすよ。うんこもしょんべんも何度も引っ掛けられた。でも変えりゃその度にあいつは笑ってくれたんです。俺はもっともっとハルトの笑ってるとこ見たいです。ハルトは俺の子なんです。だから俺も一緒に行かせてください。当たり前じゃ。はよ乗れや、このバカだれ。ええじゃろ兄貴。バカ野郎、野暮なこと聞くんじゃねえ。わかりました。どうも本に来ますわ。漁協の仲間が怪しい船を見たそうじゃ。間違いないで。赤ん坊はそいつらがさらってったんじゃろう。そいつらどこに向かったんじゃ。操船所が沖に浮かべとる資材があるじゃろう。どうやらそこに紛れとったらしいで。資材に紛れてった。どういうことだ。まあ見たらわかりますわ。確かに船ごと身を隠すにはもってこいの場所かもしれん。そういや舛添はどうした。神社で襲われた時逃げたきりですわ。
ほっとけええんじゃけど、おやっさんもあんなんかくまう必要ないじゃろうが。まあそう言うなよ田頭。しかし坊ちゃんさらってった連中は何者なんじゃのう兄貴。あいつらは人言派だ。連中の中に半純義がいた。間違いない。あいつが広島に？誰がさらったにしても黒幕は岩見恒夫だろう。親分、俺にはまだよくわからねえことがあります。なんだい？この尾道と西洋会とのつながりです。あ？雄太はガキの頃からこの尾道にいたって話でした。舛添達川って平ハイツの2人も昨日今日尾道に潜り込んできたわけじゃない。西洋会と尾道の間にはずっと前から何か因縁があったはずです。さすがだね。けど因縁はあんたが思ってるよりもずっと古い。うちのクルス会長と西洋会との付き合いは戦前からあったらしいね。戦前言うたら70年以上前じゃ。会長はともかくローはそこまで年いっとらんじゃろ。おう、だからその頃の西洋会の頭はローの先代だよ。で戦争で一旦切れていた付き合いがまた始まったのが30年ぐらい前だな。西洋会はローに代替わりしてた。30年前。その時2つの組織をつないだのはさ、ヘイハイツの密航ビジネスだよ。ヘイハイツってのは戸籍のない中国人の子供たちだ。ローはその子たちを尾道に密航させてよ。クルス会長がその受け入れを頼まれてさ。しかも会長はそのヘイハイツの子供たちに闇で日本人の戸籍を作ってやってさ、ざっと1万人ぐらいの子がそうやって日の目を見ることができたんだ。俺も若い頃はその授業を手伝ってたよ。おやっさんもそうがわなこと初耳ですわ。お前に言ってねえことなんかまだ山ほどあんだから。親分、そのヘイハイツの件にはクルス会長の息子岩見恒夫も絡んでいたんですか？ああ、常もローと話す機会はあったろうな。そうか。それが尾道と西洋会を結ぶ因縁だったってことか。その因縁じゃったらもう一つあるじゃろが兄貴。これアジア街でローが中国語でつぶやいとった尾道の秘密いうやつじゃ。毕竟那伟大的土地生藏着不能被人知道的秘密。なんだそれ、聞いたことねえな。いや、わしそれ少し心当たりありますわ。なんならクルス会長がやたら政治家に顔が利くっちゅう話なんですけど、地元の政治家だけとちゃいます。そのもっと上の連中、昭和のフィクサーいう日本の黒幕とも太くつながっとるっちゅうんじゃ。それが会長がなんや説明のつかん力を持っとるおかげじゃろうって。尾道の秘密っちゅうのはそのことなんじゃ。なんじゃその昭和のフィクサーっちゅうのは。もしかして大道寺実っすか？大道寺。おう、確かそんな名前のはずじゃ。よう知っとったの。前にテレビでやってたのを見たんで。戦後なんか事件があるととりあえず何でもそいつのせいだって言われた嫌われ者のじいさんですが、陰で日本の政治を操っとるっちゅうて、オイルショックもバブル崩壊も全部そのフィクサーの陰謀なんですわ。くだらんよた言いよって、どうせ踊れの話はまたどっかの雑誌ネタじゃろうが。おう、
見えてきたで。あそこじゃ。兄貴、あれは造船に使う資材じゃ。わざわざ陸にでっかいの積んどくより広い海で浮かべとく方が移動やらなんやらで便利なんじあそこにハルトが。よ、桐生さん。悪いが俺といいのは船で待たせてもらうよ。ええ、もちろんです。なあ、お嬢ちゃんたちのこと隠してて悪かったな。俺も迷っちゃいたんだけどよ。坊主が無事でいるうちは俺なりにいろいろ確かめたいことがあってね。まあ結果がこのざまだけどよ。坊主のこと頼むよ、桐生さん。それとさ、いつだったかお嬢ちゃん、親として坊主を育てる自信がついたら沖縄に帰りたいって言ってたぜ。はるかが？あの子があんたにも黙って消えたのはさ、いつかあんたのところに帰るためだったんだよな。必ず俺たちでハルトを無事に取り戻してきます、親分。先ほどはどうも。赤ん坊は大事に預かっていますよ、桐生さん。お前、半純義。ですが今日はお招きした覚えはありません。今すぐお引き取り願います。その上であなた方にはやっていただきたいことがあります。それさえ済めばハルト君は傷一つつけずにお返ししますよ。俺たちにやらせたいこと。正確に言えばそれができるのはユウタ君だけです。お近くにいるようでしたら彼にお伝えください。採用界のローを殺すようにと。なんだと？ユウタ君なら父親であるローを警戒させることなく近づけるでしょう。ですが我々にはローの所在をつかむことさえ非常に難しい。実際アジア外にあなた方が乗り込んでいった時、あのローが姿を現したのは実に2ヶ月ぶりのことでした。そういうことだったのか。お前らはユウタにローを殺させるためにハルト。期限は3日。ユウタ君もローを殺せばさすがに生きては戻れないでしょう。しかしもしやっていただけないのであれば。ハルトを殺すのか。まだ言葉も喋れねえ。一人で立つことさえできねえ赤ん坊。お前のスポーツマンシップであるはどこに行った？男として美しくありたいとか抜かしてなかったか。くったらねえ真似する前に俺とケリをつけろ。半純義、こっから先お前に会いに行くのは俺一人だ。だがそっちは何人いようが構わねえ。お前も男だったら逃げずに受けろ。聞いてんのか？わかりました。桐生さんがお一人でいらっしゃるとあってはお迎えしないわけにはいきません。私のところまでたどり着ければの話ですがね。お待ちしています。桐生の兄貴、どうなったです？今の電話、半純義からですよね。聞いてた通りだ。こっから先は俺一人で行かせてもらう。兄貴、いかんですって。まだ相手は何人おるかもわからんのじゃ。いくら兄貴でもたった一人じゃ。全員で行けばハルトの安全は保証されねえ。他の交渉材料を思いつく時間がなかった。すまん、ハルトは必ず俺が取り返してくる。俺に任せてくれ。ハルト。おっしゃってた通り、本当にお一人でここまでいらしたんですね、桐生さん。そっちは何人いても構わねえと言ったはずだぜ。あいにく残っているのはもう私一人だけです。
どのみち人軍派という組織はこれで終わりでしょう。一つだけ確かめておきたいことがある。お前らをバックから動かしているのは岩見恒夫で間違いねえな。ええ、アジア外の火事があった後、我々に近づいてきたのが岩見恒夫でした。東上界と西洋界の構想を煽れるだけ煽ってほしいとね。なるほど。その見返りに受け取った金でスターダストを買収したわけか。彼は金払いのいい男です。こちらもその分の仕事はしましたがね。あいにくローは取り逃しましたが、息子のジミー・ローを殺したのも我々です。何？そうそう、あの達川君とも仕事をしましたよ。あの日カムロ町で達川君が沢村遥を車で引いた時は私もあの場にいました。なんだと？達川君が赤ん坊をさらうのを見届けるのが我々の役目でした。目的は今回と同じように裕太君にローへの刺客となってもらうためです。ならなんで達川は遥を引いた？達川君はドジを踏んだんですよ。誰もあんな結果を望んだりはしていません。あの事故の数日前、達川君は広瀬の不在を狙って沢村遥の前に姿を現しました。身を隠していた彼女には衝撃だったはずです。しかし達川君は何よりもまず沢村遥に敵意がないことを示しました。組織に逆らってでも彼女たちを助けたいのだと、そのためにもっと安全な場所に逃がしたいのだと塩らしく訴えたそうです。その気になればいくらでも手を出せる状況で自分たちに手を出してこない。その上達川君は彼女に赤ん坊を連れてカムロ町に向かうよう伝えただけでその場を立ち去りました。そんな彼をお嬢さんが疑いきれなくても責めることはできないでしょう。達川はなぜ遥をわざわざカムロ町におびき出した？沢村遥が隠れていた集落は非常に狭く、事を起こせばすぐ騒ぎになります。しかし裕太君を刺客として牢へ放つまでは赤ん坊の誘拐を誰にも知られるわけにはいかなかった。その点カムロ町なら誘拐の舞台にうってつけです。たとえ悲鳴を上げられようがあの町では誰も気に留めません。そしてあの日、カムロ町のある地下駐車場で達川と落ち合った彼女は赤ん坊と一緒に車に乗り込むよう言われました。その車に乗せさえすれば達川は彼女たちを岩見恒夫の下で監禁できたでしょう。しかしだからこそ沢村遥はその土壇場で達川を信用することができなかったようです。そして어떻게 된 거지? 타츠카와는 뭐 하고 있는 거야?もしあの時彼女が車の衝撃で手を離していれば赤ん坊はコンクリートに叩きつけられていたでしょう。しかし彼女は決して子供を離そうとはしなかった。
母親の強さというのは大したものです。そうか。てめえらがはるかを。あれは事故ですよ。それに我々はただ岩見恒夫の指示で動いただけです。半純義、お前がそこまで話すってことは俺に殺される覚悟ができたってことか。いいえ、ただあなたを殺してしまった後では何も教えて差し上げられないと思いましてね。それではさすがに気の毒です。ですがこれで思う存分あなたとのケリをつけられる。ここに我々を止める者はもう誰もいません。思う存分殺し合いができますね、桐生さん。望むところだ。これがジングオン派の最後の払いだ。待たせ悪かったな、ハルト。桐生さん、やはりあなたには私が自分の誇りにかけて戦うだけの価値がありました。あなたにだったら殺されても悔いはありません。子供の前でそんなくだらねえ真似をするつもりはない。いつまでそんな甘いことが言えるのか。岩見恒夫もローもその赤ん坊の命を何とも思ってない男たちですよ。彼らはどんな手でも平気で使ってきます。それでもあなたは泥沼の殺し合いにどっぷり浸かりながら筋を貫いていくんでしょうね。あなたならいつか尾道の秘密にもたどり着けるかもしれない。尾道の秘密か。何だって言うんだそれは。誰が何を隠している。隠しているのは陽明連合会のクルス会長です。そしてその秘密をあの老人が独占していることにこそ広島の力の根源が。お？兄貴！桐生の兄貴、ようご無事で。
ハルトは取り返してきたぜ、ユダ。ああ。ハルト。ごめんな。ごめんな、ハルト。怖かったよな。俺のせいでお前とお前の母ちゃんは。おう、やるぞもう。帰るぞ。反純義が撃たれた。ああ、誰にどこから撃たれたのかは分からなかった。犯人はその後すぐに消えちまったようだ。そいつも常雄の手のもんだろうな。しくじった半純義にけじめつけたってことか。撃たれる前、半純義は尾道の秘密を隠しているのがクルス会長だと言っていた。西洋界のローも尾道の秘密を気にかけてた。その秘密ってのは俺らが思っているより石見常雄や西洋界の殺し合いに深く関係しているのかもしれない。ほいじゃあうちの会長が何もかも裏で糸引いとるっちゅうことですかい。いや、クルス会長と常雄の親子は別個に分けて考えた方がいいな。特に常雄ってのは見かけほど父親の言いなりじゃねえんだ。どういうことです？もともと会長は常雄に裏の家業を継がせる気はなかったんだ。で、陽明連合会の跡目は小清水に継がせるつもりで若頭につけたんだけどな。ところがどっこい、いつの間にか常雄はその小清水を手なずきちまって自分のいいように動かしてる。石見常雄はありがちな野心家の2代目だけどさ、それが案外無能じゃねえってのが厄介でね。クルス会長も苦い顔してるよ。親分はクルス会長とはどういう。まあ茶飲み友達みたいなもんかな。ほんまですかい？年取るとじじい同士でしか話せないこともあるからよ。ただそれでも俺は尾道の秘密なんてもう会長から聞いたことがなくてね、いまいちピンとこねえんだよな。ありもしない秘密が噂だけで一人歩きしているってことかもしれません。それより兄貴、ハルトは今夜どうします？ここに置いとってもまた本家の連中に狙われるかもしれんで。とりあえず今夜は俺のアパートに連れて帰る。この町はあそこが一番マシだろう。あ、そうっすか。お前も来い。狭いとこだが何とでもなる。いいんすか？ああ、遠慮なんかするな。ありがとうございます。不思議なもんすね。兄貴は血なんてくだらねえもんだって言ってましたけど、やっぱり自分の息子だって思うとなんていうか、こいつを守るためだったら本当俺自分なんかどうなっても構わねえなって。そうか。俺はガキの頃ずっと荒れてました。物心ついた時には施設に入れられてて、ダチといえばそこの悪ガキだった達川くらいでした。自分を捨てた親を恨もうにもその顔も思い浮かばねえ。もうどうでもいいって思ってましたよ。そんな感じだったんで、広瀬一家の杯受けたのも達川に誘われるままだったんです。あれは今思えば舛添と一緒になって俺を監視しやすくするためだったんですよね、きっと。
でも俺は広瀬一家で初めて家族ってもんを感じたんです。広瀬のおやっさん、南雲の頭、松永の兄貴、田頭。その頃は達川もマジで家族だったんです。小せえ所帯の組でも俺は広瀬一家のもんとして自分がいてもいい場所があるってのが嬉しかった。遥かもお前と似たような生い立ちだ。ええ、彼女から話聞く前からそれはなんとなく感じてました。人との距離感とか接し方とか、そういうのを見てると分かっちまうんです。血のつながりってのに甘えることができなかった。俺と同じ苦労をしてきた子なんだってのが。なのにその遥ちゃんが俺の血のせいでひでえ目に。広瀬一家の家族にも俺は遥ちゃんとのこと隠してえらい迷惑をかけちまった。ずっと彼女と春人をかくまってくれたおやっさんにはもう言葉もねえ。だからきっちり俺がけじめをつけねえと。どうしたいんだお前は。明日カムロ町へ行きます。ん？西洋会に乗り込んでローと話をつける。春人のことも俺のこともきっぱり諦めるように話してみたいんです。簡単に済む話じゃねえことは分かってます。でもそうしない限り遥ちゃんも春人もずっと付け狙われちまう。俺も同じことを考えてた。お前は自分のその意思をはっきりローに伝えろ。そして奴がもしそいつを飲まねって言うなら俺がこの手で西洋会を潰す。兄貴、俺とお前二人でケリをつけるんだユウタ。はい。おお、兄貴お疲れ様です。よし、お疲れ様です。広瀬の親分は？いや、またフラッとどっか行っとるようで今おりませんわ。おやさんに何か用で？そういうわけじゃないんだが、これから俺とユウタでカムロ町に行く。春人も一緒だ。カムロ町に？ああ、西洋会に話をつけにな。俺の実の父親ってのと縁を切りに行ってきますよ。自分の息子を守るために父親となしつけなきゃならないってのもおかしな話っすけど。ほいじゃあわしも行きますけ。チート待っとってつかさい。支度します。いや、今度は俺とユウタの二人だけで行く。お前らは広瀬の親分についててくれ。陽明連合会の出方次第じゃ広瀬一家ものんきにしてらんねえはずだ。え？なんでですか？ゆうべ腰水をビール瓶で殴ったのはお前だろ。まだ本家からは何も言ってこねえのか？ええ、本家は今それどころじゃなあですけ。ん？何かあったのか？朝舛添の死体が見つかったんですわ。眉間に玉くろうて海に浮いとったらしいで。なんだと？西洋会に消されたっちゅうことですかいの。あいつも達川と同じように組織から抜けようとしとったんじゃけ。わからねえ。だがゆうべの半純義も銃で撃ち殺された。もしかしたら二人を殺したのは同じやつかもしれないな。なんや不気味じゃの。尾道もカムロ町もどこにおっても安心できんちゅうわけか。桐生の兄貴。こっちもいろいろ心配っすけど、そろそろカムロ町に向かいませんか？俺はもういつでも大丈夫っす。兄貴の準備ができ次第すぐにでも行きましょう。ユウタ、まずはセレナに行くぞ。アジア街に行くならハルトは連れて行けない。伊達さんに安全なとこでかくまってもらう。ええ。ハルト君久しぶり。ママ、また面倒かけることになりそうだ。
伊達さんは？あの人に用ならすぐ呼ぶけど。ああ、頼む。ハルと伊達さんに少し預かっててもらいたいんだ。できたらこの店以外のどこかで。え？もしかしたらハルトを狙う奴が襲ってくるかもしれない。あ、わかった。ちょっと待ってて。こいつがハルかとな。でもよ、本当にこいつなのか？俺だとなんかまずいんすか？ハルカのことはガキの頃から知ってるんでな。広島の若いヤクザとそんな風になるなんて思ってもみなかった。おまけに俺は中国マフィアのボスの子ですよ。分かったよ。桐生が何も言わねえのに俺が愚痴ってもしょうがねえやな。っていうか桐生、お前はいいのかよ。俺はもうこいつの鼻がもげるほど殴ってやったんだ。なんて、やっぱりそうだったのか。伊達さん、ハルトの保護頼めるか？ああ、なんとかする。そっちは任せておいてくれ。それよりカムロ町で動きがあったぜ。尾道から岩見恒夫が出てきてるぞ。何？いつこっちに？昨日東上会の本部で菅井と会ってるようだ。他にも陽明連合会の極道らしいのもカムロ町に集まってきててな。そのせいかアジア街の採用会もピリピリしてる。嵐の前の静けさって感じだ。岩見恒夫はカムロ町に何しに来た？前にお前から聞いた小水と染谷の杯は流れたって話だったんだが、またそれを仕切り直しに来たのかもしれん。あいにく詳しいことはわからない。ああ、じゃあ俺ちょっと電話してみます。うちの親父さんならなんか知ってるかも。兄貴、ハルトのこといいっすか？ああ。なあ桐生、採用会となしつけるっつっても今ってのはタイミングとしちゃ最悪だぜ。アジア街の警戒レベルはかなり高くなってんだ。もう少し待てねえのか？そうも言ってられねえさ。半順義に増す上どんどん死人が増えてんだ。おい、あいつ戻ってこないな。電話まだ終わらねえのか？ユータ、こいつはユータの。どうした桐生？ユータがいない。どこかへ消えた。消えたって？おい、まさかあいつ一人でアジア街に？わかるね。だってさ、悪いがハルトを頼む。ああ。你们都知道我是谁，对吧？我来见我老子。如果他不在，我可以等。把两手张开。别碰我！现在到我。没酒就没法子跟老爹说话。
ようクソ親父、一杯付き合えよ。もしもし。兄貴、南雲ですわ。そばに雄太おりますか？どうした？遺書が事務所に、雄太の遺書が事務所に置いてあったんじゃ。何？ゴミ箱に入っとったもんで気づかんかったんじゃ。兄貴、あいつ死ぬ気じゃ。ローと差し違えて坊ちゃんを守ろうとしとるんじゃ。後で電話する。くそ。雄太！皮六来了，快阻止他！老大现在在店里，别让日本黑帮进去！你来我就杀了你！邪魔だ！どけ！またお前か！待て、その先には行くな。ローもここにいるんだな。雄太はどうなった？あのガキが火をつけたんだぞ。あのガキが。雄太はこの奥だな。さっさと逃げろ。こんなとこで焼け死にたくねえんならな。雄太！桐生の兄貴。お前がロー。俺もたくましくなったもんでしょ。兄貴のおかげで随分修羅場をくぐってきましたからね。最初からローと二人で死ぬ気だったのか、雄太。そんなんで全部解決するとでも思ったのか。あいにくですけど、ローと俺が死にさえすればもうハルトを狙う奴はいなくなります。全部解決ですよなあ。どうせ私が何を言っても聞く気はないのだろう。まあね。ようクソ親父、一杯付き合えよ。どうやら全てを知ったようだな。あんたがハルトを始末しようとしてることも全部な。それをゲロった舛添はあんたがやったんじゃねえの？舛添が死んだ。それでお前はここに何をしに来た？だから言ったじゃないの。あんたに一杯付き合ってもらいてえって。ガソリンか。あんたら採用会には俺のこともハルトのこともすっぱり諦めてもらう。俺はあんたの後継者なんてもんには死んでもならないよ。だから私を殺し自分も死ぬか。短絡的に過ぎるな。私との交渉次第では
自分も助かる選択肢がどこかにあるはずだ。交渉しに来たんじゃねえよ。頭使うのは苦手でね。俺にできんのはせいぜい自分のガキのために命張ることだけだ。もう言ってください。兄貴まで俺らの心中に付き合う必要はねえ。お前が死んだらハルトはどうなる？もう誰にも狙われなくなりますよ。俺もローも死ねば採用界の跡目はまっさらに仕切り直しです。他になりたい奴らが殺し合いでも何でもして勝手に新しい跡目決めるでしょ。そんなこと聞いてんじゃねえ。ハルト、父親のいねえ子供にする気かって聞いてんだ。これが俺の最後の頼みです、兄貴。ハルトとハルカちゃんは兄貴に頼めませんか？だって俺みてえなガキよりあの二人もその方がずっと。聞いた風なことを言うんじゃねえ。こんなとこでお前を死なすわけにはいかねえ。全員でここを出る。余計なことしねえでくれよ兄貴。ハルトのためにはこうするしかねえんだ。なら俺は力ずくでもお前をここから連れ出すだけだ。どうしても邪魔するってんなら俺もあんたを追い出すしかねえ。力ずくでもです。俺はここを死に場所と決めたんですよ。男が腹くくって考えに考えて覚悟して今ここにいるんだ。たとえ兄貴にだってそれを止めるなんてできるもんじゃねえ。命の価値を自分勝手に決めてんじゃねえ。一発の口を聞くな。行くぞ言うて。いい加減にしろ！皮肉だな。採用界の血の掟が息子を私への最悪の死角へと変えてしまった。ふざけたことを言うな。あんたがこいつをどの面下げて息子と呼べる？その通りだな。我々採用界は血の結束を過信して結局全てを失ってしまったようだ。
私が赤ん坊に殺意を持ったとお前が知った時に全ては終わっていた。お前はたとえ殺されても西王界を継がんだろう。ならもうハルトには手を出さねえか。あいつを二度と狙わねえのか。ああ、西王界の総帥として約束する。赤ん坊にもお前にも我々が手出しすることは二度とない。だが一つだけ言っておく。ユータを私と差し違えるように仕向けたのは、私を殺そうとするある男の意志だ。何の話だ。その男の目的は尾道の秘密を守ることにある。私は尾道の秘密を暴けるただ一人の生き残りなんでな。何？そのある男は陽明連合会のクルスに命じられ、古くから秘密を守るための殺し屋として多くの人間を手にかけてきた。そして今、我々西王界の血の掟を逆手に取り、ユータが私に殺意を持つようそそのかした。どうだ、心当たりの人物が思い浮かばないか。まさかそのある男ってのは広瀬のおやっさん。そうだ。バカな。それじゃあの親分がユータを道具に使ったってのか。あれはアジア街を手にした私が息子のジミー・ローを殺された後のことだ。クルスは尾道の秘密を知る私に日本を撤退するよう迫ってきた。その使いで私の前に現れたのがあの広瀬という男だった。悪いね、時間取ってもらっちゃって。広瀬さんだったか。あんたもおじいちゃんなんだ。孫の顔を一目見たいだろうと思って連れてきてやったよ。あなたの目的は私に孫を見せることじゃないだろう。尾道の秘密の件では。話が早くていいね。本当はあんたを殺しちゃ手っ取り早くして済むんだけどな。でもうちのクルス会長はあんたらが日本を撤退すりゃそれでいいってさ。あの人も俺ももう血は見飽きてんだ。我々西洋界はすでにアジア街に莫大な投資を済ませている。だがその回収はまだ済んでない。撤退する気はねえってことか。そして何よりクルスの息子は我々の後継者であるジミー・ローを殺した。ビジネスとしても人の親としても私にはあなた方の要求を聞く道理がない。そう言うと思ってね、あんたにはいい条件持ってきたよ。なんだ、その赤ん坊を目の前で殺すとでも言うのか。宇佐美雄太をあんたにくれてやる。あいつには西洋界の後継者になるよう俺から説得してやる。それでどうだ。この条件で飲めねえっつんなら雄太に全部話しちまうけどな。この赤ん坊があいつの子で
あんたがそれを始末しようとしてることも全部さ。そうなりゃあいつはあんたの後継者には死んでもならない。あんたらの組織が一番大事にしている血のつながりが途絶えてしまうな。それでもいいかい？その赤ん坊はどうする？俺が面倒見させてもらうよ。永遠にこの子の存在は雄太から隠し通してやる。私としてはここで赤ん坊もろともあなたの口を封じるという手もある。やってみるかい。その時は真っ先にあんたが死ぬよ。それにして下とも同じ10人か道連れにさせてもらうわ。それは大げさだ。そばに控えている部下たちは全員銃を持っている。俺にできねえと思うか？クルスのもとにまだあなたのような男がいたとはな。俺の隠れ家の周りでうろついてるあんたの手下な、達川と松添、すぐ引き上げさせろよ。それと西洋会のカムロ町撤退には一月だけ時間やる。尾道の秘密はさ、あれ守るために俺何人もぶっ殺してきたんだ。そんな中には俺を可愛がってくれた兄貴分もいてね。もしあんたに秘密ばらされたら兄貴たちが浮かばれねえんだよ。傍から見れば不思議に見えただろう。私は100人を超える部下に守られながら、たった一人の老人を相手にその要求を丸飲みさせられた。広瀬との交渉を終えた私は、まず舛添と達川へ出していた赤ん坊の殺害命令を撤回しようとした。だがすでに岩見恒夫へ寝返っていた達川は連絡を絶ち、そしてカムロ町のあのひき逃げ事故が起きた。赤ん坊は広瀬の手を離れ、広瀬は自分が我々への交渉材料を失ったと感じたはずだ。そうなると尾道の秘密を守るためにあの男が取るべき道は私の殺害以外にない。それで広瀬の親分が雄太をあんたに差し向けた。信じられないか？ではあなた方に赤ん坊が雄太の子供だと告げたのは誰だ？宇佐美雄太。舛添や達川が赤ん坊の命を狙ったことを明かしたのは？そしておそらく殺されたという舛添は広瀬にとって用済みだったんだろうな。そしてその秘密をあの老人が独占していることにこそ広島の力の根源が。
極道が長生きをするといろいろなものに縛られる。私は組織の血の掟、そしてクルスと広瀬は尾道の秘密。そのために広瀬は自分の組の子分だった雄太を捨て駒にするまでになり下がった。信じられるかよ、そんなことを。おやっさんがそんなバカな。それを確かめる方法が一つだけある。なんだ？尾道の秘密を暴くこと。広島の老人たちはそれを阻止するために本性を表すはずだ。ただし、もしあなた方にそれを目の当たりにする覚悟があるならの話だがな。尾道には決して起こしてはならない秘密が眠っている。しかし宇佐美雄太が老を仕留め損ねた以上、老は必ず秘密を暴こうとする。70年守り続けてきた秘密が今になってさらされるわけですか。尾道の秘密は私の血であり肉であった男たちの犠牲の上に守られてきた。そうだろう。そしてこの先も守り続けるためにはまた新しい犠牲が必要になった。やってくれるか、広瀬。ボスが火事乱闘騒ぎの後姿消したってんで、採用会はパニック状態だ。連中はボスが誘拐されたと思ってる。それがこの店にいると知れりゃ何が起きたっておかしかねえ。分かっている。俺もそこまで長居できるとは思ってない。だが老にはまだ聞かなきゃならねえことがあるんだ。吉米，这就是你弟弟，可爱吗？嗯。但是你们必须今天道别。为什么？因为这孩子只是我们狼家的保险。听好了，吉米，你要好好记住，这是我们领导祭王会这个组织的宿命。为了维护组织，就算是自己的亲骨肉，也必须舍去。您说什么？你要记住，只有你是我的儿子。老弟，喂，老弟，你在听吗？为什么不准我们进出日本？你只要准我和 Ed 去，我们现在就能把那些被暴队法给绑紧的日本黑帮一网打尽。老弟，你给我个机会吧。
你还没完吗？不行就是不行，纪王会不可侵犯日本，我们已经同意阳明联合会了。难道跟日本下一个小小组织的约定，会比咱们自己组织的发展更重要吗？对，就是那么重要。你难道不懂对组织首领的礼貌吗？老爹，不，老大，你也知道现在纪万会的状况很苦，警察到处检举贪污罪，咱们已经无法在中国国内赚钱了。但纪万会从以前就把黑孩子给送进日本，现在都已经打好打进日本的底子了，为什么不动手？给我个机会吧，老爹，我绝对可以支配东京。你怎么支配？东京有个东城会守着，就算暴对法绑紧了他们，那群黑帮不会白白的把他们的领地给你。那咱们再利用阳明联合会就好。只要利用那叫什么的伪道的秘密来强迫克鲁斯听话就没事了。你把那秘密告诉我，我再来让克鲁斯把我跟 Ed 带进神视亭里。到这地步，我们就能简单的掌握那条街。太短见了，克鲁斯哪会那么简单听你的？他当然听我的。连接受黑孩子这种没利益的事，他都做这么久了，那伪道的秘密对他来说就是那么重要，不对吗？我小时你跟我说过，为了维护组织，就算是自己的亲骨肉也必须舍去。吉米，现在就是舍去阳明联合会的时候，给我个机会，告诉我伪道的秘密是什么吧，老爹。我的确必须告诉你一个秘密。什么？我们已不能用伪道的秘密来威胁库鲁斯，因为お前が治療してくれたのか。親切心じゃねえよ。目の前で死なれちゃ気分悪いからな。それだけだ。そうか。兄貴、ローが気がつきました。大丈夫か、ロー。世話をかけたようだな。悪いがあまり時間がない。アジア外での話の続きが聞きたいんだ。話せるか。なあ。待った。その前に一つだけ。俺はデカだ。あんたの話に犯罪に関わることがあれば見逃せない。それについてはお前もだ、桐生。分かってるな。伊達さんは伊達さんの判断で動いてくれて構わない。俺もローも無条件に従う。ロー、あんたもそれでいいな。今さら何かを隠し立てして逃げ延びようとは思っていない。分かった。それじゃあロー、あんたたち採用会が日本に来た経緯、そして東上会との抗争の理由、そしてその根底にある尾道の秘密とは一体何なのか教えてくれ。まず
尾道の秘密についてだが、私はその真相を知らない。なんだって、それじゃ話がめちゃくちゃじゃねえか。兄貴、やっぱこんな男信用しちゃいけませんよ。広瀬のおやつさんはめようとして話でっち上げようとしてんだ。落ち着け、ユータ。話を続けてくれ。尾道の秘密とは、西洋界の先代である私の父親とクルス・タケルとの間でやり取りされたある計画のことを指す。ある計画？日本が世界を相手に戦争してた頃のものだ。おそらく軍事機密に関わる何かしらの計画なのだと思う。その頃まだ陽明連合会は存在していない。つまり石見造船と先代の西洋会とで何かの取引があったっていうことか。そういうことになる。そして私が初めて尾道の秘密の存在を知ったのは1985年。父は死ぬ直前、それがクルスのアキレス腱となる代物だと話していたが、具体的な内容までは明かさなかった。ただ父の死後、私の手元にはその秘密を解く鍵となるものだけが残された。鍵となるもの？何なんだそりゃ。尾道のある場所を示す暗号らしい。あいにくあれから30年経った今も、私にはそれを解読できていない。30年前か。俺が東上界に入った頃の話だな。この日本という国が空前絶後の好景気に沸き、表社会も裏社会もこの世の春を謳歌していた時代だ。その頃には石見平三もクルス・タケルというもう一つの顔を持ち、石見造船会長という表の顔、陽明連合会会長という裏の顔、二つの顔を使い分けることでフィクサーとしての地位を確立していた。確か陽明連合会が急速に力を持ったのは戦後すぐのことだ。もしかするとその尾道の秘密ってやつが原因でクルスは裏社会に足を踏み入れたってことか。クルスがなぜ裏社会に足を踏み入れたのかは私にはわからない。だが石見造船という大企業の会長が極道組織の会長であるという事実を知る人間はほとんどいない。私はその事実と父から聞いた尾道の秘密の存在をちらつかせ、とある裏取引をクルスに持ちかけたのだ。それがヘイハイツの密航、そして架空の戸籍を与えるヒューマンロンダリングだな。ああ、そうだ。中国という国家に存在を認められないヘイハイツの子供たち。戸籍がなく教育もなく、ただ裏社会での将来だけが約束された存在だから、彼らは日本人に生まれ変わるために我々から莫大な借金を背負わされることもいとわなかった。密入国のお題は子供たちの出世払いってことかよ。我々は慈善家ではないが、本気で同胞の子供たちを救ってやりたいという気持ちも持っていた。ヘイハイツたちの身になってみれば、私たちだけが唯一の救い主だったはずだ。分かったよ。で、そこにクルスがどう絡んでくる？造船業という密入国に最適な密航ルートを持ち、その上日本の国家権力を裏から意のままに操れる人間、クルス・タケルは私のヒューマンロンダリング計画にとって必要不可欠な人間だった。クルスは密入国に手を貸し、ヘイハイツに架空の日本人の戸籍を与えた。かなりのリスクがあったはずだ。それだけ尾道の秘密を守ることがクルスにとっては重要だったということだろう。だがとにかく私の思惑通りに取引は成立した。以来私は中国本土で西洋界に日本不可侵の命令を出し、
クルスとの無駄な接触を避けるようにした。私が尾道の秘密の核心を知らないと気づかせるわけにはいかないのでな。じゃあどうして今になってあんたらは日本にやってきた？1年前のアジア街の大火事、あれは東上会があんたらを引き込むために起こしたんだろう。知らないとは言わせねえぞ。全てはクルス・タケルの息子岩見恒夫が仕組んだことだ。あの男は密かに私の息子ジミー・ローと手を結び、東上界の菅井をも巻き込んで西洋界に日本進出を求めてきた。どうですか？いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だとお受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな？ローさん、我々がここまでこぎつけたのはこのジミーのおかげです。あなたはいい後継者をお持ちだ。岩見社長、父はめったなことでは私を褒めてはくれません。ですが今日は期待していいと思っています。老弟，现在燃烧的那区域是亚细亚街，从今天起就是祭望会的领地了。儿子，你也太放肆了吧！啥？我什么时候说过我要进出神视厅的？我只有说过不准接近库鲁斯在的日本，也把理由告诉你了。どうかしましたか？这次的事全部给我撤回。站起来。我们走。岩見社長、お父上によろしくお伝えください。私たちはそろそろ失礼します。お待ちください、総帥。何か？この件についてはジミーと私とで進めてきました。父のクルスは一切関知していません。それともう一つ。您无法拒绝这个要求。あなたも人が悪い。中国語が堪能とは知らなかった。だが私にこの話を断れないというのはどういう理由でだ？尾道の秘密ですよ。あなたはあの秘密の核心を知らないですよね。ご子息と先日食事をさせていただいた時です。酔った彼はご機嫌でこう言ってましたよ。親父は知りもしない秘密でクルスを脅し、そのハッタリがバレることにビビっていると何度も何度もね。お前、酒で口が軽くなる人間というのは非常に扱いやすい。クルスには知られてない。大丈夫だ。
西洋会がなぜ日本不可侵などと言っているのか、それはあなたが秘密の核心を知らないとクルス・タケルに気づかせたくないからだ。そのためにはなるべく父との接触を避ける必要がある。ご安心ください。父には内緒にしておきます。もし父がこのことを知れば、尾道から入り込んだヘイハイツたちは始末されることでしょう。そうなっては大変だ。お前はなぜ我々をカムロ町に引き込もうとする？目的は何だ？カムロ町東上界再生計画。カムロ町東上界再生計画。常雄の目的は菅井と染谷を使って東上界を乗っ取り、ゆくゆくはカムロ町の利権を全てその手に入れるというものだった。西洋界はそれを実現するための駒にしか過ぎなかった。だがあんたはそれを飲むしかなかった。ああ、あんたは自分がやったヒューマンロンダリングがあだになって人質を取られた形になったってわけか。あとは桐生さん、あなたも知っての通りだ。岩見恒雄は我々西洋界や菅井にカムロ町の構想を演じさせ、まず東上界の6代目を警察に逮捕させた。そして自分の言いなりになる菅井に東上界の実権を握らせると、今度は用済みとなった私の命を狙った。おそらく恒雄はアジア外に我々を招いた時からそのつもりでいたのだろう。だがその時身代わりに殺されたのがあんたの息子ジミー・ローか。一方でクルスからしても恒雄の暴走は悪夢だったはずだ。私が息子を殺された報復に尾道の秘密を暴露すると恐れることになった。だからクルスは広瀬を使いによこし、まずは私に日本からの撤退を迫った。ユータを西洋界の後継者に差し出すことでな。あんたが一人でそう言ってるだけだ。おやつさんがそんなこと俺は信じねえぞ。クルスや広瀬にとって尾道の秘密というのはもはや呪縛だ。だから広瀬はユータを私への刺客に仕立て上げた。彼らはもう私の口を塞ぐのに手段を選ばない。黙れって。桐生さん、あなたも広瀬を疑うことはできないか？広瀬の親分は長いこと遥かをかくまってくれた恩人だ。あの人がいなけりゃ遥かも春人も今頃どうなってたかわからねえ。俺もユータと同じ気持ちだ。広瀬の親分を信じたい。このビルに屋上があったな。あ？ここから先は桐生さん、あなたと2人で話したい。屋上で待っている。少しいいか桐生。遥かのことなんだがな。何かあったのか？回復の兆しが出てきた。え？本当ですか？お前らがアジア外に行っている間、遥かのいる警察病院で春人をかくまってたんだ。その時偶然かもしれんが、眠っていたあいつの目から涙がこぼれた。あいつも必死になって目覚まそうとしてるんだよ。たまにはいいニュースもねえとな。そうか、ありがとうな、伊達さん。桐生さん、尾道の秘密はあなたに託す。私にはもうあまり時間が残されていない。何だと？これを。
これは先代が私に託したマイクロフィルムのデータ。あなたの持っている携帯で読み込めるはずだ。さっきあんたが言ってた暗号が入っているってことか。ああ、解読すれば尾道の秘密を暴く鍵となる。私には解けなかったが、尾道に詳しい者になら何かわかるかもしれない。そしてあなたが尾道の秘密に迫れば、その前に立ちふさがるのが広瀬だ。彼はあなたを殺してでも阻止しに来るだろう。なぜ俺に秘密を託すことにした？あなたは沢村遥の親代わりだ。私の息子が愛した娘の父親。つまり我々は両家の父親同士ということになるな。もちろん今さら私に雄太の父親面する資格はない。それでも私が尾道の秘密と息子のことを託せる相手はあなただけだ。雄太を？雄太にとって広瀬という男は親というべき存在らしい。その広瀬を疑い続けて生きていくことは辛いはずだ。何らかの決着が必要になる。そして尾道の秘密を暴くことがそのきっかけになるはずだ。待て。もう一つ。あんたさっき時間が残されてないと言っていたな。あれはどういうことだ？私は宇佐美雄太を後継者とすることを断念したと組織に連絡を入れた。何？それは西洋界の血の掟を守れなかったということを意味する。組織は存続するために私に代わる新たな総帥を立てるだろう。同時に掟を破った者には相応の償いが求められる。それじゃあんたは？間もなく西洋界の刺客が私のもとに来るはずだ。私が一緒にいては足手まといになる。西洋界はアジア外から撤退する。心残りは岩見恒夫に殺されたジミー・ローの仇を取ってやれなかったことだ。ロー、雄太に何か伝えることは？私はあの子の赤ん坊を殺そうとした男だ。最後に可愛い孫の顔を見れてよかったなどと言っても信じてはもらえまい。ん？ローはどうした？あいつはもう二度と俺たちの前には現れない。ローは俺に尾道の秘密を暴く鍵を託していった。俺はこれから尾道に向かう。秘密を暴きに行くってことか？ああ。ただその前に広瀬一家の連中とも話す必要がある。あいつらが親と慕ってきた広瀬の親分と対決することになるかもしれないんだ。俺にはあいつらに通さなきゃならねえ筋がある。なんでお前がそこまでしなきゃならねえんだ？ローが姿消したってんならもうハルトやハルカが狙われる理由もなくなるんじゃねえか？お前がこれ以上尾道に首突っ込む必要はねえ。違うか？広瀬一家のあいつらをこの件に巻き込んできたのは間違いなく俺だ。それをもう俺の用は済んだと今さら手引くなんて真似はしたくない。ったくお前ってやつは変わらねえな。
分かったよ。もう勝手にしろ。ユータ、お前はハルトを連れてハルカのところへ行け。え？尾道へは俺一人で行く。なんですか？いや、俺も行きますよ。俺はな、ユータ、俺の目の前でハルカの両親が死んだ日、誓ったことがある。あいつもいつか好きな男ができて子供を持つだろう。そんな日が来るまで俺があいつの親でいようってな。兄貴。今のハルカには誰かがそばにいてやる必要がある。だがそれは父親の役目じゃない。お前にしかできないことだ。そうはいきませんよ。ローは広瀬のおやっさんのことを好き放題デタラメ並べていったんすよ。俺はおやっさんの無実を尾道で確かめなきゃなんないんす。それでやっぱりおやっさんが無実だったら俺は今度こそあのローをぶっ殺してやる。おい、なんだよ。デカの前で随分な言い草だな。なめてんのかお前。いや、そういうわけじゃ。宇佐美優太、さっき起きたアジア街の火事の件でお前に話がある。ちょっと冗談。こいつのことは任しとけ。だってさ、お前も娘を持つ父親だったんだよな。若い男に娘取られる気持ちはどうだ？俺にはよくわかるよ。急に先輩風吹かさないでくれ。俺行くぞ。マジかよあんた。頼むよ、ちょっと勘弁してくれって。桐生さんじゃの。陽明連合会会長クルスからの伝言ですわ。この町から即刻出てってつかさい。理由は？親父からの命令ですけ。理由もなんもないわ。なら俺もそんなもん聞く義理はないな。そうですか。こっちも手段は選ばんど。大っぴらにやっても構わんのじゃ。話はしまいじゃの。踊れな。ぶち殺したれ。昭和の黒幕と呼ばれた大道寺実氏ですが、今は面会謝絶ということで、訪れる財政界の大物たちも病状を知ることができないとのことで、深刻な状況が続いていると見られています。大道寺氏は戦争中、旧日本海軍の高級将校でしたが、戦後 GHQ の占領期の後、歴代の内閣に強い影響力を持ち続けたと言われ。兄貴、なんじゃいつ帰ってきたんじゃ。連絡しなくて悪かったな。それより雄太は無事なんすか？ああ。ただあいつはカムロ町に置いてきた。今まで何があったんじゃ、兄貴。そいつを話しにここへ来たんだ。みんな座ってくれ。話がようわかりませんわ、兄貴。おやっさんがローを殺すためにユータを道具にした。で、一緒に死ぬように仕向けた。あんたの話はそういう風に聞こえるんじゃがの。
奇遇じゃの頭。わしもじゃ。俺もローから聞いた話だ。だが広瀬の親分は今どこにいる？最後にお前らがあの人を見たのはいつだ？おやっさんがブラッと出ていくんはいつものことじゃ。そのうち帰ってくると思いますけ。もし俺が尾道の秘密を暴こうとすれば、そこへ親分が現れるって話だ。その時はあの人はユータやローのように俺のことも殺そうとする。それもローが言うとるだけじゃろうが。ああ、確かにな。わしと松永はノーは兄貴。ほんのガキン頃から広瀬のおやっさんに世話かけてきたんじゃ。わしらは父親がおらんかったけ。あん人がずっと親代わりよ。広瀬一家の歴史っちゅうんはそんじょそこらの組とは違うんじゃ。それを中国マフィアのたわごとに踊らされて、わしらにおやっさんを疑えっちゅうんか。どうなんじゃ、ああ桐生の兄貴。ローの話を頭っからお前らが聞く気にならねえのは分かってる。俺だって信じたくはねえ。信じとうはないが信じとるっちゅうことかい。ほいじゃったら桐生さん、わしらはもうあんたを兄貴とは呼べん。だがもし尾道の秘密を前にしてそこに親分が現れたとしたら、お前らはうちに親試すようなバカはおらんで。わしらは黙って親の言うことに従やあええ。我も元極道じゃったら分かっとるはずじゃ。都合のいい時だけ極道風吹かすのか。我やなんじゃあい呼んだら桐生さん。王じゃ、わしらの頭をバカにしとるんか。踊れら手出すな。表出や桐生。わしと差しで蹴りつけたらんかい。またお前とやり合うことになるとはな、南雲。できればお前を殴りたくねえ。好きにしたらええ。じゃがわしは手加減せんど。広島ヤクザの意地注文を見しちゃる。我も殺す気で来いや。死にさらせ。ぶち殺すぞ。てや。なんじゃ踊れる。まだ終わっとらんと引っ込んどれや。違うんじゃ頭。邪魔が入ったで。本家の連中じゃ。続きは後だ、南雲。じゃがこいつら何の目的じゃ。クルス会長からの使いだろう。俺が尾道にいるのが気に食わねえらしい。あんたが尾道の秘密を暴こうとしとるからか。もういい、南雲。連中に俺とはもう切れたと言え。そうすりゃお前らは見逃してもらえる。今さらそがーなみっともないまでできんわい。ええんじゃな頭。本家の連中に見せたれや。
わしら広瀬一家がなんぼのもんかっちゅうのをもう南雲、クルス会長が尾道の秘密を守ろうとしているのは間違いない。ほうみたいじゃの。ほいじゃがおやっさんもそうじゃとは限らんで。親分を信じているならしっかりその目で確かめろ。聞いちまった疑いを抱えたままずっとあの人を親と呼び続けんのか。広瀬一家の絆は取り繕って守んなきゃなんねえ程度のもんじゃねえだろ。当たり前じゃ。え？あ、ほいじゃ秘密を暴きに行くんか、頭。でももし親さんがわしらをほんまに襲ってきたら。もしもの話はもうええんじゃ。わしはええ加減そがにややこしい話はもうごめんじゃ。組の子分がおやっさんと会うのにいちいち迷うことがあるんか。わしも腹決まりましたけ。あんたと一緒に尾道の秘密とやらを暴く。ただしわしらが動くんはあんたにおやっさんの無実を証明するためじゃ。それが分かった暁にはしっかり詫び入れてもらわんといけんど。ああ、そん時は俺のことを好きにしていい。男に二言はないの。桐生の兄貴。また兄貴じゃ言うとる。相変わらず勝手なお人じゃ。踊れも腹決め、松永。田頭もええの。で、どこ行ったら尾道の秘密を暴けるんじゃ。こいつは牢に託されたある場所を示す暗号らしい。ただ問題は俺にも牢にも読み解けなかったってことだ。あ？解読するにはお前らの力が必要だ。これが牢から受け取った画像だ。なんじゃこりゃ。牢が渡した暗号ってこれだけか。ああ、この暗号がどこかの場所を示しているらしい。使われとるアルファベットは J、B、R、N、M、E、O、I、K。使われとる数字は7、7、36、1、7、9、22、1、1。見る限りアルファベットと数字がワンセットになっとるようじゃの。ああ、これはもしかしたら開示暗号かもしれん。開示暗号？わしもネットでしか見たことがないんじゃが、例えばこの J7 で何かの文字一つ、 B7 で別の文字一つを表しとる。これを解読すると何かの文章になっとる気がしますわ。ほう。あとは開示表さえあれば解けるはずなんじゃが。開示表？この暗号の元になっとる文字表ですわ。例えばあいうえおの50音表をこんな風に数字で置き換えたものが開示表じゃ。この開示表をもとに「こんにちは」を表すと15100423251という数字で表せる。ほう、なるほどな。じゃあ牢の暗号の元になった開示表が何なんか分かればええっちゅうことか。そういうことになります。
確かローは尾道に詳しい人間であれば何かわかるかもしれないと言っていた。もしかしたらその開示表ってのはこの土地に古くから関わっているもんなのかもしれない。よっしゃ、わかった。暗号に関係しそうなものなら何でもええ。今からこの土地を片っ端から調べるんじゃ。へい。お、キリの兄貴、何か分かりましたか？おい、みんな聞いてくれ。この町にある区碑を全て回ってきたんだが、偶然にも暗号のアルファベットと作者の頭文字が一致した証拠に区碑を全て写真に収めてある。田頭、見てくれ。へい。確かに完全に一致してますわ。もしかしたら例の暗号の開示表は区碑に刻まれた詩かもしれん。桐生の兄貴、これは大発見じゃ。ということは例の暗号が全て解けるっちゅうことじゃな。ええ、早速照合してみますわ。 J7 は十編者一句の7番目の文字。海 B7 は芭蕉の7番目の文字。軍、残りも全部当てはめると海軍水兵山名道大の墓。海軍水兵山名道大の墓。それって仙六の墓地にあるでかい墓のことか？そうじゃ、あの古い墓のことじゃ。なら話は早い。キリの兄貴、早速墓地へ行ってみましょうや。わかった。これじゃ海軍水兵山名道大と書かれてる。この墓に秘密が隠されている。キリの兄貴、墓を開けますんで手伝ってください。ちょっと中を覗いてみるだけじゃ。バチなんて当たりませんって。それじゃあ行きますよ。何かあったか？奥に何かある。キリの兄貴、こんなもんが出てきよったで。これは昔の石見造船所の見取り図ですかね。確か戦前まではここで船を作っとったらしいです。ただ老朽化で今は敷地も完全に封鎖されとるはずです。ローの暗号が示す場所はここだ。ここに尾道の秘密ってやつが隠されている。兄貴、石見の造船所言うたらぶち広い敷地じゃけ。さっき解いた暗号の指す場所が間違うとったらもうお手上げじゃ。他に手がかりはねえんだ。とにかく行ってみなけりゃ始まらねえ。暗号の場所が造船所の中にあるのは確かです。石見の造船所はわしも何度か入ったことありますけ。どの辺かは大体見当つきます。わしが造船所の中ナビしますわ。ああ、頼む。それはええとして、どがなもんが暴かれるんで。結局尾道の秘密いうのは何なんじゃ。さあな。ローも秘密の内容は知らなかった。出てきよったで、兄貴。あんなら
また本家の連中じゃ。全員離れ離れになるな。俺のそばに固まってろ。来るで。行くぞ。ああ、やったるわ。ザマミ、俺らなんぞわしらの敵じゃないんじゃ。こんなん序の口でしょうが、まだまだおるはずですけ。暗号が指しとった場所は造船所のずっと奥ですわ。こっちじゃ。わしについてきてつかさい。こいつら待ち構えとったか。どうしても秘密をばらされたくないようだな。いいぜ、止められるもんなら止めてみろ。俺は何人相手だろうと構わねえ。本物の極道ってやつをお前らに見せてやる。来い。田頭、どこだ？兄貴、こっちじゃ。暗号が指しとったんはこの辺じゃ。多分この扉の奥に何かがあるんじゃ。えらい錆びついとる。兄貴、兄貴。田頭、まさか広瀬の秘密ってのはさ、そいつをばらされたくない人間がいるから秘密ってんだよ。本当にあんたなのか、広瀬の親分。人の隠してるもんに首突っ込むもんじゃないよ。なあ、桐生さん。頭、あれはおやっさんじゃ。本当におやっさんがはよ下に行くんじゃ。尾道の秘密を守るためにあんたは雄太や春人、そして遥のことも道具に使ったのか。おい、高頭、そこにいろよ。後でちゃんと訳話すから。おやっさん、ほんまにおやっさんは尾道の秘密を守っとるんですか。おいじゃけ雄太をローと差し違えるように仕向けたんですか。そこをどいてくれ。高頭があそこへ行っちまう。あんたとのんびりやってる暇はねえんだ。その前にあんたは広瀬一家の門に説明しなきゃならねえことが山ほどあるはずだ。なあ、どいてくれよ。頼むよ。なんとか言え、広瀬。そこをどけって言ってんだ、この野郎。じゃあ俺を倒していくんだな。
広瀬な。親分。兄貴、おやさん。なんじゃ。俺の負けだな。なんじゃ。奥に、この奥にあったでかいレバー動かしたんじゃ。そしたら急にサイレンが。田頭、踊れがこれを。ヤマト？ありゃ戦艦ヤマトじゃ。これが尾道の秘密。クルス会長。あれはヤマトなんかじゃない。それを超える超大和型戦艦と言われた旧日本海軍の最高機密だ。終戦時未完成に終わった日本の最終兵器。歴史上は計画だけで終わったとされる世界最大の戦艦石見造船はその建造を極秘のうちに軍から命じられていた。親父、建造当時戦争で不足する労働力を補うため、私は山陽会を通じて戦災から逃げていた中国の戦争難民を集めてもらった。山陽会の総帥がこの尾道の秘密を知っていたのはそのためだ。ローは先代から秘密を受け継いだと言っていた。不幸にも戦艦は完成を目前にして終戦に間に合わなかった。そのために石見造船が抱えた莫大な損失はしかしある人物から補填されることになった。ある人物？旧日本海軍将校大道寺実。
大道寺実、どっかで聞いたような。大道寺は日本の存亡に関わるとしてそれまで独断で超大和型の建造を進めていてね。言ってみれば戦費の横領だった。露見すれば当然破滅。だから戦後占領軍からの武装解除命令の際にも戦艦を隠し通すことにしたのだ。そして全てを極秘とする代わりに大道寺は私に償いを約束した。償い？思い出した。大道寺言うたら昭和の黒幕とかいうじいさんの名前じゃ。さっき既得じゃ言うてニュースになっとった。そうだ。占領軍が去った1952年破滅を免れた大道寺はいつしか戦後内閣の黒幕ともいえる存在となっていた。彼は裏の金で石見造船に戦艦建造費の一部を賠償し、不足分は私に有利な法案を次々に成立させることで借りを返してくれてね。それは国家の法を私物化することに他ならなかった。そうやって私は政府のさまざまな人間と裏で通じることになった。そこで生まれたさまざまなしがらみは政界の人々に複雑な根を張り巡らし、それは現代の政界にも引き継がれている。政界と私の長年の癒着を明るみに出すあの超大和型の存在は大道寺はもちろん今の政界にとっても決して掘り起こされてはならないもの。そして陽明連合会はその秘密を守るために作られた組織だった。なんだと？組織は戦艦建造に関わった石見造船の幹部たちで構成され、決して秘密が漏れないように相互に監視させた。ただそのためだけの組織だった。だからこそ広島の極道は独立を保ち、外に勢力を広げていく必要もなかったのだ。だが終戦から30年という節目を迎えた時、大道寺はその後も永久に秘密が守られることを約束するよう私に迫った。その頃には秘密を知る尾道の生き残りも高齢でわずかな人数になっていたが、私は彼らの皆殺しを決断したのだ。なんちゅうことを。その時私は尾道の同胞たちの殺害を広瀬に命じた。広島で一番の腕を持つ男にな。広瀬の親分、あんたはなぜそこまでして？いくら親の命令だろうが、あんたは一体。別に分かってくれなんて言いやしねえよ。古い話だしな。原爆で親も親戚も死んで焼け野原になった広島でよ、俺はグレン隊作って暴れ回ってたもんさ。俺がまだ14の時だ。ある日仲間の一人が妙なこと言い出したさ。石見造船の事務所に盗みに入ろうってな。俺は気乗りしなかったぜ。でも俺も親分派だ。気取ってたからさ、やめようなんて言えなかった。で仲間たちと押し入ったんだ。でもこのガキ、こんなことしてタダで済むと思うなよ。
なんだ、造船所ってのはヤクザ雇ってんのか？おう、ヤコウが説教すんじゃねえ。いい加減にしろよ。なんだ、ガキ相手にそんなもん出すのか？やってみろ、やってみろってんだ。撃てもしねえくせによ。てめえ。待ちなさい。このガキ。なんだてめえは。主の顔も知らないで押し込み強盗か。まあとにかくそれはこちらへ返しなさい。おい。おい。すまなかったな。だが元はといえば自分が身の丈以上の盗みなどするからだ。だが年の割には度胸もある。腕っぷしも強いようだ。なんだよ。お前うちに来い。面倒見てやる。どこか帰るところがあるのか。一緒に来た連中とグレン隊何度続けても先はないぞ。仲間はどうした？ああ、うちの者が少し懲らしめはしたがな。もう帰ったぞ。この一件誰の差し金かと聞いたら、お前がボスでお前にそそのかされたとあっさり吐いたぞ。全員が口を揃えてな。お前は仲間だと言っているが、自分が少しでも苦しくなったらすぐに人を捨てる連中だ。それが仲間なのか？そんな連中とつるんで何ができる？何の意味がある？昨日までの自分を捨ててうちへ来い。お前を一人前の男にしてやる。俺は陽明連合会の古部になった。でもすぐには馴染めなかったよ。兄貴分だろうが誰だろうが気に入らなきゃすぐに手が出ちゃってさ。だからもっぱら仕事は鉄砲玉ばっかだよ。喧嘩が始まると真っ先に「広瀬行ってこい」なんて感じでさ。でもそんな俺をクルスの親父は大事にしてくれた。喧嘩に勝つたびにうまいもん食わせてくれて、小遣いもいっぱいくれて、でも何より褒めてくれたのが一番嬉しかった。褒められたかったんだ、親父に。喧嘩だけが取り柄の真剣なプライドしかなかった俺にさ、
クルスの親父は生きがいみたいなもんをくれたんだ。口には出せなかったけどさ、本当にありがたかったぜ。それから何年かして俺は親父に呼びつけられた。夜中だった。遅くなりました。親父、何でしょう。最近はどうだ？はあ、ぼちぼちなんとか。広瀬、お前にとって私は何だ？はい。陽明連合会の会長、そして石見造船の社長、それからとにかく器がでかくて金も力もあって、そう完璧な男です。そして俺が親父と呼べるたった一人の人です。広瀬、私はこの広島が好きだ。雄大な自然、そして素直で活気にあふれているこの町で暮らす人たちも好きだ。はい。石見造船は大きな会社になった。私も人並み以上の財産を築けた。だが私の会社があることで広島の人々に仕事を与えられたこと、それこそが最も大きな喜びだ。陽明連合会とて同じだ。お前のような人間でもこの広島でちゃんと暮らしていける受け皿が必要だと考えたからだ。はい。ご恩を忘れたことはありません。だが石見造船も陽明連合会も全てなくなってしまうかもしれん。なぜです？尾道にある秘密が眠っている。その秘密が明るみに出た時、会社も国も終わる。無論私も終わりだ。何なんですか、その秘密ってのは。それは言えんのだ。でもそうか、わかりました。その秘密ってのを盾に親父をゆすってるやつがいるんですよね。くそ、でも大丈夫です。今すぐぶっ殺してきますよ。親父、教えてください。そいつは誰です？尾道のどこのもんですか？残念だが人一人決して済む話じゃないんだ、広瀬。じゃあ一体どうすりゃ。親父、俺でできることは何でもします。何でもしますからねえ、親父。広瀬、筋が通らない話だがそれを承知の上で頼みがある。尾道の秘密、石見造船と陽明連合会を消し去り広島を揺るがしかねないその秘密を私と共に守ってほしいのだ。秘密を親父と守る？そうだ。秘密の中身を聞かされずともその秘密が一切外に漏れることがないよう命を張るということだ。生涯をかけてな。中身も聞かされず生涯をかけて。それは確かに中身も知れない秘密を守ることはとても辛く大変な覚悟が必要なことだ。いえ、わかりました。そうか。でもその返事は
私の覚悟を見てからでいい。お前に大きな覚悟を求めるなら、私にも同じ覚悟があるとお前に知ってほしいのだ。覚悟って、親父、秘密を守るくらい俺でも。私だ。ああ、すぐに来てくれ。お、なんだ、広瀬じゃねえか。兄貴。親父、お呼びで。兄貴。親父。なんてこと。私は今初めて人を殺した。見ていたな。どうする？警察に通報して私を売るか、それとも墓場まで持っていく覚悟で秘密にできるのか。尾道の秘密は、あの秘密はこんなこととは比べ物にならん。その秘密が永遠に守れるなら、私は鬼でも何にでもなる。頼む。この通りだ。会社と組、いや広島を一緒に守ってくれ。ビビったけどさ、不思議な気分だったよ。あそこまでされたらさ、もう秘密の中身なんて二度と聞く気も起きなかった。でもその秘密を守るため、あんたが何人も殺す羽目に。都政の義理ってやつさ。嘘だよ。親父に頭下げられた瞬間にさ、親父のため、広島のため、日本のため、そのためにこんな自分でもなんか役に立つんじゃないかって、本気でそんなこと思っちまったんだ。バカ怖いよな。でもあんたならわかるだろう。わかんねえか。広瀬は私の命令を忠実に完璧にやり遂げた。自分が兄貴と呼んできた陽明連合会の幹部を何人もその手にかけてな。尾道の秘密は私の部下、仲間だった者たちの屍に守られてきた。桐生さん、あんたがたった今暴いたのはそういう秘密なのだ。故にその行為は万死に値する。おやさん、南雲、何をする気じゃ、おやさん。やれ、広瀬。この場にいる者は全員道連れになってもらう。そいつもまとめてやってしまえ。おやさん、もうやめてくれや。何をしている、広瀬。ダメなんですよ、親父。こいつは、南雲は。おやっさん、
そうだ、お前頭悪いから尾道の秘密が何なのかよく分かってないよな。だからそこどけな。親父、こいつだけは勘弁してやって。今さら日和よって。おやっさん！広瀬、お前にはもう一つ言ってなかったことがある。かつて大東寺が私に命じたのはな、実を言えば戦艦の破壊だった。その代わりに秘密を知る同胞の皆殺しを提案したのは私だ。何だと？戦艦が跡形もなくなれば、私は大東寺に対して切り札を失うのでな。待てや！ほっとけ。あの人ももう終わりだ。すげえなあれ。俺もさ、尾道の秘密ってのが何なのか本当言うとずっと知りたかったんだよな。ありがとうなあんちゃん。親分、南雲。なんじゃ松永。おやっさん！本当はお前らに殺されてやりたかったんだけどな。どういうことじゃ？お前らの父親は俺の兄貴分だった。分かっとります。じゃけえおやっさんはわしらの面倒を。そうじゃねえ。兄貴たちも尾道の秘密を知る生き残りだったんだ。だからよ、まさかおやっさんがわしらの父親を。ごめんな。おやっさん！大道寺先生でしたらあなたの電話には出ません。助けを求めても無駄なことです。常をいつからそこに？あの戦艦が表に出た以上
あなたはもう終わりです、お父さん。何？ですがおかげで私は大道寺と新たな契約を交わしました。それにしてもあなたは大道寺に何と泣きつく気だったんです。超大和型戦艦をこの地で隠しきることがあなたの務めだったはずだ。しかしあなたはその務めを果たせなかった。どう言い繕おうが大道寺が聞く耳を持つことはありません。何の話かわからんな。これまで言う機会がなかったんですがね、尾道の秘密のことは私も承知していたんです。あなたの前では知らない風を装っていました。何だと？40年前、まだ子供だった私のところへ松永という陽明連合会の幹部がやってきて全てを明かしてくれたんです。その頃秘密を知る者たちが続々と殺されていた。松永は次は自分の番だと怯えていましたよ。そして秘密の全てを私に喋り、あなたへ彼の命乞いをするよう頼んできたんです。あいにくその晩に松永は死にましたがね。多くの人間の口を完璧に塞ぐならいっぺんにまとめてやるべきですよ。そうか。さて大道寺とその神派たちは戦艦を隠蔽した見返りとしてあなたを政治的に優遇してきた。世間ではそれを国家権力との癒着と呼びます。何が言いたい？70年もの間あなたと大道寺の癒着に関わった官僚や政治家は現政権の中にも数知れません。もし全てが明るみになればその汚れた過去が芋づる式に掘り起こされてしまう。彼らはあなたが永遠に口をつぐむことを望んでいます。そして私がその望みを叶える新たな契約者というわけです。最後に一つ聞かせてください。お父さんは尾道の秘密をなぜ息子の私に教えてくれなかったんですか？なぜ息子の私にまで隠す必要があったんです？尾道の秘密を知れば二度と裏社会から抜け出ることはできない。自分の子には日の当たる道を歩ませてやりたかった。親として当然のことだ。なるほど。それが石見造船を私に継がせることだった。そうだ。世界有数の造船会社だ。不足はあるまい。それはあなたの勝手な言い分だ。不足に感じるかどうかは私の問題です。ではどうしろと？私は長い年月待ち続けたんですよ。あなたが表の世界だけでなく裏社会の地位も含めて私に譲ってくれる日を。私から尾道の秘密について口にせずとも私という人間を見込んでそうしてくれる日が訪れることを。でもあなたにはその気がないことを私は知った。だから自ら動いたんです。西洋界の労を駒にし菅井を手なずけて、東上界は今や私の言いなりだ。私は陽明連合会の跡目として立てるべき手柄を立てた。大した手柄だな。お前が私の頭越しに労を呼び寄せたせいで戦艦の存在が暴かれた。それを言うなら
私が登場会と杯を交わそうとした時、あなたは桐生一馬に杯の後見人を頼みましたね。あれは奴が断ることを見越してのことだったんじゃありませんか。私への手綱を締めようとしたんでしょう。ですがあの杯を交わせていれば、陽明連合はもっと表立ってカムロ町で暴れられた。多分戦艦が暴かれる前に牢を始末できたでしょう。つまり戦艦を暴かれたのも私の責任だと言いたいわけか。はい。大道寺にはそう伝えました。確かに戦艦の浮上は私にとっても想定外でしたよ。ですがむしろこうしてあなたにとって変わる絶好の機会が訪れることになった。小清水、尾道の秘密は私が受け継ぎます。それによって大道寺実からもたらされる権力も金も全てね。やめておけ。お前には無理だ。子供の成長を信じてください、お父さん。父クルスタケルは広島で自決しました。大道寺先生、戦艦の隠蔽とその後の広島との癒着が先生方と結びつけられることはありません。つきましては今後私にも亡き父と同等の計らいをいただけるものと期待しております。失礼します。戦艦を暴いた男、桐生一馬を始末しろ。俺にはもう時間がねえ。だがそれまでにケリをつけられたなら、お前もクルスタケルを名乗るがいい。承知しました。はるか、広瀬のおやつさん死んじまったって。だけどよ、せめてお前だけは目覚ましてくんねえかな。頼むよ。伊達さん、ちょっと起きて。ああ、
はるかが医者呼んでくれ、早く。ねえ、南雲くんも少しでいいから食べて。ダメなんじゃ、キヨちゃん。わしらはもう。店長、モレノですけど、今日は開けんでええですか？おう。いや、明日も明後日も休みにしとけや。純子、おにぎりくれや。ええよ。昨夜、尾道神外町の岩見造船所に浮上した戦艦は全長300メートルを超えるもので、史上最大と言われた戦艦大和を上回る大きさです。造船所を所有する岩見造船では、この戦艦がいつどのように建造されたのかわからないとし、内部調査チームを結成。しかるべき調査の後、会見を開く予定ですが、その日程は後日改めて通知するとのことで、社内でも混乱が続いている模様です。ユータからの電話だった。はるかの意識が戻ったそうだ。少しだが口も聞けるようになったらしい。ほんまですか？ほうか。そりゃよかったですの。はるかちゃんが。桐生さん、よかった。こんな時にすまないな。何言うとるんですか？謝ることなんて何も。南雲、わしはのう兄貴、今自分がどんな気持ちなんかようわからんのじゃ。おやっさんが死に際に言ったことが耳を離れん。本当はお前らに殺されてやりたかった言うて。ほいじゃけど、もしもっと前にわしらの父親殺したんがおやっさんじゃ言われても、わしはあん人を殺しちゃろうとは思わんかったはずじゃ。なんでわしらおやっさんのこと親の敵じゃ言うて恨めんのじゃろうの。わしもじゃ、頭。父親が死んだ時、わしはまだ小学生じゃ。その日のこともよう覚えとらん。わしが親父いう言葉で浮かぶんは広瀬のおやっさんの顔だけじゃ。父親のおらんようになったわしらをおやっさんはほんまにようしてくれた。杯受けて一番嬉しかったんは、堂々とあん人をおやっさんと呼べるようになったことじゃ。お前らと広瀬の親分はそれだけ絆ってやつでつながってたんだ。確かに親分だって初めは罪滅ぼしと思ってお前らの面倒を見てたのかもしれねえ。だが一緒にいた長い時間がそれ以上の気持ちを親分に芽生えさせていた。そうでなきゃあの人はクルスの命令通り戦艦の前でお前たちをさえ殺そうとしたはずだ。俺にはお前らの存在が親分の呪縛を解いたように見えたがな。頭、松永の兄貴。ほいじゃ、やっぱりわしらおやっさんのために泣いてええんじゃな。
桐生だ。今近くに来てるんですが、会えますかね、4代目。お前染谷か？ええ、お知らせしときたいことがあるんです。フェリー乗り場で待ってますから。おい待て。あれが尾道の秘密ってやつですか。はっ、恐れ入りましたね。お前一人か？ええ、ご覧の通りですよ、4代目。何の用だ？まずはお悔やみ申し上げます。広瀬一家の総長が亡くなられたとか。尾道はお揺れですね。もうお聞きかどうか。昨べクルスタケルも死にました。自殺ってことです。何？まあ自殺と言っているのは岩見恒夫だけですがね。まさか岩見恒夫が実の父親を殺したのか？どうなってる？お知らせしたいことがあると言ったでしょう。そう慌てなくてもお話ししますよ。それじゃあ岩見恒夫も尾道の秘密を知っていた？40年前からです。で、昨べクルスタケルの口を塞いだことで大道寺から陽明連合会の跡目としてお墨付きをもらった。少し甘く見すぎていました。岩見恒夫は正真正銘の極道です。俺は6代目が不在のうちに菅井を消して東上界のてっぺん取る腹でした。しかし菅井のバックに岩見がついている以上、思ったほど簡単じゃなさそうですよ。なんでお前はそこまで俺に話す？今度の狙いは何だ？信用できねえとは思いますがね。俺はあんたを岩見恒夫や菅井みてえな連中に殺させたくないんです。大道寺から4代目を消すようあの2人に指示が出されています。尾道の秘密を危険にさらしたあんたを大道寺が許すわけがない。追い先短いことでかえってなりふり構わねえ動きになっているようだ。あなたもそれに広瀬一家も的にかけられてます。なんだと？この町にいる限り陽明連合会はいくらでも兵隊を送り込んできますよ。広島中のヤクザが集まってきます。いくら4代目でも数で攻めてこられりゃなぶり殺しにされるだけだ。あんたにはそんな死に方されたくないんですよ。俺が今ここにいるのも菅井から4代目を殺すように言われてのことです。菅井は岩見恒夫に東上界を丸ごと身売りする気でいます。広島の傘下になったら東上界は今とは別物。6代目が無所から出てきてもそのトップの椅子に座り続けようって腹だ。どうしようもねえ小物ですよ、あの菅井ってじじいは。菅井は沢村遥と赤ん坊のことも探しています。しばらくはどこか遠くで一緒に隠れることをお勧めしますよ。染谷、一応礼を言っておく。忘れてもらって結構です。俺が登場会取る時が来たらあんたとは蹴りつけさせてもらいますから。そう長くは待たせませんよ。無事か？なんじゃ兄貴、蘇我結相会で。ママたちは？いや、もう帰りましたけど。そうか、大丈夫だとは思うが一応連絡してやってくれ。少しの間この町を離れてもらった方が良さそうだ。陽明連合会と東上会が俺たちを的にかけてる。尾道の秘密を暴いたことが
大道寺の逆鱗に触れたってことらしい。わかりました。モレノにはわしが電話する。兄貴、客が来よったで。本家の連中じゃまだ大した数じゃなで。あんなら造船所で懲りた思っとったが、まだわしらんことなめとるの。いや、グズグズしてるとキリがねえぞ。広島中の極道が向かってきてるらしい。女子らには連絡しときましたっけ。安心して使わさい。お前らと一緒なら切り抜けられる。連中にうちの組に手出したことを後悔させてやれ。兄貴、今うちの組ってお前らがどう思ってようが、俺はずっとそのつもりでいた。おっしゃ、やったれ。この喧嘩はおやっさんに捧げるんじゃ。くそったれが。外を見ててくれ。雄太に連絡を取る。雄太に？登場会が遥たちのことも探している。連中は本気だ。警察病院も安全とは言い切れない。田頭、本家の連中が来るかもしれん。外を見張っとれ。兄貴っすか？雄太です。ああ、そっちに異常はねえか？異常ってことはないですけど。ああ、そういやハルトが物に捕まらねえで一人で立ったんです。もうすぐ歩き出しそうっす。そうか。伊達さんはそばにいるか？ええ。ならこう伝えてくれ。また遥たちをどこか別の安全なところに移動させてほしいと。カムロ町からなるべく遠く、東京からも出た方がいい。そうは言っても警察病院より安全なところって。それに遥ちゃんも意識が戻っただけで体中怪我してますし、今すぐには動かせませんよ。確かにな。分かった。とにかく俺もすぐそっちに向かう。だが伊達さんにはもっと安全な隠れ家を探すように進めてもらってくれ。わかりました。聞いてたな。俺はカムロ町に行く。南雲、お前らはどうする？わしらも行きます。遥ちゃんと坊ちゃんを守らにゃ。おやっさんもそうせい言うとりますけ。分かった。わしらもちーと準備がありますけ。下手すりゃもうこの土地には戻ってこれんようになります。兄貴もやり残しがないようにしといてつかさい。後でアパートの方へお迎えに上がりますわ。なるほどな。これがカムロ町ですか。はあ。タバコはいけんど、高頭。よう覚えとけ。わしらの町とは違うんじゃ。行儀ようしとけ。のう、兄貴。南雲は二人をセレナに案内してやってくれ。俺はタクシー拾って警察病院へ行く。なんじゃ桐生の兄貴、わしら東京まで来て留守番ですかい？余計なことを言うな、高頭。桐生の兄貴はな、これから何年ぶりかで遥ちゃんに会うんじゃ。少しは遠慮せえ。悪いな。南雲、恩に切る。ええんじゃ。戻りは遅くなっても構いませんけ。ごゆっくり。
兄貴。おじさん。俺少し出てますから。いや、いいんだ。お前もいてくれ。お前が目覚ましたら説教してやろうと思ってた。黙って姿消したお前を俺も朝顔の子供たちも死ぬほど心配した。他にも話したいことは山ほどあったはずなんだ。なのによ、こうして生きているお前の顔を見たらもう何から話していいのか分かりゃしねえ。おじさん。ごめんなさい。秋山。おかえりなさい、桐生さん。よく無事でしたね。伊達さんたちと一緒に遥ちゃんたちをかくまう場所を探してたんです。急ぎだそうで。どうかいい場所は見つかりそうか。そこそこのところは。相手は陽明連合会と東上会のトップだ。連中の目から完全に遥たちを隠しきりたい。なるほど。それが相手となると少し心もとないかもしれません。逃げる先を転々と変えるべきでしょうね。おじさん。ん？おじさんはまた私のせいで危ない目に遭ってるの？いや、そうじゃない。何にしろいろいろあってな。今狙われてんのは俺だ。俺のせいでお前らを危険に巻き込んじまってる。だが必ず何とかする。お前やハルト、そしてユータが一緒に暮らせるようにな。いや、でもそれは遥ちゃんがもし望むならの話で。ゆうたくん。なんで私がそれを望まないと思うの？いいのか？ねえ桐生さん、俺らもしかしてここにいるの邪魔なんじゃありません？あ、本当に出るんですか？冗談ですって。ちょっと兄貴。一本電話をかけてくる。電話ってどちらに？染谷だ。桐生だ。染谷、今話せるか？ええ。4代目は今どちらで？のんびり話してる暇はねえ。石見恒夫と菅井の居所を教えろ。あいにく石見の居所は分かりません。ただ菅井ならミレニアムタワーです。最上階を事務所にしてますんで。そうか、分かった。待ってください。どういうことです？菅井と青木ですか？話し合ってどうこうなる状況じゃないでしょう。石見恒夫は
4代目の首を手土産に大道寺を後ろ盾につける気だ。連中にしてみりゃ取引の余地はありません。あんたはせめて大道寺がくたばるまでは逃げの一手です。どうせもう何日も持ちません。俺一人だけなら身を隠すこともできる。だが俺の身内を一人残らず連れて連中から逃げ切ることはできない。だとしたら4代目、あんたまさか菅井と岩見恒を殺す気なんじゃ。驚いたな。堂島の竜は敵が誰だろうが殺しを目的に動く男じゃない。俺はそう聞いていましたよ。勝手に買いかぶるな。なら一つだけ言っておきます。今のミレニアムタワーは菅井の城だ。もし奴のところにたどり着けたとしても、あんた一人だけじゃ全部の逃げ道を防ぎはしない。逃げられるのがオチです。そうか、分かった。兄貴。ユウタ、お前らの助けがいる。ミレニアムタワーの菅井に殴り込みだ。すぐセレナで南雲たちと合流して俺を待て。あ、わかりました。お前は遥たちを頼めるか？それはないでしょう、桐生さん。カムロ町に戻ってきた堂島の竜が殴り込みしようって時に俺が留守番ですか？遥ちゃんたちには伊達さんと警察がついてくれます。殴り込みに警察は連れていけないでしょうが、俺はそうじゃない。俺と広瀬一家の連中は菅井たちから的にかけられている。だがお前は今さら水臭いですよ。それに俺はあの菅井ってのが会長代行になってからのカムロ町をずっと間近で見てきたんです。一人で何もできずに下水道に隠れてこの町が荒らされるのをこらえにこらえてきた。今菅井に返しができるってこのチャンスをカムロ町住人代表としては指をくわえて見てるわけにはいかないんですよ。秋山、俺も行きますよ、桐生さん。まさか俺が役に立たないなんて思ってないでしょうね。100人の味方をつけた気分だ。俺もセレナで待ちます。早く来ないと俺らだけで先に行っちゃいますよ。ああ。ユータを借りていく。あいつの手が必要なんだ。必ず無事に返す。俺を信じてくれ。でもそれじゃあおじさんは？俺ももちろん帰ってくる。はるか、いい子を産んだな。母親にだ。お前にこんな日が来るのを待ってた。思ったよりだいぶ早かったけどな。私の「はるか」っていう字とゆうたくんの「ゆう」っていう字、それで「はると」って読むの。そうか、ゆうたのゆうか。ゆうたくんはいい人だよ。ああ、分かってる。分かってる。本当に？おじさんに殴られたって聞いたけど。ああ、いや、あれはそういうんじゃないんだ。なんていうか。おじさん、無事に帰ってきてね。
前はもう立派な母親だ。こうやって頭撫でるのもこれで最後にするべきだな。今のゴタゴタにお前たちを巻き込みたくない。俺が絶対にそんなことにはさせない。じゃあな、はるか。ユータに聞きました。登場界の菅井に殴り込みちゃあ言うて。ああ、菅井と話がしたい。だがそれにはお前らの助けが必要なんだ。天下のカムロ町で人暴れじゃ。広島ヤクザの喧嘩、東京もんに味合わせちゃりますわ。殴り込み言うたら極道の晴れ舞台じゃ。広瀬のおやっさんにも見せたかったですの。行きましょう兄貴。目的地はミレニアムタワーだ。その最上階に菅井がいる。奴を捕まえるんだ。絶対に逃がさないでくれ。いいな。どうも。呼んだ夢とお見受けしますが、今日はこちらに一体どんなご用？菅井と話がしたい。だがお前らの案内は無用だ。そこをどけ！ここも片付きましたね。先を急ぎましょう。死ねユータ！ユータよ！まずは一人。次はどっちだ？動くなユータ。じっとしてろ。すぐに片付ける。少し我慢しろ。ユータ君、しっかりしろ。大丈夫です。これくらい。大丈夫なわけないだろう。じっとしてろ。こんな大事な時に寝てられるわけないでしょう。秋山、ユータのことを頼めるか？桐生の兄貴。動くなって。畜生。ユータ。お前に死なれちゃはるかとハルトに合わせる顔がね。お前は生きろ。生きて二人のこと守ってやってくれ。兄貴。秋山、あとは任せたぞ。お気をつけて。
よく見えるな、桐生。おーい。どういうことだ、染谷。見ての通りですよ、4代目。てめえの相手はそこの染谷だ。聞いたぜ。あんた俺と岩見社長をぶっ殺すつもりだったんだってな。てめえを殺した後、沢村遥と赤ん坊も必ず見つけて殺してやる。その前に大道寺が死んだとしてもだ。俺らを敵に回した人間がどういう目に遭うか、いい見せしめになるからな。すごい。安心して染谷に殺されな。何があった、染谷。何があったって、行かれちまったんですよ、俺は。俺が殺す相手はお前じゃねえ。後ろで笑っている菅井たちだ。それ以上やれば死ぬぞ。もうやめろ。まだ終わってねえ。桐生、あんたやっちまったな。清美、裏切り者の染谷君には鞭をくれてやる必要があってな。お前ら清美ママを。岩見、染谷にはあなたを殺せば女を助けてやると言ったんです。だが染谷はその条件を守ることができなかった。やめろ、やめてくれ。桐生さん、あなたが染谷に殺されてやらなかったせいです。やめろ岩見、彼女は関係ねえ。ではこうしましょう。3つ数えます。それまでに染谷にとどめを刺してください。何？そうすれば彼女は見逃します。言っときますが、私は気が長い方じゃない。一つ。4代目、あいつら本当にやる。頼むからこいつで俺をやってくれ。二つ。兄貴、時間切れだ。待て。
それや。あななんじゃこりゃ。清美、あの子には、ヒロミには俺一度も手あげたりなんかしてねえからな。大事にしてきた本当だ。美しき夫婦愛を、いや家族愛を見せていただきましたよ、染谷さん。何をする気だ。まあ時間切れは時間切れじゃけえの。キヨちゃん。おい、なんならこりゃ。桐生さん、南雲さん、ヒロミを俺とあいつの娘を頼んます。何を言いよるんじゃ。しっかりせ。まだ助かる。娘を頼まれたと言ってくれ。今ここでだ、南雲。分かった。必ずわしが守りきる。安心せえ。つまり染谷はその清美さんって人を菅井たちに人質に取られてたわけですか。まさかあの清美さんが。許せ。小川なことがあってええんか。分かってる。だが話は後だ。今いるこの場所も危ねえ。連中の狙いは俺たちだ。尾道の秘密を暴いた俺らをどこまでも追ってくる。こうやって一塊になっているのは危険だ。しばらくそれぞれで身を隠した方がいい。確かに。せめて岩見と菅井が今どこにいるか分かれば他に手の打ちようもあるんでしょうけどね。頭、屋上で外の空気吸ってくる。桐生の兄貴の言う通りじゃ。踊れら。わしが戻ってくる前にここを出とけや。落ち着いたら居所をわしに知らせ。わからんのか。のんびりしとる暇なんぞなあど。今は一度散るんじゃ。これ以上はもう誰も殺させんと。わしゃ。秋山、お前には雄太を頼めるか。例の下水道なら東上会も陽明連合会も知らないはずだ。わかりました。遥たちの方はどうなっている。伊達さんが動いてくれてます。今日中には警察病院から場所を移せるようでした。そうか。桐生の兄貴、
清美さんのことをもし気に病んでるなら絶対に兄貴のせいじゃないですからね。動くときは声かけてくださいよ。一つ聞いていいですか、桐生さん。なんだ。ミレニアムタワーでもし菅井に会えてたら、桐生さんはあいつをどうする気だったんです？よくよく考えたら不思議だったんです。相手は桐生さんたちを殺そうと動いている、その周りの人間を巻き込むことを平気でやってのける連中です。話が通じる相手じゃない。だからもしかしたら桐生さんは菅井や岩見恒夫を殺そうとしてたんじゃないかって。違いますか？もし堂島の竜が人殺しに手を染めれば、カムロ町はもうあなたをボスとは認めなくなります。俺を持ち上げるのはもうやめてくれ。俺はカムロ町どころか身の回りの人間を守ることさえできねえ、ただのヤクザ崩れだ。なんて言われてもあなたを諦める気はありませんよ。岩見恒夫と菅井がカムロ町にいればもうこの町は死んだも同然です。今この町にはあなたの支えが必要なんですよ。それだけの歴史をあんたは今までこのカムロ町に刻んできちまったんだ。俺は一度どん底に落ちてカムロ町に救われた人間です。あんたが手を押すくらいならいつでも俺の手使ってください。桐生の兄貴、他のもんはもう出て行った。俺に何か話があるんだろう、南雲。岩見恒夫は明日クルスタケルの葬儀の後造船所に行くはずです。確かか。陽明連合会の2代目襲名じゃ言うて広島に招集がかかっとる。いいのにさよりを入れさせたんじゃ。東上会の菅井も来るらしいで。わしは奴らを刺し違えてでも殺す。兄貴もそのつもりなんじゃろ。ああ。ほいじゃがわしと兄貴だけで十分じゃ。一家の連中も秋山さんもこれ以上巻き込めん。俺もそのつもりだった。どうやら俺とお前で死ぬ時は一緒になりそうだな、兄弟。そいつは今日初めて聞くええニュースじゃ。わしはもういつ出てもええですけ。ほいじゃが兄貴はそうもいかんじゃろ。カムロ町に別れを言う時間はまだあります。わしはセレナの中で待っとりますけ。用が済んだら声かけて使わさい。ほいじゃ。
岩見造船では尾道神外町本社で今日午後、岩見平蔵会長の車窓が営まれました。超大和級とされる謎の戦艦が浮上後、十分な説明のないまま拳銃自殺を遂げた岩見会長ですが、岩見造船がこの難局をどう乗り越えるか、市の後継者である岩見恒夫社長の今後の動向が注目されます。さすがは堂島の竜。大したもんですな。お待ちしてました。二代目クルスタケル襲名のいい余興になります。すぐに三代目が必要になる。わしは染谷優が嫌いじゃなかったんですがの。あの美人ママもかわいそうなことしたと思うとる。腰光、広島のこの土地であんたに勝ち目はありませんよ、桐生さん。勝ち負けに来てるんじゃねえ。お前らさえこの世から消えてなくなりゃ全部蹴りがつく。わしら死にに来とるんじゃ。踊れる！かかってくんならそん格好で来いや！行くぜ！待て。そろそろ終わりにするか、菅井。ええ。はるか！坊ちゃんもなんでじゃ。本庄という東京の刑事を知っているか？何？今日の昼、その本庄に警察上層部からある匿名が下されたんだよ。伊達という刑事を見張り、そいつが違法に監禁している赤ん坊とその母親を救出するようにと。本庄、なんでここは？伊達さん、あなたこそなんでこんな真似をしたんです？どういうことだ？誰の命令でここに？伊達さん、これは。監禁の現行犯です。無駄な抵抗はしないでください。違うぞ本庄、こいつは遥たちを狙う連中の差し金だ。警察の上層部に誰かが手を回してる。私への命令は正規の手続きで下されているんです。連れて行け。お前ら
女とガキを死なせたくなきゃ指一本動かすな。貴様。おっと、四代目。あんたは東上会と陽明連合会をいっぺんに敵に回したんだ。なめてんのだ。てめえも六代目俺を甘く見やがって。死ねどけ、菅井。あんたじゃ殴り殺すのに時間がかかる。父は俺の本質を見誤っていたよ。俺にはあの人を超える野心と抑えきれねえ力への渇きがあった。日の当たる道を歩かせようって親心がかえってあだになった。押さえつけられりゃ反発するのが子供ってやつじゃねえか。裏社会でこそ生きるこの俺の才能に親父は気づいていたはずなのにな。伝説の極道クルスタケルの名は俺が名乗るべき名だ。10数える前に立て。出なきゃ女を殺す。おじさん。おっと、無理かな。踊れはこっちじゃ。岩見さん。兄貴、頭。はるかとハルトは俺らが守ります。抜け駆けしたんは後でみっちり説教したるけ。あんたら立てや。立ってつかさい、兄貴。兄貴、立て。この死に損ないが。お前らが誰に喧嘩売ったか、これからたっぷり思い知らせてやるぜ。ふざけるな。岩見さん。踊れの相手はこっちじゃ。おじさん。思い残すことは何もねえ。俺と一緒に地獄まで付き合ってもらうぜ、岩見の坊ちゃん。貴様、
お前らだけは生かしちゃおけねえ。全部ここで終わらしてやる。待て、もう。お前が地獄へ来るのを待ちかねてる人たちが大勢いる。お前は極道の世界に仇を巻き込む外道だ。地元で菅井、女とガキを殺せ、撃ち殺せ。南雲、くそー。死ねよ、ほら早く死ね。おら兄貴。ハルカは、ハルトは無事だな。無事です、大丈夫です兄貴。あいつらを頼むぞ、ユウタ。しっかりしてくださいよ兄貴。くそ、よくも桐生の兄貴を。短い夢だったか。救急車急いでくれ、頼むよ。おじさん、よかった、はるか。そんな満足そうな顔しないでよ。死なないでおじさん。諦めるの。ユウタとハルトと
幸せにな。おじさん、おじさん。キヨちゃんはずっとあんたのことを気にかけとったんじゃ。3つの時に別れたんちゃったの。覚えてるんか、母ちゃんのこと。写真でだけ。でもお父さんがいろいろ話してくれた。染谷が。お父さんの仕事のせいでお母さんは出ていくしかなかったって。お父さんはいつも自分が悪いんだって言ってた。そうか。ほいじゃが、あいつはあんたのことを大事に育てとったんじゃな。のう、キヨちゃん。うん。まさか清美さんが無事でおったとはのう。小清水のやつがかくまっとったんじゃって。小清水は空砲で清美さんを撃ったんです。彼女を助けようと自分で腹刺した染谷に、小清水もなんか感じるもんがあったそうで。あいつも世が世じゃったらあんなゲスどもに使われる男じゃなかったんじゃ。菅井と岩見の言いなりになっとる自分にええ加減嫌気がさしただけと違うんか。それでもいいだろう。おかげで清美さんは生きてる。南雲の頭も哀れじゃのう。恋敵は清美さんのために自決した染谷じゃ。どうあがいても勝ち目はないじゃろう。しばらくは広瀬一家の立て直しに専念してもらおう。後のことを頼むな、田頭。松永の兄貴も。沖縄に行っても達者でな、雄太。はるかちゃん。もちろんハルトもじゃ。桐生の兄貴のことは残念じゃった。わしらもまだ信じられん。阿川に強い人が。でもこの子は大きくなってもきっとおじさんの背中を覚えてると思います。私も絶対に忘れないです。おじさんとこれまで一緒に歩いてきた道の続きを今度はこの子と歩かなきゃ。無所出たとこで疲れとるやろが、俺らもお前が出てくんのを待っとったんや。
話は聞いとるやろ。陽明連合会と戦争が始まるで。4代目の首取られた言うて若い衆がいきり立っとる。もう止められん。俺も気持ちはわかるけどな。そしたらどないする？6代目。クルス・タケルは死に、息子の岩見恒夫もぶち込まれた。小清水って男は陽明連合会の跡目としてまだ広島を掌握できていない。なんや、今が広島への攻め時や言いたいんか。まあ広島でもうちの報復が来ると思うとるはずや。やるんやったら早い方がええやろ。俺は後悔している。言えた義理ではないが、俺はお前の親のつもりだった。ならば俺は親として伝えなければならないことが山ほどあったはずだ。だが俺はそのことに正面から向き合おうとしてこなかった。そんな俺の前にさまざまな親子の形が次々に現れた。しがらみや掟に縛られ、子供を純粋に愛してやれなかったことにようやく気づいた親。親を超えることで認めてもらえる、愛してもらえると頑なにまで信じた子供たち。そんな親と子の隔たりが多くの不幸を招くのを目の当たりにした。彼らは親子として向き合っていなかったのだろうか。そうじゃない。彼らは親子の絆を信じていた。それぞれが苦しい定めの中で親子の絆を確かめようと必死で思い悩み続けていたはずだ。ただ彼らには親子として共に過ごす時間が足りていなかった。それだけだ。でもそれはきっと大切なことなんだと思う。だが俺も彼らと同じ鉄を踏んでいた。俺は曲がりなりにも登場界の4代目だった。6代目としてお前を登場界に引き込んだのも俺だ。大悟、俺はお前の親としてそばにいてやる必要はないと思っていた。堂島大吾を男と見込んでお前に全てを託していたと言えば聞こえはいい。だが俺はお前と持つべきだった親と子の時間を捨てて運命と向き合わず、消せない過去からも目を背け逃げていただけだ。あの親子たちのことを思うと今の俺には言葉もない。そんな俺がお前や登場界の親だと名乗る資格はない。だからこの手紙を読んだ時、もし俺が死んでいたとしてもどうか親の仇を討とうなんて思わないでほしい。俺の命にそんな価値などない。
それが俺の最後の頼みだ、大悟。親からもらった遺言を俺は守ります。広島と戦争はしない。その上で陽明連合会にはこっちから申し出て五分の杯を交わします。キルーちゃんに先手を打たれとったわけか。俺はあの人の手紙に超えるべき親の背中を見た。立派に親やったやないか、桐生。またこのビルでスカイファイナンスを開きますんでね。ご挨拶をと思いまして。ああ、聞いたよ。おめでとう。それで桐生さんのことですけど、伊達さんは本当にあの人の遺体を間違いなく確認したんですか？ああ、そうだ。よし、もう一回だな。頑張れ。さあ来い、ハルト。頑張ってハルト。頑張れ、ハルト。頑張って頑張って。おお、すごいハルト。もうちょい。桐生さんの死を確認したのはあなただけだ。その後遺体は不可解にもすぐ火葬にされちまった。桐生には遺族がいない。あの日俺が遺体の確認に呼ばれたのは警察関係者の友人としてだ。何度聞いても答えは同じってことですか。いつか本当のことを話せる日が来たら、その時は違う答えを聞かせてもらえますよね、伊達さん。見えるか、桐生一馬君。つい今しがた大道寺実先生が亡くなられたと知らせがあってな。誰だあんたは。私は政治家としてのイロハを全て大道寺先生に教えられたものだ。今回の尾道の一件、マスコミも世間も大騒ぎだ。選挙も近いというのに全く困ったもんだ。火消しに追われて身が持たんよ。まあ時間が経てば火は消える、そんなものだ。だがつまらん火種が大ごとになることもある。超大和型戦艦来栖武、石見恒夫、それらと大道寺先生とのつながりが万が一でも表に出るようなことがあってはならん。
そうだろう。もしあんたからマスコミにでも知れれば先生の名前に傷がつく。するとそのことで過去の過ちを詮索される人間が出てくる。彼らの多くは今この国を支える指導者たちだ。わかるかね？つまりあんたもその一人で口封じの賄賂ってことか。いろいろ調べさせてもらったよ。養護施設のことを気にかけているんだって。じゃあ金も必要だろう。私は情け深い人間でね。憔悴している人間に鞭は打たない。それを気持ちよく受け取って全ての秘密を守るという意志、それさえ示してくれればいいんだ。断る。何？全てを秘密にしたいのなら俺の条件を飲め。なんだと？自分が何を言ってるのか分かっているのか？まず堂島大吾という男を無所から釈放しろ。奴が出てこないと広島で戦争が起こるぞ。これ以上の火種は起こしたくないんだろう。そんなこと貴様、自分の立場が分かっているのか？条件が飲めないんならこの取引はなしだ。秘密に一生を怯えて暮らせ。極道ごときがなめるなよ。命が惜しくないのか？場合によってはお前が大事にしている人間も巻き添えになるぞ。やってみろ。いろいろ調べたんだろ。俺を本気で怒らせたらどうなるか試してみるか。なら貴様が秘密を守るという保証はどうしてくれる？死んでやるよ。何？あんたの力でこの病院で発行した死亡届を作ってくれ。そうしたら俺は一生消え続けてやる。最後の条件はそれだ。何言ってんだ桐生。聞いていたろ。俺は消える。俺の死体を確認したとあんたがみんなに伝えてくれ。どうなんだ、この男が証人だ。条件を飲むのか。おい、ふざけるなって。分かってんのかお前。そんな真似したらもう二度と遥や春人に会えねえんだぞ。そうだろうな。分かった。その条件飲もう。くそ、なんでお前ばっかりこんな。遥や春人、それに俺の周りにいてくれた多くの仲間たち、あいつらを守れるなら俺は喜んで死んでやるさ。ったく重いもん背負わせやがって。バカ野郎が。
よし、その調子だハルト。できるぞ。待つぞ。頑張れ。ハルト。すげえぞ。やったハルト。ハルト。頑張れハルト。頑張れ。よし、行けハルト。頑張れハルト。よし、そうだ。頑張れ。